待たせしました。ちょっと遅刻しちゃった。いくらちゃんがね、吐いたりね、いろいろあった。よし、間に合ってよかった。間に合った間に合った。もうちょっと時間あるね。よかったよかった。今、ポップコーンチンしてます。こんばんは、吉田ー !LL。LL。LL。こんばんはー。リップ塗ってない。塗るか。こんばんは。コンシーラーで消してた。よし。ラニコさんこんばんは。待機中えらい。サムネカンありがとう。ジョーさんおはよう。猫屋さんこんばんは。ジャラになってるタイガさんこんばんは。リッキーさんこんばんは。少し過ぎそう。でも最初だったら全然。吉田ふんわりさんこんばんは。ひかりさんもハローハロー。ウェルカム。これは、まあ途中からね、ちょっと落ち着いたら、島とかやったりとかね、やろうかな。と思ったりしてます。島なんてやっちゃったりしてね。音ちょっとちっちゃいかい？これね。ポンポン言ってるわ、ポップコーンが。コメント欄も映したいけどね、本当は。ここにリスナーさんいっぱい出てくるから。あ、楽しみにしてたんで。いくらちゃん大丈夫かい？君さっきすごい2回も吐いてたけど。大丈夫ですか？大丈夫でしょうか？スリスリしてんのか。あ、かわいいね。この曲好き。サツさんもこんばんは。ミミさんもこんばんは。コヘイさんもこんばんは。間に合った。10分前待機できてる。ちょっと待っててよ。ポップコーンそろそろかも。
構音大きいね。いいねあれ、いつカメラオンにした？いくらがオンにしたカメラ。あ、ちょっと見れ。ちょっとさ、あと5分ある。チュール上げてくる。ちょっと待ってて。すごかったね、さっきの会場。よしよしよし、間に合った。ああ、疲れた。あと1分前に戻ってくれてよかった。あとちょっと大きいよね、きっと。こんぐらい？ココさんだ。ココさん、こんばんは。先ほどはお世話になりました。お邪魔してたココさんの配信に。うわ、やば。霧島さん、ただいま。来るぞ、チャルルさん、こんばんは。ひょうかさんもこんばんは。ザッチちゃんもこんばんは。ヤッホー、お疲れさん。レイラムさんこんばんは。あ、ナルさんもこんばんは。シャナさんもこんばんは。さくらさんもこんばんは。
つものことです。キャータさんもこんばんは。チャルさんこんばんは。ミミさんこんばんはか。やばい、めっちゃテンション上がるし、めっちゃ緊張するわ。さっき戦争になってたわ。イクラのご飯をソルが食べて、あ、始まる。やばっ、いやーこれ最高だよな。生きてー、行きたすぎる。Blue seas, clear skies, and boundless possibilities. ロンドンだから字幕あるんだね。I dare say our destination will soon be in sight. やばい。 Enjoying yourself for a change? あはは、イケメンくんがいる。やばい。あ、奈良金魚さんこんばんは。やばいね。ニャンドのニャン様です。みんなの大好きなニャン様です。かっこいいよね、ニャン様。お肉やば。これヒロシ？ヒロシか。あー、リゼーだ。かわいい。かわいい。ヤシトラ。かわいい、ラーくん。かわいいね。食べるとこ好きなんだよ。あー、サンクラ。あ、ウリエンジェ様。見て見て。やってる。ヒロシ行け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 。やば。来るぞ。新パッチ。やばい、めっちゃ楽しみだね。めっちゃ楽しみなんだが。めっちゃ楽しみ。やば。双剣。ジャブチェンジします。双剣いいね。片手だけだった。うわっ、よしピーさん。吉田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  Thank you for coming today. すごいね、衣装まで。 Welcome to the Final Fantasy 14 Fan Festival 2023 in すごい London. 喋ってるね。えゼロの時もかっこよかったよね。 My name is
リーパーもかっこよかった。すごい。吉田やばー。これは行きたい。これは行きたい。 It's great to be back. That said, some of you are probably wondering, where's Kate? What did Koji do with Kate? It's okay. Kate is back in Japan working with the team overtime to make sure that the game comes out in summer of 2024. So for now, you're stuck with me. モルボルさんがめっちゃペラペラになったんかと思ったわ。モルボルさんめっちゃペラペラやんと思ったら。今もう日本で 7.0 の作業バリバリしてるからね。今日は工事に、プライマルズと同時に通訳をお願いしてます。日本の皆さんも、それから配信を見ている全世界の非課線の皆さんよろしくお願いします。All right, that's right. Kate is hard at work back in Japan, and we thought that since Koji was going to be here with the Primals, we'd just try to get our money's worth. So, コージペラペラやん。改めて皆さんこんにちは、お久しぶりです。欧州ロンドン帰ってこれて本当に嬉しいです。all right, it's great seeing you all again, and I'm so happy to be back in the UK. 最高です。最高です。いくら。さて北米に続いて開催となるファンフェスティバル2023、2024、今回は欧州ロンドンからお届けしてまいります。Okay, so now coming hot off the heels of our most recent fan festival in North America, we are excited to kick off the festivities here in London. 前回は北米でしたが、今回ようやく欧州にも帰ってこれました。欧州のプレイヤーの皆さんとお会いできて本当に嬉しいです。すごいなんか All right, ヨ after シピーさん seeing 上 the fans 手。 again in Las 食 Vegas, べる I've の。 been really looking forward to seeing our fans here in Europe. ライブになってるよね。Thank you。そして改めて、Q14 から数えて13年、そして新生14、今年でついに10周年となります。これまでの本当にたくさんのサポートありがとうございます。改めてお礼を申し上げます。All right, so we've come a long way in the 13 years since the launch of 1.0 and the 10 years since the relaunch of A Realm Reborn. And we couldn't have made it this far without you. It's been an amazing journey, and you have my deepest thanks for joining us や along ば the い、 way. 吉田来たよ。須崎さんもこんばんは。やばい、トラネコさんもこんばんは。一番最初に言った。欧州ファンフェスティバル、僕の開幕基調公演からスタートしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしく And お so 願いい now, たします。 without further ado, I'd like to officially kick off the keynote address. モノクロさんもこんばんは。やば。 Yoshida-san, はい。 what's with い the... ちごさんもこんばんは。吉田 Yes, what is 吉 it? 田先生これヨシピーさん。確かにね、トレーラーに出てましたね。これと同じ格好の光の戦士ね。All right, it kind of looks like what our 奈良金 warrior 魚さん of も light こんばん was は。 wearing in the trailer. パチパチパチキュー。まあ僕も50歳になったので、そろそろコスプレは勘弁してほしいっていうふうにスタッフに言ったんですけど、まあ、どうしてもやれと。どうしても見たいよね、 So こちら now は I ね。 just turned 50 years old this 見たい year, よ。 and I'm getting a little old for cosplay, but the dev team wouldn't take no for an answer, so 盛り上がってる。楽しい。じゃあ早速新情報から参りたいんですが、今スクリーンに映ってるこの、新しい CG イラスト、パッケージデザインになる予定です。ぜひ覚えておいてください。はい。 all right, so with that, let's move on to our first piece of information. First, you have this great artwork up here. This is the package artwork. And dun-dun. やば。では私最初にもするよですね、まだ絶賛開発中なのでお見せできるアクションそんなに多くはないんですが、イメージをつかんでいただくために動画をご用意してます。 And our first new information is about the new job. And as always, rather than have me talk about it, let's give you an exclusive sneak peek with this video showing the job in action. Roll it. やばいね。やばいね。画質最高画質でいくわ。
なってなかったね多分。映像めっちゃ綺麗になった。ね、めっちゃいい。私モンハンで双剣だったからさ、モンハンで双剣だったの。こんな感じだよね、双剣。そう、サッチュちゃんのカークランドです。いただいてます。かっこいい。絶対トロ。これは好きだわ。これはやばいね。ゾロみたいでいいじゃん。ジョブ戦にします。2回目パート2。佐藤さんの、黄金のレガシー新ジョブ第1弾、名前をバイパーと言います。バイパー、二刀流の近接命令 DPS です。Alright, so the first of our 2 new jobs being released with Dawn Trail is the dual-wielding melee モンハンみたいにさ、 DPS ジャンプしながらやんないのかな。チュル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 、あれ好きだった、モンハンの。バイパーはファイナルファンタジー14完全オリジナルジョブとなってます。 Viper is a Final Fantasy XIV original. オリジナル。世界中から多数いただいた二刀流、忍者と違った二刀流の、正統派剣士を実装してほしいというたくさんのフィードバックに応える形で今回実装が進んでいます。So it was designed to cater to those players around the world who have been asking for a new dual-wield job that's different from Ninja. この黄金のレガシーに向けて、完全新規で企画開発が進んできてます。And it was designed specifically for Dawn Trail. アートにも CG にもありますが、今僕が装備しているこのデザインがジョブ専用装備となってます。And as you can see here in the art, and from what was shown in the video, and what I am wearing, this is the Viper's job-specific gear. やってほしいな、SP さんも。雨降ってきたわ。バイパーの特徴見ていくことにしましょう。All right, so let's take a closer look at the Viper's characteristics. 笑ってる。なんで笑ってんの？ ロールは DPS だよね。近接 DPS で装備枠は忍者と同じデックス命令という区分になってます。So the Viper's role is melee DPS, with the gear type falling under the dexterity melee category, or the same as Ninja. メレー。今日さくらさんメレーしてた？二刀流武器という専用の武器を使うことになります。And Vipers will utilize メレーいい dual な。 blades that are unique 解放しよう to か the な。 job. 忍者やろうかな。クリックしてね。対応クラスは存在していないので、最初からジョブの状態で使用可能です。And of course, Viper will not have any required class. You'll start with the job. いい谷まだやめな。誰だ？コメント。条件、使う条件は黄金のレガシーの、権利を所有していることと、いずれかのジョブレベルが80になっていることです。And the only prerequisites for use being that the players have, of course, purchased Dawn Trail expansion and have at least one job at じゃあ level 使いたからだ。そしてジョブの取得場所、クエストの開始地はウルダハを予定してます。ウルダハだっ And the て。 starting location for the job quest will be Ulda. 黄金のレガシースタートに際して条件さえ整っていればすぐに使用可能になりますので、バイパーで、メインクエスト進めていただくのも良いかと思います。確かに。 And again, the job そうしよ should うか be な。 available immediately at Dawn Trail's launch, as long as the aforementioned prerequisites are cleared. So if you want to ね、 play the そう whole だね。 Dawn 忍者 Trail と main scenario as a 共 Viper, に。 you can do that. 忍者と一緒に進めようかな。バトルイメージちょっと見ていきたいと思います。 All right, let's talk about the battle concept. バイパーはこの特徴として二刀流武器を使用しますが、 So a Viper will use a pair of one-handed blades to attack their foes. これを用いたこの二刀流の攻撃と、さらにこのブレードを合体させた合体剣という攻撃2つ、すげえ、持ってます。一本になって But る。 they can also combine these blades in a single two-handed weapon to deal heavier blows.
そして特徴的なのがですね刀を置くこと常時ヘイストがかかっている侍ジョブになるために攻撃頻度ねできそうだねかなり高いジョブになります。 So, in addition to dealing swift attacks that are so fast that they feel like they already have haste cast on them, 今回、まだ開発中ということで、アクションまだまだ少ないんですが、確かに自己強化することで、先ほどねオーラをまとってましたが、そういった強力な、DPS を出せる状態という特殊なモードも用意されてます。めっちゃ and so SP a さん同 Viper じ格 also 好じゃ has ん the 本当に ability to 完 summon コピ this じゃん special power to temporarily enhance themselves, kind of like you saw with that aura that they had in the trailer. So basically, you're getting that extra DPS. ウェポンスキルの間にアビリティを挟む頻度というのも非常に高いことを想定しているので、かなりスタイリッシュかつ操作頻度が高いジョブとして、現在開発が進んでます。 So Viper is a technically demanding yet highly stylish melee job that affords frequent opportunities for players to execute various abilities in between the weapon skills. ご期待に添えるように、開発を進めておりますので、どうぞこの新ジョブバイパーご期待ください。 All right, the development team is working hard to create something that lives up to your high expectations. So please look forward to it. ありがとうございます。確かにスキル回しどうなるんだろうね。では、だね頑張るわこのイメージの説明を踏それまえてまでにもう一度先ほどの動画、流してみたいと思います。ね All 大 right, so 変そ now, う。 with all of that I've just explained in mind, 二刀 let's 流 take だね。 one more look at that video. Roll it. あ剣光った今。反射か。かっこいい。待ってかっこいい。えすげえ。かっこいい。チャンしてた。これコンボ貯めてからってこと？うわうわあ一歩になってる。えかっこよくない？あそうだねグルポ映えしそう。えこの青いモヤモヤ綺麗だ。まとってる炎。白い炎もいけるかい。白い炎も欲しいわ。かっこいい。ありがとうございます。やってたね最後。カモさんこんばんは。このコスプレすごくてですね、武器ちゃんと合体するんです。あ本当だ。 They did a really great job with the cosplay. かわいい。あんまりやると飾りが取れそう。 Yeah, you should hold off. It's Kawaii. gonna break. Don't break it. かわいい。 Be careful. かわいいよし P もちさん。ろんこのオーノレガシーで実装されるジョブというのはこのバイパー一つだけではありません。 So now you all know that Dawn Trail will feature not one but two Kawaii. new jobs. すでに遠隔魔法 DPS キャスターであることは皆さんにお伝えしていますが、さてどんなジョブになるのか。 All right, and you already know that the second job is to be ranged magic かわいす DPS. ぎて。すでに複数ジョブ。北米の基調講演でもヒントはもう出ておりますので、答え合わせはすみません日本のファンフェスまでお待ちください。 But as for what that job is, well, other than the little hint I なん dropped て読 back む in のそれ Las 影よ Vegas, 影よ you're gonna have to wait until Tokyo. 影色じゃない影なんて読むの？ね楽しみだね。ではまだだって。さらに Wait. 何 FF 人気ないの？めっちゃあ Are る you よ gonna 日 hold 本 the。sword the whole time? 最後に残してんだよ。ファンフェス。これ今ロンドンじだよゃあちょっとロンドン。武器スタンド出してもらっていい Okay, かしら。 can we bring the stands out for the swords? ロンドンだよこれ。 Maybe? ラストか2本。 Stands for the sword? Oh, there we go. おー Thank you. 見てなかった。 Thank you。陰陽師って読むんだそれかっこいい陰陽師。 It's okay。 Okay. And now for your real weapon, みんななんて言ってる？ clicker. OK。力魔導士力魔導士やめな。 You アイテムレベルアップ。力士みんな力士って言ってる。ちょっとそんなことないよ。
続いて、基調講演進めてまいりたいと思います。新たな拡張パッケージ黄金のレガシーについて北米でも、ご紹介しましたが、ストーリー改めて簡単に振り返っておこうと思います。 Alright, so we already talked a little bit about Dawn Trail's story in Las Vegas, but we'd like to do a little recap before we continue. まず今回皆さん光の戦士にお届けするのは僕たちからの最高の夏休みがテーマになっております。 So we already talked a little bit about how Dawn Trail would provide the Warriors of Light with a well-deserved summer vacation. イカ戦の夏休み。新たなる冒険、そのバカンスの目的地は西方のトラル大陸と呼ばれている地域になります。 And that vacation would be taking place in the far western land of Tyrol. すでにパッチ 6.5 のメインストーリーパート1にてその片鱗、出ておりますが、 So with the release of part 1 日本ってこ in こまで patch 全力で。 6.5, そうな you got の？ a glimpse of where the story will be 本当？ taking you. 私見たことないのよ、日本のストーリーがこのファンフェス。 7.0 につながっていくのは、パッチ 6.5、メインクエストパート2の方からになりますのでぜひご注目ください。 But it will be the release of part 2 that you'll better understand what's in store for you and the Scions and how everything in Dawn Trail's main narrative connects together. 光の戦士の皆さんが依頼されるのはトラル大陸におけるある王国の王位継承レースへの助力になります。 So the Warrior of Light has been asked to sail west across the Indigo Deep to assist in a right of succession for Tyrell's throne. あの子が戦うのかな、うさぎ、イケメンウサギ。おなじみのメンバーもちろん勢ぞろいしていきますが、名前なんだっけ？ And of course, all the Scions will be joining the Warrior of Light in Tyrell. エレンビル。今回そこで繰り広げられるのは暁の血命を二分する王位継承レースです。 But not all will be on the same side for the upcoming contest. まあ北米でも聞いたんですけど、マジでかっこいいよね。ちょっとヨーロッパでも聞いてみましょうか。エレンビル。暁のメンバーと一緒にレースに参加したいですか？マジ Okay, で so イ we ケ asked メン the じゃ same ない？ question in Las Vegas, but we want to ask all of you, who do you want to be with you 一瞬で恋に落ちるよね、 when これ you're done the contest? Who from the Scions? Alice? あリゼ一番最初にアリゼっていう声がある。 I heard Alice first. Somebody's really excited. いや、いろんな、いやこれだけでもたくさんの方にね、いろんなキャラクター愛していただいてるのは本当に嬉しいです。 I'm really happy that you アリゼ all マジ the 人気だね。 Scions so much. 誰がレースの敵に回るのかもご注目ください。 But we can't tell you now, but who's going to be on your side? Who's going to be the opposing side? You'll have to wait to find out. 日本は誰が人気なんだろう？でこの 7.0 拡張の全体のテーマとしては、ファイナルファンタジー14新たな冒険の幕開けというテーマを抱えています。 So the main narrative theme for Final Fantasy XIV 7.0 is a journey of new discovery. もちろんストーリーもこれまでの拡張パッケージそうだよ同ね様、そうだよね。 RPG 丸1本分の体験しっかりお届けしていこうと思います。 And as always, we plan や on っぱこうだよ providing な。 players with a 一番 full 人気。 standalone RPG's worth of story and experiences with this single expansion. そのきっかけとなる王位継承レースとは何なのか。 What, however, will that story entail? What is this contest? トラル大陸にはどんなエリアや冒険が待ち構えているのか。 What adventures await in this new land? そしてエメトセルクも言っていたこの黄金鏡というキーワードは一体何なのか。 And what is this city of gold that め Emmett っちゃ Self talked about? もちろんこれまで同様にめちゃん好きだわ。皆さんに驚いていただく仕掛けというのもご用意していますので、ぜひそのストーリーお見逃しのないようよろしくお願いします。 And of course, we have a lot of other surprises. I can tell you right now, they're going to be big ones. まあ僕らもここからね、6.0 でストーリー1回ハイデリンゾディアーク編完結して、この物語がどう皆さんと一緒に転がっていくのかめちゃくちゃ楽しみにしてますので、ぜひ引き続き皆さんと一緒にファイナルファンタジー14作っていきたいと思います。 I mean, I know you guys really enjoyed the Hydaelyn Zodiac series, but we have something that's even better waiting for you in Dawn Trail. We hope you enjoy it.
ではここから、新たな冒険の舞台となる今トラ7万ル大陸に関して、北米のファンフェスに情報をさらに付け加えて、お届けしていきたいと思います。Right, so next up, let's talk a little bit more about Tyrol, and we're going to start by expanding on some of the info that released back in Vegas. これまでの冒険の舞台は三大州と呼ばれる地域でした。So up until now, we've spent most of our time on the three great continents. 今回はドーントレイルの冒険により活動地域が西側、海を越えた西方へ広がっていきます。But as we talked about last time, our adventures in Dawn Trail will be taking us far to the west. エリックもかっこいいよね。ですので今回の拡張だけではなく、今後皆さんの冒険の舞台は惑星ハイデリン全体へと及んでいくことになります。左側ですよ。But again, this doesn't mean that we've seen all of Heidelin. な Most こ of とに。 Heidelin, not all of Heidelin. では前回の北米のファンフェスでもお伝えした、プレイヤータウントライオラというところに関して追加の情報をお伝えしていきたいと思います。All right, so next we're going to talk about that main hub, the main center player hub that the Warriors of Light will be operating from during Dawn Trail. これまでのプレイヤータウンよりもかなり多民族、多くの民族入り乱れた、街という特徴になってます。So this city of Yurieliluk will be far different from the existing player hubs that the players have seen before. これまではスクリーンショットとアートワークでご紹介したんですが、開発が進み動画の準備ができましたので動画でご覧いただこうと思います。 So the last time we were only able to show you the city via screenshots and artwork, but this time we've prepared some special in-game footage. Yeah. So with that in mind, roll the tape. あ、そうなんだ。驚かない、確かに。月行けるならでも。あ、双剣そうやって持つんだね。うん、確かにサバネア島っぽい。わ、バカンスだわ。東南アジア系か。ね、背負ってたね。ね、タイインドネシアっぽい。ね。うんうん。よいよい。南国ですね。そういえばサウンドディレクターであるソケンからコメントを預かってたんでした。ソケンさん。So before we continue, we had a little message from Soken, our sound director. 今の動画の曲まだまだモックアップなので、サンプルだと思ってくださいと、伝えてほしいと言われてます。So he asked me to tell you that the music playing in the video is just a mock-up. なのでもっとすごくなるから期待しててくださいとのことです。And that the final track will be a lot better. 期待度上がりますね。トライオラこれまでのプレイヤータウンと異なり、多数の民族文化が溶け合っているというお話先ほどしました。So as I mentioned before, the city is far different from the major cities on Heidelin. It is a culturally diverse, pluralistic state. トレーラーで主人公と剣を交えていた2つの頭を持つマムージャの王グルールジャジャによって統治された国です。So that massive two-headed Mamulja that we saw the Warrior of Light fighting with in the trailer, that's the current ruler of the nation and king of the Mamulja. 確かに日本は拍手かもね。このトライオラオールドシャーレアンと、カイロで国交があります。But the Mamulja aren't the only peoples living in the city. On top of that, it appears the city has an established trade route with Old Charlian. 今回ご覧いただいた、動画ウォークスルーですが、まだまだ NPC の配置が行われていませんが、非常に多くの密度あるオブジェクト、グラフィックスアップデートの効果ご覧いただけたんじゃないかなと思います。So in that walkthrough that you just saw, you saw that there were no NPCs there. Those will be added later. But hopefully you got an idea of what the town will look like and all of the high quality of all of the objects that we have thanks to our graphical update.
ね、みんなやっぱすごいね。11なんだね。では続いてフィールド行ってみましょう。 So next, I'd like to introduce you to some of the new areas that you'll find in Tyrol. トラル大陸のフィールド、まずは前回ご紹介したオルコパチャとヤクテル樹海についてです。 Okay, so first we're going to start off with the two areas that we talked about in Las Vegas, Urcopacha and Yaktel. こちらも開発が進んでまいりましたので、動画今回は動画で、ウォークスルーご覧いただこうと思います。 And since we talked last, development, of course, has continued, and we are ready to show you some in-game footage. Roll it.すげえ。うわー、すげえ。確か寝転げそう。すごい、無人島みたいだね。なんか無人島開拓したって感じ。わー、超楽しみ。わ、サボテンいる。サボテンター隠れてないかな、どっかに。泳ぎたいね。あのベッドいいね。私も思った。あのベッドいいなって。庭に置きたい。やっぱハウジングだね。ルーさん、ルーさんこんばんは。めっちゃいいね。すげえ。すごいヤングコーンみたいなのいた。すごい楽しみだね。ジャングルだね。すごいね、本当に。まだまだ開発中のエリアではありますが、いいな、今回これまで以上に環境設定、自然環境にかなり、注力した自然なエリアというのをご覧いただけたかと思います。 Again, what you saw is still under development, but we've worked really hard on these areas, focusing on creating landscapes that feel even more real and natural than ever before. 動画だけだとね、どうしても分かりにくいところはありますが、皆さん歩いて、いただければ、そのグラフィックスアップデートによる、密度の高さ、クオリティの高さ感じていただけると思いますので、楽しみにしていただければと思います。 I mean, it's a little bit hard to tell in this video, but we've been taking full advantage of that first graphical update coming with Dawn Trail, that you're really going to be able to notice this when you get in and play the game. では続いて、ここまでは北米でもお話した情報なので、さらなる新エリアを、アートとスクリーンショットで見ていきたいと思います。 But these two areas we already talked about in Las Vegas. Today, we're going to bring you something new, some new areas, especially for London. こちらコザマルカという首都であるトライアラの南に広がっている密林地帯です。 Okay, so Kozamauka is a very dense jungle located to the South Tyrol's capital city of Tuliolao. ドントレーラーのトレーラーの中にもあの特徴的な、巨大な岩登場していたと思います。岩のある上部とそれから下部2つのエリアに分かれているのがこのエリアの特徴となっています。 Alright, so the unique rock formations that you saw in the trailer are located in this area, and they split the jungle into upper and lower areas through which countless rivers flow. 特に上層と下層の間にある巨大な滝、大瀑布も大きな特徴になっています。 And there are a lot of waterfalls in between the upper and lower areas as well. ここに住まう部族も多種多様、新たな出会いが皆さんを待ち構えています。 Several different peoples call this region home, meaning there's much adventure to be had. こんばんは。ではこちらコザマルカ、開発中のスクリーンショットをご覧いただこうと思います。 Right, so let's take a look at some in development screenshots. うわ、綺麗。今回ご紹介するスクリーンショットはいずれも下層からの風景になってます。 So the screenshots that we have here are from the area's lower elevations. 今までではちょっと作れなかったような景色、環境、よく見えてるんじゃないかなと思います。奥まですごい見えてるね。 We're able to create a new type of area that feels very unique from the areas that we've created in the past.
今回特にですね空気感とかそれから光の表現というものに非常にこだわって開発を進めてます。And as you can see, special attention has been paid to lighting to FF11 って create コ this メント perfect 流れて atmosphere. た。本赤でも。本赤そしてこちら、昼間の様子ですね。And here is the jungle in midday. 大幕府から流れ落ちた水がいくつもの川となり、支流にこうやって注ぎ込んできていると。And so the waterfalls from the upper elevations feed the countless small rivers that flow out of the jungle to the sea. 右に見えるのが集落ですね。そして中央の木にもよく見ると、上の方に建造物があったりするのがわかると思います。So on the right, you can see a small village, and even in that tree in the center, you can see a small building located within the tree. そう司さん、そしそうなのよ。てこちら最後はやや引いた状態の、円形ですね。And so we've zoomed out a little for this next shot. 見たところあまり危険な雰囲気というのは感じられないと思うんですが、果たしてどういった物語になるのか、いろいろ想像していただけると嬉しいです。どうなんだろう。 So みんな from で予想 here, する it doesn't look that dangerous, but you all know what lurks in the shadows. So 当たった人にグッズをプレさてちょっとゼントしようかな。続いてももう1エリア紹介していきましょう。 all right, so let's move on to our next area, まずはアートでご覧いただきます。私のだけど。 starting with some artwork. グッズ。話題のグッズだけど。Wait. What? What? In-game secret? Oh, シークレッツ it's a mistake. ミステイク見せちゃったって。シークレット見せちゃったって。先ほどまでご紹介してきたところと随分雰囲気が変わり荒野のような雰囲気だと思います。 So this arid desert-like region is completely different from the previous. 誰も見てないね。あそこにある巨大なシークレットの文字、もちろんマップオブジェクトではないです。 And so we have that big secret. That's not a map object. That's not going to be in the real game if that wasn't obvious. 作ろうとしてるグッエリアズ。にですね、そろそろ。ものすごく重要なものがあるんですけど、作る詐欺ずっとしてる。あまりにも2、3年。スポイラーが激しすぎるので、 2、3年しシークてる。レットって書いといてくれってお願いをしたので、ああなってます。 So yeah, what we have there is something that is very, very pivotal to the story. It's a huge secret, 煙みたいなのが上が and って we る didn't な。 want to show it here あ、 because 本当 we だ。 wanted you to experience it in game. So I 本 made 当 sure だ、 that they 煙 put 上がっ secret て up る there. さっきの木のとこかな、焼けた木のとなので、こかな。この、基調講演などでお見せしてしまうと、皆さんの楽しみをね大きく損なってしまう可能性があるので、作ろうと思ってます。ぜひですねプレイヤーの皆さんご自身で見ていただけたらなと思ってこういう対応をさせてもらってます。 Again, we want to show a lot of information here, but we also don't want to ruin your game experience. And so for this, because it's such a big secret and it's so exciting, and we want you to experience that in game, we've decided to keep it under wraps for now. あ、ザナルカンドっぽいなってコメントある。確かに。荒野と言います。ザナ Alright, ル so カ the ン name ド of 感あ this るわ。 area is Shaloni. トラル大陸中央部に広がる荒野。 So it is a relatively flat, rain-starved region in central Tyrol. FF10 のセイね。リン線が発見されたことによってこのエリア近代化が進んでいます。ザ But ナル here, カンドっぽい civilization ね。 is めっ experiencing ち a ゃ。 boom due to a recent discovery of 剣も来る。 cerulean deposits. セイリン線ってちょっと日本語で言うとね、みんな言ってんね何ってなると思うんですけど、セイリン水の湧き出る泉のことですね。 And so basically, there are these kind of springs where the cerulean bursts up through the ground. さあこの大陸での冒険だんだんなんか夏休みなのか本当にっていう感じにちょっとなってきたかなと思います。確かに。 So again, we mentioned summer vacation before, but the more we see of Tyrol, the more we realize the less we understand about Tyrol. あ、そうなんだ。じゃあスクリーンショットもま最高じゃん。だ開発中ですが私やお見せってよかっしましょた。 All right, but let's take a look at some in development screenshots. う。かなり広い荒野が広がってますね。 So yes, unlike the dense jungles that we showed before, this area is a lot more open. このエリアはあれですね、バイクのマウントなんかが大変似合いそうですね。あー、似 Yeah, 合 it い looks そう。 like this would be a good place to break out your motorbike mounts. 機械化、それから、技術進歩というのが目覚ましく進んできており、さまざまな人や物との出会いが皆さんを待ち構えています。 So yes, you'll see a lot of newer technology and machines, as well as encounter the people that built them.
先ほどのねシークレットの部分がね一番このエリアの特徴なんでお見せできなくいやそうだねて残念ではあるんですが、頑張ろう、Again, as I said 無人島 before, 頑 this 張る。 area also hides a very, very big secret. But one that で、無劇始まりそう。この後のまた情報でもちょっとずつ、あれこんな雰囲気なのかなみたいな情報出てくるので、この後の、基調講演もちょっと見ていってください。 Again, we won't be talking about it メロディ today, ーさん but there こんばんは。 may be some things, some hints あり and がとう。 other things that we have for you today that may give you a better 綺麗だね、 idea of 背景。 what is in that secret area. もちろん荒野ばかりが広がっているわけではなく、このエリアこうした地域もあってですね、さまざまな文化の融合というのが、行われてます。 Of course, it's not all empty wastes out there. The area features locations あ、 such as 15 this にもあ one った？ too, that are populated by やってな a いのにやり variety た of いな。 peoples. かなりの、ドラマ性高い物語用意していますので、ストーリー展開にぜひご注目ください。 Right, as for what drama awaits you here, as well as the other areas that we showed today, you'll just have to look forward to it. ではバター。エリアの紹介これぐらいにして、前回北米でご紹介したペルペル族に続きかわいいもう一ユコ部族ちょっと紹介してみようかなと思います。 So moving on from トラ areas, 猫さ next んがい up る we'd 真ん like 中 to に。 talk a 真ん little 中 bit にトラ about 猫さん the がい types る。 of peoples that you'll meet in Tyrol. これはね皆さんちょっと見たことがあるだろうなと。 So this next one, some of you may recognize 青 them. もこちらモブリン族だって。名前をモブリン族と言います。 And they are called the Moblins. エオルゼア地域ではゴブリンと呼ばれている部族ですが、モブ基本的には同一部族ですね。ゴ So ブ they リン族だ。 strongly resemble the goblins that reside in Eorzea, but they have their own unique characteristics. ちょっと特徴をご紹介しましょう。 And let's take a look at those characteristics. 先ほどご紹介したコザマルカに住む、一つの部族です。 So these Moblins mainly reside in the previously mentioned jungles of Kozamauka. ね、三大州に住まうゴブリン族はメカが大好きでバタしたねーだよ、。バター。 So, and unlike the goblins of the three great continents who are expert ね、 builders and 吉田 tinkers, さん。こちらは調達の達人ということで大きく考え方が異なっているようです。 these やんなきゃ Moblins な、 are 私も。 experts 有効 in 部族。 gathering and procuring items. 彼らとの協調でですねそうなんだどんなものづくりが、国明さんさすが行われていくのか楽しみなところです。プレイヤーの皆さんでか特にねいモブリンクラフターとかギャザラーとか、絡んでくる可能性が非常に高いんじゃないかなと思います。 And so, with these Moblins and allies, just think of all the wonderful things that adventurers might create, especially our crafters and gatherers. では、エリアの追加情報をお届けしてまいりました。 All right, I think 次は that's なんか来るの about enough today. That's all we can say regarding Tyrol. Regarding Tyrol. ではさらに黄金のレガシーのコンテンツも含めた全体の内容、北米の基調講演おさらいしつつ新情報を混ぜながら進めていきたいと思います。 Now, I'd like to talk more about the やった。 other features and content that await Warriors あ、 of そう Light なんだ。で in かい Dawn モブ Trail. リンは FF11 なんだ。わ、100！100だぞみんな。皆さんのおかげで100ついに点満点皆さんのレベルが100になる。 100に到達することになります。すごっ。 So as you know, we'll be taking the level cap into triple digit territory, level 100, and that's thanks to you. ついに100だ。とうとう。ね、100点。100点満点。皆さんレ大変ベよくできルました最後どれぐらいまで行きたいですか？ How far do you want to go? We're at 100 now. How far do you want to go? 1000。 2000 2000だ。まあ、私、ね、あんまりレベルの桁が上がりすぎてもね The UI. You need more space. Yes Yes Too many numbers. Yes. EXP Yes. That's right. The XP bar is just. せっかく一回ね桁下げたの That's に right. We got rid of some of those zeros, so we're gonna have to add. もちろんクラフターやギャザラーの皆さんもすべてレベルキャップ100に、させていただきます。 And of course, this will be for all jobs, やばい、 including 追いつかな disciples きゃ of the 私。 land and hand. ね、すごいよね、ロンドン。ロンドンフではェスすごい。続いてバトルコンテンツに関してちょっと新情報も交えつつお伝えしていきたいと思います。 All right, next, I want to talk a little bit about some of 7.0's core battle content. We have some new things to show you as well.
まずフィールドのアクティブタイムイベントや、それからモブハント、新しいトレジャーハント、これらすべて、いつも通りしっかりたくさん用意させていただいてます。 So, active time events, the fates, the hunt, treasure hunts. とこ We're ろ gonna て have ん all 引いてるっ these. てコメントある。ウケる。ところてん、でもちろん新しいダンジョンというのもたくさんあります。 And あ of course, we're working on many Hey, new Cuckoo. dungeons as well. 帝国ダンジョン、This is a dungeon. 大丈夫 This is a dungeon. 大丈夫ダンジョンの数もですね、これまで以上わ、のいっぱいあるらし同いよ。数しっかり用意させていただいてます。制作順調に進んでます。 Okay, and we're going to have at least as Dungeon many 多いの嬉しい。 dungeons as we've had in the past expansions. 今回はいくつかのダンジョンについてスクリーンショットやアートワークでちょっとさらにね、追加情報としてお伝えしていこうと思います。 Right, so next, let's take a look at some art and screenshots showcasing a few of those dungeons in development. と言いながらこのアートも新情報だよね。 But yeah, this art, this is awfully new. まずスクリーンショット1枚目。 All right, off to our first Norita. screenshot. ダンジョン This is a dungeon. ダンジョン This is a dungeon. Dungeon? Area? Dungeon. It's a dungeon. It's a dungeon. Yes. Okay, as long as you're sure. 上で、まあ、ダンジョンというとね、どうしてもこう洞窟をイメージされがちなんですが、この一見川の普通のフィールドに見えるところ、こちらダンジョンで、なんとジャングルクルーズからスタートします。楽しそう。 So yeah, when people think dungeons, they usually think like caves, but looks like めっちゃ this one 楽しそう will じゃ start ない？ off as a river cruise. まあね、ちょっとどんな戦闘とかね、キャラクター同士の掛け合いとか繰り広げられるのか、ジャングルクルーズだね。今からちょっと楽しみですね。お But I'll 口じゃ let ん。 you imagine す what げ kind え of。battles and player interactions are going to go on there. いいなでもちょっと落ちたくないね。ぁ。まあ確 I か don't want to fall に色 in が the river though. No, no, not a good なん idea. かワニいそうじゃない、ワ Like ニ。なんか crocodiles, そう piranhas. And, ワニいそう。やられそう。yeah. ピラニアね、ピラニアいそう。こちら、絶対いるじゃん。一見するとちょっとアートね、ワワニいークにもそうね。めっ見えるかちゃワニいもしれませんが、そうだよね。こちら実機の、画像になります。 So I know this looks a lot like artwork, but this is an actual in-game screenshot. これにしちゃ川登りなのか川下りなのか、それらを向かった先がこんな感じです。う。すごい綺麗。 So yeah, are we going upriver or downriver? Who knows? すごい But at 綺 the 麗 end な of ん the だけど、 cruise, スクシ this ョ is したい what ね awaits. みんなで写真撮いやろうね。アートに見えるよね。 It does really look like artwork. マジで綺麗。この環境セットアップしている開発者今回ロンドンのファンフェス来てますんで、こういうね後ほど開発パネルでもこうこういういったお話ししてくれると思います。 So yeah, the team that actually worked, one of the members of the team that actually worked on this, and the environment team is here today, and is going to be up here on stage. So looking forward to meeting and hearing what he has to say about this. やばいね、スクリーンショットでこれ。あー、ザナル監督。さてぽくないさらにこういうとこあった雰囲気一よね。転して全然また変わった、これもダンジョンです。 All right, and now we're somewhere completely different. This also is one of the new dungeons. めっちゃこれも綺麗。ね、なんかアーねトに見える。、点っぽいよね This。is これあ also ったよ very, yeah, ね it。looks like art. いろんな人がここちらう入ってる外なのかやつ。それか何かの一部なのめっちゃか、点っぽい自然地形これと人工物の間に何ユーかナが落とした紫色のところじゃない新植物、ユーナ落と存しちゃって在してますね。 So is this somewhere outside or inside? Is it a part of something? Are those natural formations or man-made? And what are those purple ユー things ナそう growing だったの everywhere? かっていうとこじゃない。先ほどのエリアをもう少し上がったところにマジでなるんでし点ょうか。っぽいわ And。here's another look of the same dungeon, but up from a little higher. 明らかに、雰囲気遺跡と思われるものがあるんですが、ちょっと雰囲気異様な感じですね。異 So 様 yes, だ we can ね see。some strange 中地さん architecture こん that ばんは resembles ancient ruins. こちら中地さこれまでにんこんばんは。光の戦士の皆さんが冒険してきたどのエリアともちょっと違った印象になっているんではないかと思います。 So yes, this is far different マークさん from もこ any んばん place the warriors of light は have journeyed あり before. がとう来てくれではダンジョンのおあそうだ話、ね最後にですね、開発中の他のダンジョンの、なんだっけあそこまだちょっと実機はお見せできないんですが、アートワークを2枚ほど持ってきましたので、ちょっとご紹介していこうと思います。 So finally, we have some artwork for 2 more あの dungeons that we'd like to show you, 紫のさ but you're going to have to use your 木がいっぱい imaginations to 漆黒入った visualize とこ how they're going to turn out in game. まず1この枚目雰囲気、似てるね。 So this is our first. まあこちらまさに It's a dungeon。 It's a dungeon. It's a ダンジョ dungeon ン、いつダンジョン。
古代の遺跡のようですが、しっかりしたこういうね構造を持ってるっていう風にね見えますね。 But again, this also has that look of sturdily built ancient ruins to it. こちらはすでに、レベルデザイナーのレベルデザインが終わり、そのレベルデザインに合わせた、構造をアートチームがこうデザインしてってるからですね。Okay, but what you see here is not concept art. In fact, the level design for the dungeon is already complete, and this artwork was ふわり created さ to ん help 笑 the った。 modeling 本当 team. だよ。本当はですねこういう端のあたりにですねアート担当者のこうスタッフからの注意書き、モデリングするための注意書きとか設定がものすごい数書き込まれてるんですが、さすがにねお見せするわけにいかないのでちょっと消してきました。 So now, artwork like this すごいそれも usually 見た has い a けど。 lot of text written in the アカシアがいる。 margins to help the designers. It's filled with 16 lore and secrets. 16じゃん。 Just kind of cut that out because, you know, ク to リタ avoid マ周辺っ spoilers. ぽいね。本当だね。そしてもう一枚。盛り上がってるよロン Okay, ド but now ン for。the surprising one. やろうやろう。めっちゃ楽しいよコウタさん。メカアンチニカル。機械の数え Summer が。 vacation? なんて読む Summer の？ vacation. Summer vacation. Yes. Okay. ハムボさんが Maybe, 漢 maybe. 字使ってる。 Cold capsule. コールドカ Say プセ cold ル。 because it's so hot. Maybe. 冷たい。冷たい。多分こちらも冷たいダンジョン、カプセル。しかもメインストーリーに登場するダンジョンなんですが、あまりのね機械文明の発展にちょっとびっくりしますね。ね、 Yes, 機械すご this い is ね a。dungeon for the 7.0 main ほんまに scenario. But 夏休みか again, これ。 unlike the 夏休みに nature 行った that と we've こ seen か。 before, this has a lot of mech. 詳細な解説は差し控えますが、やはりこの 7.0 の冒険、単なる光の戦士の夏休みでは終わらなさそうな気配がそれなんて読むんやっけ？漂っています。 So yes, it looks like Dawn Trail is going to be a little bit more than your ordinary summer 左 vacation. の壁に PC のケース。ではこのダンジョンに登場する、強敵、ボスの一体をちょっとご紹介しようかなと思います。ついてた？ All right, so now that we've seen where you're going to fight, 見たかった。 let's find a little bit about ちゃんと。 more about ちょ who っと変わった you're ね。 going to fight. まあ前回はね、透滅戦の相手を表示しましたが、今回ね透滅戦ではないんですが、 So last time in Las Vegas, we showed one of the raid bosses. バリガルマンダに続いてもう一体大型のモンスターの紹介となります。 And this one is not a raid boss like Valagarmanda that we showed in Las Vegas, but we have a very important and large enemy to show you. 名前をですね今回ご紹介するのはエリミネーターという The name is called the エリミネ Eliminator. ータもうどんどん夏休みから遠ざかっていく We're getting a little bit further away from summer ー。夏 vacation 休みじ again. ゃないじゃん。まあさてどんな形で出会いなんそこれどんな戦いになるのか伏せておきますが、バイクっぽいこういった今まバイクっぽいなで多分皆さんが黄金のレガシーでちょっと想像してたのとだんだん変わってきたんじゃないかなと思います怪しく。なってきた Now, な。 we can't tell you much about it yet or 本当だね。 exactly how you meet, ね？ but it's obvious that we're going against バロラントって expectations コ for メントあ Dawn る。 Trail so far. このエリミネーターね機械なのかそ本当ではありませんもそも生物なのかダンジョンのアートワークに続いてねだんだん謎が深まっていくいつかマウントで出てほしいね貴重公演になってるかなと思います。 Again, it's hard to tell if this is a machine or if it is alive or something in between. Yeah? じゃあ続いてコンテンツサポータかわいいー。まあこちらアップデートは行っていきますが、もちろん今回も全てのメインストーリーのダンジョン対応させていただいてます。あ、いい Okay, ね。 next up we コ have our ンテン duty ツサ support ポートア feature, ップ and デ you'll ー be トだって happy to know that this feature will be made available for all of the instance dungeons for 7.0's main scenario. かなり新しく、コンテンツサポーターとして加わるキャラクターも多いです。 And of course, there's going to be a lot of new characters New that are going to be characters. included in this duty support feature. たくさんの AI 作らなきゃいけなくて、クルルゲちゃんームデザイナーたちすごい四苦八苦しながら開発進んでます。そう But な that ん means だ。 our game designers and programmers are 見た目 having か to と思っ work た。 a lot on all of the タ new トルじゃん来 AI. る？そしてコンポタ間違ってる新装もんね。備新クラフト、もちろんギア多数用意しております。わ、楽し And み with だ all these ね。 new dungeons and enemies, the も Warriors う Light will need 怪しく some なって proper き new た。 gear, and we have a lot of new recipes to そう make だよ、 sure ガ that ン you're ダム乗ら properly なきゃいけ kitted. なくなっちゃう。おしゃれがね気になる皆さんもぜひご期待ください。はい、 And of 楽 course, し we'll be みです。 introducing a lot of あ、なんか真ん fashionable 中の items as 可愛い well. ね。ではちょっと
新しい装備のアートワーク見てみましょう。 So ね let's take a 今 closer 回 look at some artwork for these SP new ナイ items. ト、あ、これあれだよ、双剣だよ、双剣。まず、かわギャザラークいい。ラフターもね、専用装備当然すべて一新されます。か All わ right, い disciples い of the。land and hand will of course be getting new 真ん中のえぐい job-specific な gear as 可愛 well. さ。モデリングも第一次グラフィックスアップデートを行った状態で順調に進んでいます。どのように実機で見られるかご期待ください。 So we're currently in the modeling phase of development with our new graphical update. So for now, you're going to have to imagine how these designs will look when rendered こ in れ game. は欲しい。そしてこちらはめっちゃジョかわいい。ブ専用装備の一部ですね。 And here we have some job-specific gear for the disciples of war めっ and ちゃいいじ magic. ゃん。全部良くまあない？どれがどのジョブかは言わなくても大丈夫だよね。 We don't need to tell you what jobs these are for, 全部い right? いんだけど。今回もジョブ専用装備はですね、冒険のその地域のね踊り子めっちゃいいね特徴デザインにあまり寄せず、そのジョブのイメージという踊り子めっのをスちゃいいトレートに書き起こすようにというふうにディレクションしてます。かわいい。 Okay, instead of designing the gear to match more of the ね、ID だといい geographical ね。 or cultural feel of Tyrol, we decided to take a much more で、文句もか straightforward っこいい approach ね。 with their design. きっと文句だよね、これは。では続いて、右側？新たな生活いいね系大規模コンテンツ。はかどるわ。文 So 句の as I 文句感 mentioned す back ごい in よね。 Las Vegas, we are planning some マテリア expansive も new 出るんじゃない？ lifestyle content for Dawntrail. ミラプリワクワクかる。 7.X シリーズにおいてもですね、イシュガルド復興とか、それから無人島開拓に続く新しい、生活系の大規模コンテンツをお届けしていく予定です。やった This will be new content that will be featured alongside existing content such as the Ishgardian Restoration and Island Sanctuary. FF6 な感じもするなんとかですね、この場で発表したかったんですが、もう少し企画の詳細を詰めたいということで、残念ながら詳細までは今日お伝えできないんですが、じゃあ日本だね。日本のフェスでは、内容をお届けできるかと思います。 So the plan Yeah, was to show you that 行 new きたいわ。 content here, but the team in charge didn't think it was quite ready and wanted just a little bit more time. So we're going to be putting off the big reveal until Tokyo. So we have to wait a little bit longer. 開発チーム頑張ってるのですいません、許してください。The dev team is も hard ちろん work, で so す。 please forgive them. ルーさんが FF6 の雰囲気も感じるって。6やった人はどう？皆さんの拍手でね、今あ、リセ感あるね、めっちゃ踊り子。日本で頑張ってくれてると思います。 All right, they just heard your cheering, and so now they're like, oh, gotta get back to work. Gotta ありがとうね、ございまあるのは分かったし。す Thanks. ただ今回の、生活系の大規模コンテンツ、ルーさんの前回大好きなね、無人島開拓は一人で遊ぶものっていう形でしたトラネコさんとルーさんの大が、好きな今企画しているのは皆さん多人数で、遊んでいく、盛り上がっていくというコンテンツの企画内容になってますので、また詳細の発表をね、ご期待いた地だけれ図みたいなばと思います。感じかな。 So while Island Sanctuary was more なんだ solo ろう、めっ content, ちゃ楽しみ。 this new content that we have planned for スイカ Dawntrail is going to be something that you can enjoy with a lot of people. スイカ溶けるよね。マイクが来る？さて、では、ね、めっちゃ各種バトいいよねルコンテンツもご紹介しましょう。 PVP じゃなければいいな。 All right, we mentioned battle content a little earlier, but we have a lot more installed. さあ、これらのバリアントダンジョン、8人レイド、それからもちろん Z シリーズも、7.X シリーズ頑張って、あ Z 来こたよれらすべて作ってまいります。 So we'll be adding new み variant んな Z 行 dungeons, ってる？ a new 8-player raid, マジで and a new ultimate raid that will be just as いつか行ってみたいけど。 challenging as those that become before. 心臓が。そして詩人で行きたい当然ながらアライアンスレイドも新シリーズ始まります。 And of course, we can't forget our アライ alliances アン out ス大 there. 好き。アライアンス今日ここではですね、服が可愛いからその次のアライアンスレイドが一体どんなものになるのかご紹介したいと思いやます。ば And ー。 so 盛りだ here く in さんすぎ。 London, we ね、 are excited to finally How is announce this our again? latest Alliance Raid series. ニーヤ来るかな。ニーヤの服めっちゃ可愛いよね。私今メインで着てるよ。エコーズ・オブ・バナディールだって。ミコッテの可愛いミコッテがいい。これミコッテ誰？わあ、ありがとうございます。 Thank 違 you. うか。 Thank Thank you. you。11？あ、次の 11？11？アライアンスレイドシリーズのタイトルはエコーズ・オブ・バナディールというタイトルでお届けします。 So やりましょう、 our newest 皆さん。 Alliance Raid is Echoes of Vanadil. 来年の夏までに11。やりましょう。 MMORPG として大先輩であるファイナルファンタジーやります11私運営開始からすでに21年、その運営20周年を記念して我々、次なるアライアンスレイドシリーズはそのファイナルファンタジー11の世界を垣間見る冒険をお届けしたいと思います。
So to 11やる celebrate ね。 over 20 years of Final Fantasy XI, we are turning to our やるわ。 MMORPG Senpai Yes. and stepping into Vana'diel to get a glimpse あ、 of this オンラインだ。 wonderful, exciting world. やろうやろ果たしてう。オンラインどんなストやろうよーリーどんなボ。スがやりたかっ登場するのたんだよ。かぜひご期待ください。 As for す what ごいね。 story will 11 feature, よか who っ you た will ね。 meet, what bosses you will 11よ fight, かったよ。 we can't tell you that. よかったよもちろんファイナルフ11。ァンタジー11から続くねこのファイナルファンタジーシリーズの長い MMO を楽しんでいただいてる、そして今もねファイナルファンタジー11遊んでいただいてる方にも楽しんでいただける内容に仕上げていこうと思ってます。や But ばい we ね can。guarantee that it'll be やっちゃう something that 11 longtime fans of やっちゃう Final Fantasy XI and even players や and ろう fans ぜ。 right now will be や able ろう to ぜ。 truly enjoy. さあじゃあちょっと質11やろうよ問していいですか。 So, speaking of which, I have a ト question ット for さん all of you. 11今もやってるんだよなって。 How many people out there いる are still playing 11? 11やってる人おーありがとうございますいる？うちのリスナーさんにもいるかな。いやいやもう11はめちゃくちゃやったよって。今は14やってるけど11めちゃくちゃやった人、やったことある How, 人。 how about people that, いる？ you know, I'm playing 14 right now, so I don't have time for them, but I played a lot of 11 back in the day. ああすごい。ありがとうございます。ありがとうございます。あ長らくですメロディね我々スクエアニックスのあ MMO を支えていただい国て本当にありがとうございます。タゾ So さん yes, も？ thank all of you あ、 who've 猫 been 屋さんも？ supporting 結構 Square みんなや Enix ってる through our ね。 MMORPGs for such a long time. みんなに教えてもらいながらやる。配信を見てくださってるそしたら。方々も大いに今ね手を挙げてくださってるんじゃないかあ、なとそうだ、思いますサッチちゃんやった And って言 a った lot ね of。people watching on the stream as well have been raising their hands. ぜひぜひご期待ください。 So again, please look forward to it. 見て、ここにメテオマークあるんだよ。白猫丼と一緒。ではさらに、コンテンツ継続してアップデートしていきますよというお話をちゃんとしておこうと思います。 And of course, we're going to continue our updates of existing contents as well during the 須坂さん一緒にやる？ 7.x series. もう一個一個はそんな説明したにやっての？ませんが、ミミさんも？ I'm not going to explain each of あ、 them メ here, ロディーさん but ちょっとだ。 you get the idea. あ、でもちょっとやったんだ、マもうー君さんも。一個ずつ言いません、引き続き 7.x でも大量のアップデートをお届けしていく予定です。 So yes, you can expect updates of all the content you see here. そして、まあ、これだけじゃなくてですね久しぶりにあ、そうなんだ。こちらも予定してます。 But we have something even more special. And DD 来るの？何が来るの？青魔同士リミリミテッドジョブとして登場していますが、その第2弾、新しい次なるリミテッドジョブというものの開発を今進め始めてます。やば alright, to go alongside Blue Mage, we are currently working on an all-new second limited job. モノマネ師やばいまあ実。装まで、まあ、ちょっと 7.x めっちゃシリーズの力士って後半で言われてるよ。実装の予定なので力士来るってちょっとしばらくなんで力士なのみんなお待ちいただ力士くことにはなりますが、 But again, its release isn't currently 力士 planned 来る until み the んな latter 力士っ half て。あ、ルルさん of だ。 the あ、ちゃうちゃうさん 7.x も series.。まあ、こどんなんばんはジョブになるのかちょっと聞いてみようかな。But you know, we do hope to tell you more about it soon. But 青魔 we're 同士、 gonna 黒魔 kind of 同 ask 士。 you, what do you think it's gonna be? 赤、黄色、青魔同士。あと何色がある？あ、黄色、 Beastmaster! 緑。ビーストマスター、ビーストマスター結構いる。ちょっとコウジ聞いてみてよ、他にどんなのあるか。 Anything else? Fisher? いや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 、 We already フィッシャー。結構ね、からくり師ってさ、英語だとなんていうの？ I can't remember. What is it? からくり師。 Puppet. パペットあ、パマスター。ペットか。パペットだあー。なるほどなるほど。 Oh yeah. かわいいね、パペット。 Puppet Master. いやー、そうあんまり言うとさ、なんかそれっぽくなっちゃうから。 Beastmaster. ビーストマスター。ビースマねスター。まあでもやっぱりパペット持ってんのパーティープレイではなかなか可愛くない実現できない、遊びとセットで、新しいリミテッドジョブ開発していきますので、まあ、ぜひどんなものになるか、お待ちいただければと思います。ペットマペッ Yeah, we're really excited. We're working on a lot of different ideas, something that we can do that's separate from party play, similar to how it is with the Blue Mage. So, yeah, please look forward to it. まあそんなに遠くないタイミングで、どんな
リミテッド勝負になるかお伝えしていけるんじゃないかなと思ってます。企画は順調に進んでおります。来るか Well, we パペッ can't ト say マペッ any more ト here. We do hope to reveal more information very, very て soon. かいるじゃん DVD でも各種コンテンツアップデート、ここまで触れてきましたが、今回もですね DVD にもいるよグラフィックスアップデートのパペットマペット進捗についてこの場でちょっとお伝えしたいと思います。All right, so now that we've talked about our content updates, I'd like to move on to the planned first graphical update. めっちゃ可愛いじゃん途中経過お伝えしてますが、その途中経過に対して皆さんからのフィードバック、いただいてます。そこでさらに調整しましたよというのをちょっとお伝えしたいと思って持ってきてます。Okay, so after showing everyone our progress with the ラス graphical ガルの update 女 back の in 子 Las 来る Vegas, って来てる we got a 来 lot て of ほしい player ね feedback. Over the past few months, we've taken that feedback and we've made even further adjustments. アップデートですメインキャラクターの種族アウラだよっていう方、So あ how ア many ウラサ people ッチ here ちゃん have an Aura character? アップデートするのアウラアップデートするのアウラ持ってきたのアウラだってはこのアウラのアウ All ラ right, so we're going to talk a サッ little チ bit ャちゃ about ん the じゃん auras, horns, サッ and チャちゃん scales. アウラのアップできるだけねデートだって皆さんのやばイメージ損なわないように注意しつつ行ってい表現るグラフィックスアップデートなんですが、 Again, we've been どうな tweaking る it a の lot with な our い new のか graphical な update. 中でも前回途中経過注目されたのアウラ族の角とかそれから鱗の表現っていうものに、いろんなフィードバックいただきました。So yes, our main goal was to introduce these fine adjustments that won't feel too drastic and ruin that unique look that we've all gotten used to. And if you recall, this includes tweaks to polishing things like the aura horns and scales. まず次にお見せするのが前回北米でお見せした途中経過のスクリーンショットです。 Okay, so first off, we're going to start by showing you what we showed you back in Las Vegas. これがね、前回お伝えしたもの。 All right, and this is what we showed you かわ last い time. いアウラかわいい角の表面とか鱗に結構光のあ反射が本当だ艶があるってちょっとエナメルっぽい質感だった自分たちのイメージとちょっと違ったっていうフィードバックも、結構議論として寄せられ鱗だもんてました。などっちかと So いう back in と Las Vegas, そっ the か horns and scales that we showed you were very reflective and had a very なるほ strong どね enamel type of feel, and it was not 綺麗だけ something ど that ね a lot of people had expected. まあ、全然これ綺麗だけどはこれでやっぱりこう反射があるので、まあ、クオリティとしては比較的高く見えやすい気はするんですが、And with this reflectivity, I mean, it looks very い high いけど quality, ね so it was good for showing off that ダ improved メなの quality ツ of ル the ツル horns. サッチちゃんの我々が 3.0 で、企画した時のアウラの元のイメージに近づけるようにさらに、継続して調整を続けてきました。はい But it didn't really match our vision of what we wanted the aura to look like from our アウラ original いい design よな back at 可愛いよ 3.0, な so ア we ウラっ continued て tweaking. めっちゃ迷すごいったも微妙んなのでめっちゃ迷ったのメインよキャラクターアウアウラだかラの人ちょっと一生懸命画面見てください。 All right, and so this is where we are. It's a Sachi-chan, very, very 画面見 small てください change, so look very, very closely. 変わったあ艶がなくなった And これが前回 this is before, おお after. 艶がちょっとなくなったからおおおおすいませんね。どこが変わったでしょうってなんかあるよねこういうクイズ Wasn't even more アハ体 exciting. 験だっけ光沢がね強く出ていた質感をちょっと落として、本体の色へ近づけてより馴染ませるっていうことをやってます。馴染んだらしいです So we're continuing our work でも on こっちの方が lowering まあ that 確かにいいか reflectivity も to be able to get the 馴染んで horn る方 color が to something more natural and closer to what we originally でも立 intended. 体感は出たね前よ前り多分回お見せした他の種族というのもですね前回のものがフィックスではなく、皆さんのそのニコってそろそろ感想フィードバック見てどんどんギリギリまで細かくクオリティアップや調整を続けています。So this goes for all of the updates for the other races as well. We've been receiving a lot of feedback, ララも and ね what we showed you in Las Vegas wasn't the final product, but a work in progress. いいくないなんかちなみになんですけど、 Okay? こ艶ないののスクリーンショットのこのアウラの女性のね首にちょっとライン入ってるんですけど、 And so some of you with some 首に very good ライン eyes が入って maybe る notice a little line on the neck これ of ちょ the っと female aura. 急いで首くっつけたんでちょっと And so basically when creating this, we 急 had いで to rush, 首 like く we っ just つ took け a た head らしい and popped it on a body. これは大丈夫治るんで。 We'll fix this. あ Don't worry. る全然見えないわララかわいいよわからん次わからんなんですが、自然になったねちょっとツヤツヤさらにが細かいお話をちょっとさせてください。 So we talked about something very 言わん detailed, でもいい and の so に for next we're going to talk about
something even more もっと detailed. 良くなってファイナルファンタジー14、9番と呼ばれているオリジナルのファイナルファンタジー14が13年前にリリースされ、その時から、より快適に遊べるようにという形で R レムリボーンが作られてます。So as many of you know, the original Final Fantasy XIV was released almost 13 years ago. Then a couple years after that, A Realm Reborn was released to improve upon the original. 1.0 から遊んでるよ。How many people here have been playing since 1.0? いる ?1.0 から遊んでる人いる？ Thank you。まだ早かった。分かんなかったね。で、その新生版を作るにあたってですね、やはりこう国できるだけ明さんマジ短い期間で作り上げていくということで、やば。Q14 のそのモデリングっていうのをうまく綺麗だったんだ。アレンジしてここまでやってきたという歴史が実はあります。さくらさんやってそう。 So やって when そうこと making 言 the って move from 1.0 さくら to さ A ん Realm もなん Reborn, か we didn't have a lot of 大御 time. 所感あ So る we よね。 ended up having to チャルル repurpose さんもや some っ of て the たわ。 original character models for 歌ちゃ A ん Realm ね。 Reborn. 今回グラフィックスアップデートではそれらの調整を行う際にこの9番から使っていたモデルというのにも改めて全てに手を入れて完全に新しいものへと進化させることにしました。 And so now, to coincide with the graphical update, we had to revisit our use of these older 1.0サゾ models. さんもメロディーさんもすごいねこれこそめち。ゃくちゃ細かいのでちょっとよく見てください。 Okay. 背中マーク入 This り is な going の to get really detailed, あ so カクカクしてた。 look carefully. あララフェルですね。 Okay, so we have our Lalafell. あんでこれかわいい。現在のララフェルです。 This is the Lalafell that's in game right now. 14どうだった？あまあ可愛いですね14じゃない最初どうだ Of ったんだ course, ろう。 cute as ever. ちょっとですね、 9こバージョン。ここに注目してください。 So I want you to focus on this part of the face. そのあたりです。 So yeah, right there around the chin. できる限りですねキャラクターモデルを軽くかつ高品質に見せるためにローポリゴンを実はですねほっぺたの下にすごいこう四角いポリゴンを無理やりこう入れてですねそこでこう顎の影のラインをつけるみたいな、すごいこうなんて言ったらいいんだろうテクニックみたいなことを実はやってます。 So, to ensure character models weren't a burden on the system, but Potato. also maintain a high Potato. visual quality, we implemented the use of these low polygon shapes. Low And the polygon. remnants of those can kind of be seen today in around the cheek and the jawline, those straight lines. ただ今回キャラクターの肌の質感を上げてより影がリアルに滑らかに表示されていくためにですねノーマルマップと呼んでいる顔の凹凸データみたいなものっていうのも全て改めて綺麗に作り直しています。 Okay, so with the graphical update, however, we went back and we retooled and recreated what is called our normal map data, which in other words is basically this data that's meant to represent the bumps and dips and irregularities of those textures. ちょっとずつブドウが出てきた。そのためですね、やめてねブドウ。グラフィックスの状態に誰ブドウやってんの？忘れようぜブドウのことは。そのテクニックを残したままにしてしまうと逆にその非常に小さいポリゴンが不自然な影を作ってしまうみたいなことが出てきました。 Okay, however, by doing that, it 影か caused some すごいね conflicts 細 with かい the ね。 existing low polygon data that we'd been using since 1.0, creating even these more mysterious bumps and dips in shadows. わかるかな？ Can you tell? わかる？あ、キュッてなってる。 So there, and that's what happened. ここにねすごい微妙に外側に尖ったポリゴンが影の邪魔をしてるんです。 So you can see kind of あー、 those で these も bumps 本 on the 当 chin だ。 that are ちょっ kind と of カクついてる affecting わ the。shadows. ちょっとカクついてるかも。いやわかんねえよっていう反応だなこれ。いや、わかるわかる。 And everybody's like, わかるよ。ちょっとカクついてるもん。わかるわかる。ただこれわかるぞララフェル使ってる方どれぐらいいます？ How many people are using Lalafels? 皆さん自分のララフェルが一番可愛いと思ってますよね。 And so of course you think の your しよう公 Lalafell 式 is に the も。 cutest, right? 初コメがの。なのでだからこそこういう細かいその初コメがの。っていうのをなくさないようにできればしていきたい。ただこれからのクオリティアップデートを考えていくとどっちもでのした。味として残していたそのローポリゴンのテクニックみたいなものを取っていかないとさらに綺麗にはならないので、そういう細かいところまで調整させてもらってますっていうのが今回の公式でもしたよ。
の And so I know that some people の may 公 look at 式で these もした kind よ of。お姉ちゃん imperfections 今 born from these ライ old ブライブ techniques 中 as something that makes Lalafels 推しのライブ行ってる Lalafels. お姉ちゃん。 And we didn't want to get rid of them all because we know that that's what makes the Lalafels special. But moving with this graphical update and having something that matches that, we decided it was time to at least じゃあ touch 大 them 好 up. きだもんね。当然分かったよね。これがマーケンさんも最新です。 And so this is the new version. いいじゃん。滑らかだぞ。滑らか。影がめっちゃ自然になったの分かります？うんうん。 So you can tell that like the shadow is わ now かるわ much か more る。 natural. なんかグラデーションになってるちゃんと。すごい細かいんですけど。わかるよ。わか You have to look る very, よ。 very わ closely. かる。いやまあ基調講演で話す内容なのかって思わなくもないんですけど I mean, you're probably で all ももち wondering, も it's ちし like, てるね。 could いい we じゃん have いい not じゃ done ん。 this like at a different panel? Did it have to be at the keynote? 全てのプレイヤーの皆さんのキャラクターをすごいね何としてもこだわりが今皆さんが思っているキャラクターイメージのままよりクオリティアップをさせていくために担当のアーティストたちも僕もこう目を皿にして今と前をこう比較してほんのちょっとでもポリゴンの角があったら何なんだこのポリゴンはって言って、まあそういうことを日夜点々ってなやってってたしねいるのでさっきぜひグラフィックスアップデート楽しみにしててくださいというおありがとうござい話で。ますす。 But again, we wanted to show you this especially すご because い we ね。 wanted to show you just 細かい。 how hard we are working on this graphical update. We understand 素晴ら that し you いで all す。 love your characters and we don't want to change your characters, but we do want to make them look a lot better. And so we're 素晴 working ら on しいです。 these tiniest of issues to improve it. I'm there looking at everything. If I see even a hint of a polygon, I'm like, no polygon! And so, この人いいね。 again, this is the なんだっけ extent 名 of 前。 the work that we're doing, and we wanted to show 可 that 愛 with く you なった here today. ね。ぷくっと感がいいね。こだわりすごいよね。いやマジヨシピーさんってすごいなんかこだわるじゃん。まあでもそれが最高だよねこれだけ。だとねいくらなんでもちょっと細かすぎるだろうということですごい分かりやすいスクリーンショット1個持ってきました。 All right, that was enough talk about the super tiny technical issues. Let's talk about something easy. おグラフィックスアップデートで、帽子と頭装備とですねメガネが同時に装備できるようになるキャラクター集めてみました。 And so, the glasses. Helmets, glasses. お What's ー easier than that? というわけピエロで第一次グラフィックスアップデート順調に作業進んでます。 All right, so でも development ビエラは on まだ that 帽 first 子あれでしょ。 graphical update is proceeding smoothly. メガネ可愛いこれまでね。の13年にわたる膨大なセットアーティストたちがですね必死に調整をしてくれてます。 Our artists are working tirelessly to improve all of our メガネめっ 13ちゃ years 可愛い of な。 graphical assets. このグラフィックスアップデートやファイナルファンタジー14のグラフィックスがどんなねテクニックを使ってすごいわ作られているのか、どうやってつけるんだろう。このファンフェスの一気に開発パネルでも実際にツールの映像などを交えて、お見せしていこうと思います。 So for those of you who want to know more about this topic of graphical update, as well as the kind of techniques that the team uses to create Final Fantasy XIV, we have this great development panel coming up a little bit later that will show you all about how we do this and ね show す you ごい some of 細 the かい tools よ that we ね use. いいよね。かなり面白い内そう容になっていビエラますので、ぜひ開発パネルの方にもご注目ください。どうに It's か going to な be るの really かな。 interesting, so we hope you look forward to it and are here to watch it with 耳 us. 折りたたみとか。ではあでもこういう子もいるか。どうしてもねスペック上がっちゃうので改めてちょっとおさらいしておきます。はい。 All right, while we're here, we want to メモリ remind you one more 8 time ギガ about the になる new って minimum and recommended requirements. もう準備したよっていう人。 How many people are ready to go? お All right. 半分ぐらいは大丈夫です About ね。 half, that's good. そこまでめちゃくちゃ高くしないようにしてますので、ぜひすいませんがよろしくお願いしま We す。 haven't どっ raised ちまで it で too きるよう much. に私は But please understand. PC もちょっといけるようにしようかでなと思っは、てる。残りの時間、この先 7.0 までに、アップデートしていく内容の、追加情報をお届けしていければと思います。 All right, so finally today, I want to talk a little bit about the content we have そろ planned そろヨシピさん足 before 痛くな the ってき release たん of じゃない？ 7.0. 大丈夫？まずはお知らせ次北米で発表させていただいた Xbox バージョンに関してです。 All right, first Xbox off, we だっ have the て。 open beta test for the Xbox version. はい、
Xbox バージョンはですね、まだ大丈夫？来年1月中旬から2月にかけて、スタートさせていただきます。And our test is scheduled to begin in mid-January 確かに and カバ continue や through ばそう。February. このオープンベータでしっかり問題点洗い出してですね 7.0、黄金のレガシーより前に Xbox バージョンも正式サービスへ、移行させていただきます。This is again to find problems before the release of 7.0 and smooth all of those out so that we have a smooth launch. ぜひですね、オープンベータプレイをしていただきつつ1月中旬から 7.0 の冒険に、Xbox ファンの皆さん、備えていただければと思います。 7.0 が楽しみすぎてやばい。 We welcome you to join the test and help us make the game great. では続いて、新しい 7.0、7.0 じゃないや 6.5X で実装されるコンテンツ動画をご用意してきましたので、まずそちらをご覧いただこうと思います。めっちゃ嬉しい。ちょっと待って、嬉しいんだけど。サッチョちゃんは見ちゃダメ。サッチョちゃんは見ちゃダメよ。サッチョちゃん見ちゃダメよ。来た、フォールガイズ。これは見ていいよ、サッチョちゃん。見ていいよ。来たー。これは見てください。サッチョちゃん、これ見てください。来たー。フォールガイズの方はね、ビクトリーまで取ったからね。今度はね、14で頑張るよ。これはもうやりまくるよ、私多分超やりまくると思う。くるくるのダンジョンあったよね。ラスボスくるくる。超楽しそう。あ、ここもねあるよね。青木さんこれやってたら来てくれるかな。フォールガイズだから、フォールガイズだよって騙したら来てくれるかな、青木さん。14来ないんだよ。フォールガイズするよってタイトルしたら青木さん来るかな。かわいい、欲しい。絶対ゲットしよう。絶対ゲットしよう。絶対ゲットしよう。超楽しそう。ありがとうございます。Thank you。あれ取ったよ、アルフィーノとアリゼ。お待たせしました。あとチョコボと、これはFF14のゴールド操作にいよいよフォールガイズが実装となります。全部取ったやつやな、これ。全部取ったよ、フォールガイズの方は14の。実装日出てますね。10月31日パッチ 6.51 リリースとなります。Alright, and as it says here, it's planned for release on October 35th. やったー、来たー。ミニオン欲しいね。これミニオンなのかな。もうすぐだね。フォールガイズのスキンがこれだったのね。そのコラボはじゃ頑張って撮った。ご覧いただいた通り、フォールガイズのエッセンスを、入れつつ、フォールガイズチームにも監修してもらいながら、ファイナルファンタジー14独自の味付けを行ったコラボレーションアトラクションとなっています。So as you saw in the trailer, this collaboration will maintain that Fall Guys aesthetic. We had people from the Fall Guys dev team help us out and make sure that we followed that. But it will also feature this unique Final Fantasy 14 spin on all the frenetic Fall Guys gameplay we know and love. ね、フォールガイズ楽しいよね。24人まで同時にプレイすることが可能で、もちろんマッチングにも対応させていただいてます。This content is designed for groups of 24 players, with, of course, random party matching for players who don't arrive with their own alliance. 寿司ラーメン。寿司ラーメン。でこちらのフォールガイズなんですが、ちょっと特徴がありまして、開催が、不定期というか何ヶ月かおきに開催されてしばらくお休みして、開催されてしばらくお休みしてという数ヶ月おきにオープンとクローズを、繰り返していく予定です。いいねそれ。So one unique characteristic with this content is that it's not always going to be open. There will be periods of time where it is available, and then period of times when it's not available, and we'll be repeating that over a cycle. 常設にしてほしいよね、わかる。そうしないとこう一気にねやったらまた人が他のとこ行っちゃってみたいなことになるので、定期的にやっていきますので、あまりね焦らずに皆さんの時間のある時に開催と合わせてやってってくれればと思います。はいはいはい。Again, we want to keep the balance between the two games あ and そ keep っ that か、 fair. サ So ー we're バ going to ー have 落ち again る times ぐら on い and 人 times が off, 集まっち so ゃう you もん can ね。 enjoy the Fall Guys content and then go back to other content. わちゃわちゃだね。もちろん多数のオリジナル報酬ご用意しておりますので、ぜひプレイしてそれらのギアも手に入れてみてください。これのミ And of ニオンあ course, る there の will と be a 欲しいな。 great deal of unique prizes for those who participate and win, so please look forward to it all. ではもう一つ
6.5X シリーズで実装となる、特別なクエストについてお伝えしようと思います。And next we have one final big announcement for a special quest that's going to be appearing in the 6.5X series. こちらも動画でまずはご紹介したいと思います。We have a video to introduce this big announcement as well, so roll it. やばい、16来た。16来た。マジで16来た。やばすぎ。マジでやっば。16コラボやばくね。やばくない？待って、めちゃくちゃ16っぽい曲きた。やばー。来るの？トルガルやばいんだけど。トルガルのマウントずっと欲しいって言ってたの来たの？ファイナルファンタジーシリーズ最新作16とのクロスオーバークエストのお知らせです。That's right, we can finally announce our Final Fantasy 14 Final Fantasy 16 crossover event. やろうよ、モノクロさん。やば。プロデューサーの吉田さんから OK が出ましたんで。あ、まあ確かに PC 版出てからが良かったか。頑張って作りますと。やば。トルガルのマウントやばくない？の旅路という物語。16やってないのに。16の主人公であるクライム・ロズフィールドとすぐじゃないんじゃない？選手の出会いの物語となってます。作るんでしょ今から。Alright, it's called The Path Infernal, and of course will feature 16's protagonist Clive Rosfield fighting alongside the Warriors of Light. めっちゃ嬉しいんだけど。そうでしょ？もちろんまだまだファイナルファンタジー16未プレイドという方もいらっしゃると思いますし、PS5 版今年の冬に買うよと、PC 版出たら買うよというふうに待ってらっしゃる方もいると思いますので、あまり過剰な16のネタバレにならないよう仕上げておきました。ああ、その前に来ちゃうんだ。ネタバレにならないように仕上げてくれてるのめっちゃ優しくない？そうだね。結構ありそうだね。先ほど動画でご覧いただいた通り、嬉しすぎる。16で大人気であるトルガルという、狼の、報酬など多数ギアご用意しております。めっちゃ嬉しい。マウント欲しいってずっと言ってたのよ、トルガルの。やばすぎる。最高やないか。もうオートコンボくれ。最高やないか。確かにね、オートコンボコラボレーションで出てきたらちょっと面白いね。確かに最高やないの。そのリングつけるとアイテムレベル下がるよ。下がるのやだな。アイテムレベル。ぜひですね、ある意味オートコンボめっちゃいいけどね。物語の導入に近い、それほどね、壮大な物語というよりは16の世界を垣間見るような冒険になっています。ぜひ、それらをプレイしてですね、PC 版だったり、それからファイナルファンタジー16の DLC などにもご期待しつつ、両方14も16も楽しんでいただければ嬉しいですと、ファイナルファンタジー16のプロデューサーの吉田さんからコメントを預かってきております。So again, we'd like you to think of this collaboration as kind of an introduction to the world of Final Fantasy 16 for all of our Final Fantasy 14 players. We can't wait for you to get your hands on this new content, and we are currently developing alongside Final Fantasy 16 DLC and the PC version. And of course, we got the okay from the producer, and he told us that it was okay to go. So ね、DLC って言ったね。あ、本当だ。やばい。待って。
隠れ家のオーケストリオンやばくない？では、ちょっとここでお知らせを最後基調講演ではあるんですがさせてください。Okay. So next up we have a final announcement. たまらんね。クラウドデータセンターというもののテスト、我々進めております。All right. As I talked about recently, we have a マジでやばいんだけど、 cloud ちょっと待って。 cloud data center stress test coming す up. ごい嬉しすぎて。今まで、皆さんがプレイしてくださってる、データセンターというのは物理で、出来上がってるんですが、今回クラウドというたくさんのマシンをつなぎ合わせてこうちょっとね動的に、大きくしたり小さくしたりできる、それをクラウドってよく呼ぶんですけど、それによってこうサーバーの拡張性が柔軟になるっていうクラウドデータセンターでプレイヤーの皆さんにぜひテストをお願いしたいです。All right. Basically, up until now, all of our data centers have been using physical servers. And we want to do this test with the cloud servers to make it easier to expand these. And so, to help do this, we need your help with the test. 5年前から検証スタートして、特にこの3年かなり、一生懸命いろんな企業さんと組んで構築してきたんですけど、クラウドデータセンターでプレイした時、実際にはどんな負荷がかかるのか、どんな問題が出るのか、ぜひ洗い出しをさせてください。So we have spent the past several years exploring this possibility of expanding our data centers via the cloud servers, and we're at a point now that we need your help to help us with, find out any kind of issues that may occur. どうすればいいこの感情みたいな。どんどん拡張していくためにぜひ皆さんのお手伝い、お力をお貸しいただきたいです。Again, we would deeply appreciate your participation, as it will help us continue to expand our game and our community. その概要こちらになります。So we're going to talk a little bit about what this test entails. 東海岸で、実際にクラウドデータセンターを行うんですが、アメリカのただヨーロッパ側からのテストもぜひお願いしたいです。So the test will be conducted via our North American いや本気で East Coast 泣き data そうになっ center. た。 That 嬉しく said, て。 we encourage players from all over the world in Europe, Japan, to join the test. そうですね。もちろん日本の方もぜひよろしくお願いします。That's right. お願い。 Players from Japan as well, you're welcome to ム join. チパツ。新規キャラクターのみ、作成可能で、テスト終了時に申し訳ありません。データは一旦ワイプさせていただきます。All right, so we're going to be asking players to create new 5000万 characters ギ for ル。 the test, but unfortunately, we're going to have to wipe those characters after the test is over. その他いくつかちょっと制約はあるんですが、キャラクターを作った際にですね、メインクエストや各ジョブのレベルをアップさせる冒険録、このキャラクターにプレゼントさせていただきます。And as you can see, there are several other restrictions, but to help players jump right into the test right away, we will be offering Tales of Adventure for all the main scenario and all the 5000万 main ギルいるや jobs. ん。ギルも5000万ギルお渡しします。やばくない？ 50 million gil. やばくないだっぜひて。皆さんでですね、皆さんは自由にいろんなコンテンツをマッチングしてプレイしていただければいいだけです。Again, we won't be asking players to play a certain way. We just need to have エ you メちゃ come ん in の and エメちゃんの enjoy as マ much ウント content 買 as うわ。 possible. はい、ぜひ皆さんで様々なコンテンツプレイしていただけると大マウントじゃないわ変助かります。ミニオン。 Again, マウ we ントや hope ば that you all join us エ in メ this ちゃんの test. マウント欲しいけどエどうかメちゃんのマウントも皆さんのお力欲しいけどぜひ14のためにお貸しください。肩に乗せてくれ Again, そうじゃないエ this メ is ちゃん for 14, this is for our future, and we 力あり hope そう to see you join the test. ミニオン欲しいな。あーそういうことか。自キャラには持ち越せないか、そういうことね。あーそうか。なるほどね。あでも渡せないの。基調講演もいよいよ終わろうとしておりますので、今回このドントレールテレポできないからか。黄金のレガシ必要だからか。ーもちろん、ファイナルファンタジーシリーズでもやりたいねイメージアート数々ねちょっとお書きいただいている天野先生にも今回ドントレーラーイメージイラスト描いていただいてます。All right, so before we wrap things up this morning, there's one last slide I'd like to show you. All new Dawn Trail artwork by the one, the only Yoshitaka 綺麗だよね Amano. これ。サムネになるよ。うわーいいね。いいね。飛んでます。双剣。素敵。素敵です本当に。本当に素敵。ファイナルファンタジー3をねちょっと彷彿とさせるような下ちょっと気になったけど。 Something about this artwork reminds me a lot of the すごい original 素敵 Final だね。 Fantasy 3あ、3 artwork. だって3。
ツリーっぽい天野先生も、非常にノリノリでいつもファイナルファンタジー14イメージイラスト描いていただいておりますので、今回もものすごいスピードで仕上げていただきました。めっちゃ綺麗だね。 Amano-san really enjoys making artwork for Final ね、 Fantasy スリー 14 っぽ and く we created this in a short amount of time. ワイプさて欧州ファンフェスティバル、スタートを飾る基調講演として、僕の、トークセッションでしたが、今日お話しできるのはここまでとなります。All right, that's all い for やマジ today's お腹いっ keynote. ぱ I い。 can't say any more. 最高すぎた。この先の最後のいろいろ隠された情報をすべてぶちまけていくのは、日本のファンフェスで行わせていただきたいと思います。お願い。 But I will be able to talk more when we see you again 本 next 当に行き at た our い。 keynote at Tokyo Fan Festival. 本当に行きたい。ありがとうございました。 Thank you. ね、トロネコではさん当たったもんねこ。のままいや行きたいオー本当に。プニングセレモニーの方に移っていきたいと思います。みんな Alright, so 外れ now たっ it's て言ってる。 time to move into our opening ね、 ceremony. リセール頑張ろうね。11月にそのオまた情報ープニン来るでしょ。グに際してですね、 You need both swords for the Yeah. opening ceremony. いやもうクリッカーいらないからさ。 Ah, okay. Weapon change. 今回ロンドンのファンフェス、ね、ここから開幕していきますが、とてもスペシャルなゲストにお越しいただいております。大丈夫 Alright, but 大 before 丈 we 夫 move な to ん the か opening 手が震え ceremony, て I たけど first 今。 need to summon a ゲスト very important guest with 誰だと思う here with us for FanFest. アイテムレベル下がったってコメントあるけど。 The father of Final Fantasy, ヒロノブ坂口。わあ坂口さんだって。坂口さん来ました。みんなヒゲーって言ってる。ヒゲーって呼んでんのみんな。坂口様が来ました。すごいね、生みの親なんだ坂口さん。14プレイ始めてくださって2年以上ですよね。もうガチで。 so it's been about 2 years 私と同 since じ you ぐらい。 started Final Fantasy 14. Oh yeah. 神様。 hardcore. ここみんな非課線なんですよね。 So everybody here is a warrior of light? ウォーリアーブライト。すみません、仲間です。 Yeah, I am one of 仲間です。 you. まだ2年のちょっと新人ですけど仲間です。 Although I've only been playing for 2 years, so I'm rather new to the scene. もう毎日ほぼインして14が僕の生活の 30% ぐらいを本当に14万歳。 So I've been logging in every day, and I think it takes up about a third of my life, basically. So I just love 14. いやまあぜひ今日から2日間皆さんとのミート&グリートもありますし、今日明日ステージにも、特別コーナーはいご用意してますので、はいぜひですね最後までプレイヤーのもう本当光の戦士として来たっておっしゃってましたんで、Sakaguchi-san will be here with us 生み for の the 親 next なん 2だね。 days for stages, for signing sessions. 礼式 So ま if で you すご see くな him, い？ please sir to make 同 you じ say 生活。 hello because he's 私 one と of 一緒だ us. よ。ほぼ毎日やってますからね。一つ神様来た。お礼を言いたくて。 Oh, there's one thing I wanted to mention. I wanted to show Yoshida-san. my gratitude to you, Yoshida-san. カッパありがとうございます。 Thank you あ、 for カッ that パね。カッパね。あ、その話してたよね。カッパの話。カッパそういえば最高で。ございます。 I カッ love パ that 来る。カッ outfit. Thank you パ。 so much for 坂 that. 口さんだったんだ。コスプレ作りましょうか。 So do we need to make some cosplay for you for that? 坂口さんが来る。やりましょうか。 Please. そうじだ。ゃあ改めまして坂口さんだったんだね光の戦士のあれ皆さん、放送見てる皆さんにも一言何かご挨拶お願いします。私の中で Do you have a 坂口さん message for us 神 here 様 as とい well as う everyone watching on the stream? 風に登録されました今。もう本当に知世らないこと界中のだらけだから方が見てらっしゃる。見てらっしゃいます。はい。 Everybody around the world is watching, huh? Yeah. カッパありがとう。 Thank you for the kappa imp outfit. 可愛い可愛すぎ本当に可愛すぎ。これだけ大勢の人でもちろん見てる方、まあそういうみんなとその14の中で出会えて一緒に冒険できるってかわいいう本当にこの素晴らしい場所だと思うので14は本当になんだろう心からそうだと思う。感謝したいと思います。本当にこれからもみんなで冒険しましょう。本当にしましょうありがとうございます。
And so there's あり so がとう many ござい people ます。 watching 神 here 様。 as well as on the live stream, and it's just amazing to think how we can meet with each other in Final Fantasy XIV and go on our adventure together. It's such a wonderful place, this Final Fantasy XIV. So I really want to show my gratitude from the bottom of my heart. I would love to continue on this journey with you all. ね。奥稼いですごいね。さあではドリランドさんこんばんは。これから2日間皆さん盛り上がってやばいよいきますので、めっちゃテンション上がってるここからは開発チーム運営チームのみんなも登場してオープニングセレモニーに移っていきたいと思います。オープニングで All right, so let's have a great 2 days. And to help us, let us welcome to the stage 吉田 our 泣くなよ。 development and operations team. 坂口さんには逆らえない吉田、よしぴーさん。いやー、最高。この音楽がまたいいよね。やばー。わあ、みんな来たんだけど。みんな来たんだけど。やばい。Welcome to Fan Festival 2023 in 最高だ。 London. やだー。My name is Tasha. Some of you might recognize me as Kiwi Kopo from EU Community Team, and I will be your host for this event. あー、行きたい。日本行きたいよ。This is actually my first time on ボル stage ボル at さん可愛いよ Fan ね。 Festival, so I'm super excited and honored to be here, and I look forward to spending ケンさん the も可愛い next し、 2  みんな days 可愛い with ね。 you all. みんな可愛くない？さ、ケンさんなんか写真撮ってたよね、 That's 今。 enough from me, because please give a very warm FanFest welcome to our lovely folks coming in all the way from Japan, our dev team. ケンさん可愛いよな。皆さん、とても聞きやすい英語。テクニカルアーティストの岡下と申します。 Hello, everyone. It's nice to meet you. I am 緊 Tatsuya 張してる。 Okahisa, a technical artist. 本日はこの後の開発パネルに参加する予定です。 So today's plan for me is to speak at the developers panel later today. テクニカルアーティストって何だろうって思われた方はぜひこの後の開発パネルをご覧ください。はい。 If you're wondering what a technical artist is, I hope you watch め the ちゃくちゃいい developers 人 panel そう later. めちゃくちゃいいグラフ人だよ、多ィックスアップデー分。トの内容も盛りだくさんでお届けしたいと思います。 We'll be 宣 talking 伝部 about 長で some 行 of き the たいわ。 elements that are 頑張る going わ。 into the graphical 宣 updates 伝 as 部 well. 長。 2日間楽しんでいきましょう。よろしくお願いいたします。 Let's have fun this もっ next ともっ 2 days. と Thank you 有 so 名にな much. らなきゃな、そしたら。一番ありがとう。頑張んなきゃ。はい、皆さんこんにちは。バックグラウンドアーティストの志田正人と申します。志田正人さん。 Hello everyone, my name is Masato Shida. I am a background いやー artist. この方たちによって14ができているから。皆さん楽しんでますか？ Is everybody having わあ、 fun いい so 人 far? そう。可愛い。わ私は、時差ボケで正直眠いです。 Me, I'm suffering from jet 眠 lag, そう so I'm quite sleepy right now. 誰ボホーって言ったの。今回はですね、岡下さんと一緒に開発パネルをやります。 So I'm here with Mr. Okahisa to do the development panel. ステージ上で眠らないように気をつけますので。 I will be very 気をつけて。 careful not to fall asleep それ while は I'm 気を on つけて。 stage. それは気をつけて。またすぐお会いしましょう。よろしくお願いします。 I will see you い very い人 soon. そうだ Thank you again. 笑顔が可愛い、素敵。素敵です、本当 Hey に。 everybody, I spent so much time prepping for the keynote, I kind of forgot to make a speech for the opening ceremony. But I'm really excited to be back in London. I love being a part of all of this, ユシピーさんの声だっ meeting たんだ all 今 of you. の。あ、樋口さんこんばん We have は。 some great interpreters that are going to be handling the stuff こ on の人 stage. す That ごいいい means I ね。 get to spend a lot of time down on the floor. If you see me, want to take a selfie, want to hug me, ネロちゃん。 let's do it. I'm here for you. Have a great time. 笑顔可愛かった。すごい人だらけだよ、本当に。コウジさんいいね。コウジさんって日本人なの？なんか英語うまいってみんなで。あ、可愛い。可愛すぎだろ。My name is 正義祖健、
世間さん来たよ、みんなの大好きな世間さん来たよ。ファイナルファンタジー14サウンドディレクター Please welcome Fan Festival 2023 in London それさっき俺言ったやつ。 That's what I already said. I already said that. 言ったやつか、ヨシピーさんが。いいな。ですね、ここから日本語でいきます。First starting in Japanese from here. 新しい確かに顔色良くなった。なん音か楽はいかがでしたか？いいね。 I wanted to ask, 赤っぽいし。 what did you think of the new music in the music in the new trailer? トレーラーすごかったですよ。本日のファンフェスティバル元気になってきてよかったよねいらっしゃった皆さん、本日はなんとピアノコンサートがございます。 So, for those attending today's fan festival sessions, we will be having a piano concert later today. 聞けないんだよね、ピアノコンサート。そして明日はプライマルズのロックコンサートがあります。 And then tomorrow, we will have the Primals perform in a rock concert. これはここにいる人たちだけが聴けるやつだよね。配信ではしないよね。それか配信でしちゃダメだけど。 Hello everyone. あ、そうだよね、ないよね。My name is Toshio Morochi. You are global community processor here, also known as a Fox Clan. うまい。 Nice to meet you. コミュニティチームモルボルこと室内です。お久しぶりです。So actually, the London is personally a very special place for me personally because back in 2004, I was actually living in London to bring up the European service of Final Fantasy 11, and after around 20 years, I finally reviewed the new alliance with Series A Cross of Valdio. So now I'm very feeling old officially. めちゃ個人的にはですね、ロンドンすごい思い出深い年でして、そうなんだ、住んでたんじゃない？ ロンドンに住んでまして、ヨーロッパのファイナルファンタジー11のサービスを立ち上げるために住んでたんですけど、まさか20年経ったらここでね、14で新しい11のアライアンスレードが発表されるとは、まあそれは年も取ったなと思うところでございます。So yeah. So anyway, I will be wandering around all around the venue for next 2 days. So let's have fun together. Thank you very much. いやー、モルボルさんいいね。匂いは安定感あるよね。モルボルさんって安定感あるよね。もう素敵。本当に好き。 Hello everyone, my name is Heather and I will be interpreting for some of the stages at the London Fan Fest. It is my first time on stage at a fan fest and I'm super excited. I hope you enjoy the show. Thank you. マネアシスタントマネージャー。 Say a quick hello to everyone on the stream as well. 配信をご覧になっている皆さん、こんにちは。ヘダルと言います。今回のロンドンファンフェスで一部のステージの通訳をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。すごい。うまい日本語。待って、日本語ってめっちゃむずいからさ、こんな。 Hello everyone, I'm me here from the Los Angeles office of Square Enix. I'll also be helping translate some of the stage panels. I hope you all have fun the next 2 days. Thank you so much. ホタルちゃんみたいで可愛い。 私すごくないのよ。さあ、それでは2日間盛り上がってまいりましょう。 All right, let's have a great 2 days. Let's enjoy Fan Festival! イエーイ！ねえ、可愛いね。あ、そうなんだ。ちょっとだけコスプレしてんだ。可愛いね。 Welcome. 最高だね。 So, who here is excited for Dawn Trail? いや、いいね。 Oh, hello. Oh, give me a sec. Okay, now it's working. Hello, Warriors of Light. モモリーさん。 Online and in our audience. Sorry for the short delay, Tasha. I'm Yulia from the EU community team. You might know me as Vistania from the German community streams. And I'll be co-hosting with Tasha today. Yes. Hello, Yulia. Now that I think about it,
It's actually already been almost 5 years since the last physical fan fest in Europe, right? That's right. Paris Fan Fest was in 2019. So it really has been a long time, and we're so excited to be back here with you. Yes, so now before we forget, let's just quickly go over what's going to be on stage today. Sounds great. First off, we're going to have a dev panel with 3 members of our dev team talking about all things environmental in Final Fantasy XIV. Then after that, we'll have our game show, Who Wants to Be a Gillionaire, with 8 super amazing content creators. That's right. The 2 of us are actually hosting that one, so I'm really excited for it. But after that, it gets even better with Welcome to Nagi's Room with Yoshiki himself, of course, and our special guest, the founding father of Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi. It's going to be a great one. Make sure you don't miss it. And after that, we're going to end the evening on a relaxing note with a beautiful piano performance by Keiko. That's right. I hope you look forward to it, and make sure you check your event guide for a full list of descriptions of the events today. That's right. Oh, and one last thing. We would like to give a huge shout out to our wonderful sponsors for this event. First of all, thank you to PlayStation for providing the gaming area with PlayStation 5 consoles. We'd also like to thank Alienware for not only powering our battle challenge, but also our stage events with their PCs and peripherals. And last, but certainly not least, we would also like to thank Secret Labs for providing us with their Secret Labs Titan Evo gaming chairs, which you will see both on stage and in the gaming areas. Thank you so much for your support. We truly appreciate it. Yep, our teams all worked really hard on setting up all of the stage events and like all the special games on the back. So hard that we actually got locked in accidentally in the venue last night. She's not joking. I saw a message in our group chat at 1 a.m. It was wild. It was fine. I got home eventually. So anyway, don't wander off too far though, by the way. Even though, okay, I forgot to say this, but now the events are officially open. ね、おしまいだね、基調講演は。That's right. You'll find our beautiful city そうだね、リヴァイアちゃんさん。こんばんは。字幕欲しい、わかる。いいですか、じゃあ、通訳。And please mind your belongings. You do not want to lose that goodie bag. If you've already had a look inside, you'll find a couple of gold coins. You can use these to get crafting materials in the crafting corner. It's great. クラフトコーナーすごいいいよって言ってますね。We're going to go into a short break, but クラフトコーナーがすごいいい。Yes, we'll have our dev panel. Like I said, it's going to be with 3 dev members on all things environmental. You don't want to miss this. It will be a 2-hour show, so make sure you stay hydrated and grab some snacks and be back for the show. That's right. However, if you're not fully caught up with the main scenario quest, there might be a spoiler or two. So if you're really aware of that, if you want to be careful, maybe make sure you put on some headphones or something to avoid that. But otherwise, enjoy the show. Yep, we'll see you in about 40 minutes. And until then, have a fantastic fan festival! フェスティバル。あ、でも見て、みんな手振ってるよ、ちゃんと。みんな立ってしもてるやん。みんな立ってしもてるやん。Welcome to 14 Final Fantasy Festival 2023 London. Uh-huh. あ、ひろみさんこんばんは。そうだね、無人島やりたいな、私も。無人島やりながら見ようかな。Uh-huh. Share your favorite fan festival memories. Sharp FF14 fan fest. Uh-huh. 英語喋れるぞアピール。いきなりの。Uh-huh. あ、18になった。おめでとう。ね、10年めっちゃすごいよ。本当にすごい。
すごいよね。んで次はどうなんのこれ。休憩ちょっと。休憩になっちゃうの？ありがとう、ひろみさん。あっちゅー。そう、世界配信いっぱい。ね、そうだね、いちごさん頑張ろうね。私ももうラスボスまで来てるからさ。クリアして。でも2周目もできるようにそのままにしとくつもり。敵強くなるけど武器も強いの手に入るらしい。次の配信前休憩、オッケーオッケー。8時半からなのかな。また始まったら。あ、すいません。あれ？こっちの音なくなった？本当になくなったんだね。待ってね。画面見なきゃ私わかんない。ここでしか見えない。ちょっと一瞬画面切り替えるか。すげえ。あ、やべえ。このままになってる。これ聞く？ありがとう。でもこの画面にしとく。ちょっと音ちっちゃくするよ。どこだろう。ちょっとちっちゃくしとくね、今だけ。トレーラー見てる？見たい。私も見ていいのかな、配信で。みんなでじゃあお話ししながら待つか。見てもいいのかな。それ見たいな。配信で見ちゃダメなのかな。配信で見てもいいならやりたいけど。来てくれてる。かわいい。それめっちゃ可愛いね、この服。へー、クラフターのやつなんだ。可愛い。これマリオなんだ。可愛い。マリオだ。確かにマリオだ。めっちゃ可愛い。マリオだ。マンドラにサブキャラ作った。ぜひぜひうちの FC に入ってほしいな。見たいな。開発パネルそれまでこれやっとくね。ちょっと小窓にして。かぶってても怒らない？
これにかぶってでも怒んない？大丈夫？みんな素敵なのにごめんね。顔になっちゃう、ごめん。ちょっと無人島行ってくるね。マリオめっちゃ可愛いな。ありがとう。助かります。とても助かります。あ、全ジャブいけるやつか。めっちゃ可愛いマリオ。マリオいいね。ララちゃんでマリオ可愛くない？絶対。あれしよっかな、島で。まずここは終わらせて、島、あれしよっかな。レベル上げしよっかな。ギャザクラの。クラフターの。ちょっと混ざってて気持ち悪くない？みんな音。あ、やべえ！やべえ！虎猫さんのやつやんなきゃ。あれ？なんか画面変わった？なにこれ？なんで画面変わったの？あ、そういうことか。それはちょっと待って。違う。そうじゃない。違う。存在しないって出た、しかも。消えちゃったのかな、セフィ様の。セフィ様の消えたっぽいね。検索するわ。でじゃーん。セフィ様どこだ？セフィ様のアイコン何色になったんだろう。あ、いた！セフィ様。本当にいつもありがとうございます。これか。間違えた。いろいろ混ざってる。マジで当たりすぎない？それレイラムさん。あ、トレネコさん来てくれたよ。これがサイクル5。9時からって今どこなんだろう。逆算できないよ私は。こういうのもうアイルでででん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 。ごめん、混ざっててすごい嫌だったらごめん。誰かきっと嫌な人もいると思うんだこれ。ごめん。
音なくなっちゃった。本編の。ちゃんちゃか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 ちゃんちゃかちゃかちゃか。あ、これはもういけないな。もうこれ一生歌えないんだけど、これ何回聴いてもうん。え、快諾まだかも。あ、もうできたかな。ちょっと待ってよ。というかコメント欄出すわ。そうね、みんなのやつ見たいわ。うん。堂々マウント出たの？すげえ。今の PC 受注。あ、そうなの？危険なの？危険なの？ダメ？ダメとか言って言い方よ、私の。はい。じゃらたららたたたたらなんかさ、YouTube 音出ない？もともとなんか出なくなっちゃったんだけど。あ、出た。今全体的にそうなってたのか。みんな話しかけてね。今休憩タイムだから。あ、いけそう？私もいけると思うんだよな。3060Ti っていけるよね、きっと。あ、そうだね。20万あれば買えるね。私のやつは25万とかだった気がする。間違えた。まあそれでも高いけどね。20万超えってもうえぐいよね、普通に考えて。でもさ、PS5 も5万するしね。あ、それは聞きたい。それ聞きたいですね。最初のとこみんな聞きたいでしょ、これは。ごめんごめん。じゃんじゃんじゃんじゃかじゃんじゃん。すごいね。じゃかじゃかしてる。よし。で、足りないのやつだけやって、あ、これは違うわ。あ、虎猫さんなんかくれんの？あ、マリオくれんの？やばー。いいの？マジ？してみていい？
これこれもか。これも違う。あ、これもか。マリオ可愛くない？ありがとう、ありがとう。長地ねほさんも来てくれてる。作ってる。かわいい。マリオ可愛くない？めっちゃ可愛くない？マリオ。ゆり手今地図じゃないわ、無人島いるよ。いけるでしょ国脇さん。3070だったら全然。選択のやつはありません。でもまあ今はそうなんだけど、私も407、いいやつだ、高いやつだ。いいね。4070メモリ32ギガ、めっちゃ高いでしょそれ。5000万。国脇さん高いじゃそれ。高いじゃそれ全部さすがに。なるほどね。1060でやってんの今、ふんわりさん。メモリ増やしたらまあなんとなくいけそうだけどね。 XBOX どんな感じになるかね、気になるよね。ちょっと XBOX 勢増えるんじゃないかな。結構そっちの方がいいっていう人もいるもんね。はあ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 、なるほどね。2060 3060程度の4万円台で買える。GTX って何なんだろう。いいね。24回は1万でしょ月。それいいね。ひろみさん来てくれた。グリーンウィッチさんも来てくれてるわ。ありがとねみんな。ひろみさんくれるの？ありがとう。いつもマジで助かります。いつもありがとうございます。サボテンの買えるかもしんないね、そろそろ。ありがとう。ありがとね。ちょっとさ、あれしてくるね。足りないものを。またこれ？これか。これすぐなくなるんだ。キラキラして。やばい、間違えた。長地ネオさんごめん。間違えた。キャンセルしちゃった。ごめん。ごめんよ。なんて言って。またくれるの？またくれるの？これってさ、戦闘の前にやったらいいの？戦闘前に。ご飯いってらっしゃい。オッケー、ココさん。ココさんご飯いってらっしゃい。半からまた始まるって。でもゆっくり食べてきてね。ありがとう。ありがとね、いつも。聞かなくてももうわかる。音だ、そっか。ありがとね。それが欲しいな、私。それが欲しくてさ。みんな持ってる。しかもララちゃん乗ってもそのサイズなんだね。それ欲しくてさ。かわいい。ぴょんぴょんしてる。それ狙ってます、私。今。あとね、もうちょっとなんだよ。めっちゃ場所やってくれてる。優しい。ほら。ありがとう。それ欲しいんだよね。あとでツイッター載せようかな。私の目標として200万なんだよね、それが。で、今ね、ゴールド操作。これか。まだだった。でも見て、でも153万だから。今日、ひろみさんがこれやってくれたから、それでまたさ、160万ぐらいになるでしょ？もうちょっとだよね。ちょっとさ、素材取りに行ってくるね、頑張って。みんなゆっくりしてってください。全然、好きに抜けたりもしてもよろしいので、ゆっくりしてってくださいね。今日当たるかもだよね。9時だっけ？行こっかな、後で。
うわ、いいね。さっきのか。あ、そうだ、開拓もう終わったと思うんだよな。ね、あと1時間だね。6万ゲットするひろみさんが送ってくれたよ。ちょっとこれでつよつよの6万をいただこうと思います。そうじゃない、そうだ。かわいいよねこの最新。ちょっとスキップするねだけど、あ、一回見る？みんな見た？もうすごくない？これかわいいよね。うん、食べた。やっぱ僕これか。あ、モナさんだ、こんばんは。モナさんこんばんは。来てくれてありがとう。カンフーさんもこんばんは。スーパーかわいい。Thank you Thank you スーパーかわいい。嬉しいな。Thank you かわいい。嬉しすぎるよね。普通に嬉しい。ありがとうトラネコさん。いつもセフィ様の送ってくれてマジで助かってる。本当に心から助かってます。モニターのリフレッシュ。ああ、そうだね。確かに確かに。違う、ここはできたのか。ここもできたのか。あとはここもできて、ここ見て、あ、ここか。ここ見たか。ポイントもらわなきゃ。スカイウォーカーさんもこんばんは。来てくれてありがとう。もう一つの方レベル上げした？してないのかな。ちょっとやってみていい？当たるといいね。今日は配信で見ちゃおうかな。このパソコンでいけるけど最高画質どれくらい要求される？どうなんだろうね。パソコンによってやっぱ違うのかな。そんなことないわ。ごめんごめん。ゲームによってだもんね。最高どのくらいなんだろうね、画質。14は。撮ってる？そうだよね。もうめっちゃ足りないよね。6年前くらいで買ったやつです。そっかそっか。そうね、配信セーラーちょっと欲しいかも。うんうんうん。グラフィックボードのことか。十分だって。どこ？スクショ映え。どこどこがスクショ映えなの？ここ？無人島っぽいね、ここ。ほんとだ、無人島感あるね、ここ。うちのサブララちゃんでスクショしたいんだけど、本当は。汗を拭くみたいなのなかったっけ？みたいな。あったよね。なんかなかったっけ？何これ？水中だ。驚く。かわいい。これでこれにしたらどう？結構光るね。これあれするときにやろっかな。この配信いらないね。かわ
わいい。これサムネにするか、無人島するときの。枠つけるか。フレームつけよう。無人島。プラチラス花だから。ライトつけたらなんかすごい光が強すぎるから。これサムネ用です。こっち側に私が来るの。上にタイトル入れるから上ちょっと開けて、こっち側に自分入れるのも作っとこうかな。レパートリー。そうなったらこれで動いてなかった。何にしよっかな。おすすめある？あ、ゲーミングチェア映ってた？やばい、画面見てなさすぎる。何にしよっかな。祈ったらいなくなるのよ。あ、これにしよう、これにしよう。ウィンクにしようか。これがいいね。微妙。なし。できるのかい？何これ？これ面白すぎない？笑顔。歯を出すみたいな笑顔はないの？あ、いいじゃん。いやー、ちょっと違うよね。それなしにしたいんですけど、顔。なしにできないのこれ。ログインできた？うん。ね、マリオ出たよね。顔ずっとこれになっちゃうの？あ、口開いた。これであ、これでいいしょっか。サムネを今作ってます。これにしよう。みんなおいでっていう感じの。あれ入れるの忘れてたな。まあ、いっか。さっきのはもう文字で入れちゃって。タイトル入れなきゃじゃない？さすがに。ゆっくりゆったりが結構最近多いからさ、やっぱり。ゆったり配信が多いかな。サムネ作ってます。ゆりえマリオもらったの、トラネコさんに。あ、めっちゃいた、後ろに。めっちゃいたわ。ここめっちゃいいね。タブララでも来させたいけどね、本当は。かわいい。マリオめっちゃかわいい。ちょっと気に入っちゃった？気に入っちゃった。あ、ひろみさんのその帽子じゃなくて、その頭装備めっちゃ欲しいやつだ、私が。かわいいよね、それ。天国だっけ？天国だったっけ？かわいいよね、それ。すごいかわいい、それ。でも、あれが、素材が足りなかったね、確か。うん。エラー出て、落とされちゃう？なんでだ？
モニターね、モニター2つ欲しいよね。あ、そう思ってる。ちょっと素材取りに行ってくるね。素材を取りに行ってきます、私は。忘れそう、素材取りに行かなきゃ。素材を取りに行くぞ。もうちょっと始まる？マリオいいね。Alienware gear isn't made to resist that pull. It's made to accelerate it, to transport you to new places where you can embrace difference. あ、現実でもレンドの島に押しかけて SS 取ればララでいけると思う。あ、そっかそっか、確かに誰かのとこ行こうかな、今度。誰か行かせて。あー、昼間の晴れだね。オッケーオッケー、そうしよう。次それで撮ろう。色塗りエモート、これ欲しい。色塗りエモート。はなちゃんね、ライブなんだよね、今日。こっち関西来てるけど会えてないの。端っこから降りたと。かっこいい。この子の名前いつも忘れちゃう。さっき言ってたのに。イケメンちゃん。楽しみだな。ファンからでしょ。外に出されるだろうな、このまま置いちゃって。あ、チャルルさんも来てくれた。楽しみだね、続きが。今日は祭りだね。お祭りだから。明日どうしよう、みんな。明日の夜マジで迷ってる。配信みんなミラーした方が喜ぶのかな。お昼は三柱ココさんと行くよ。バレテーラチャルルさんって名前出てた。チャルルさんが今日ココさんのね配信お手伝いしてたのよ。メイン配信じゃなくサブね、サブの方でチャルルさん勝手に呼んであ、チャルルさんインしてるじゃん。でトラネコさん、チャルルさんさ離席中だから最初トラネコさん呼んだの。タイタンだった。普通にタイタンじゃんって、タイタンなので呼べませんってなっちゃう。で離席してるけど呼んでみたの、チャルルさんを。そしたらね来てくれたそう、リムサでさくらさんはね、ウルダ派に私が飛んでったらね、たまたまさくらさんがいて、会いに行きませんかって誘って、ココさんと今から行きますよって言って。大妻さんこんばんは。新作楽しみだね。楽しみだね。そうそうそうで最後にふんわりさん来てくれたけど、私はちゃんと会えず終わっちゃった。ふんわりさんのララマジで可愛いよね。すごいなんかなんて言うんだろう、目がさすごいさネイビーみたいな色じゃん。あれがすごい好き。姫ちゃんカットのブリガンララちゃん、みんなマジですごいよな、作るのうまくて。あ、来た海水浴楽しんでる人がいるじわるじわる、その速度じわるな。すごいじわる速度だったわ。始まるね。あと2分でみんなお手洗い行っときなね。私は行きたいけどもこっちもやりたいから我慢することにした。
そういうことか。つゆちゃんだから意識したのか。なるへそね。何個なんだい。あと6個だって。これやってから間に合うか。あと6個だって。出るらしいですよ。趣味ですね。あれ、自分刺してたわ。あと6個なんです。頑張るぞ。あ、いる。泳いでる。ひろみさんも泳いでるよ。足りないよね。わかる。マジで足りなくて。いっつも足りないのよね。本当にいっつも足りなくて。あ、トラネコさんやばい。食べられちゃう私。食べられそうなんだから、トラネコさんに。気をつけなきゃ。マジで気をつけなきゃな。やばい、食べられちゃうよ。食べられる。わかるー。朝やばいよね。朝の減り方えぐくない？始まっちゃうぞ。ちょっと待って。これやったらほっとくんで。みんな締め出し食らうかもね。ほっといて。私ね、モニター2枚しかないからさ、 OBS とさ、あとあれなんだよ、 YouTube 大画面で見たいからさ、もう1枚必要だね。これやるにはもう1枚買っちゃおっかな。やっぱありだよね、買うの。もう1枚買おっかな。いいやつ。今いいやつと普通のやつがあって、あ、できたできたできた。一旦ここで置いとくわ。一旦戻すか。ちょっと溺れてるし。始まるぞみんな。あ、間違えた。ねえ、必要だよね。もう一個手洗い間に合わないよね絶対。行くか。ちょっと一瞬で行ってくる。マジで一瞬で行ってきます。間に合ったわ。よし。今ね、アイス取ってきちゃった。あ、ホリーさんこんばんは。あ、ご飯食べてる？そうだよね、8時だもんね。美味しい。
れいちごアイスだよ。つぶつぶ見える？いちごアイスです。肌全然綺麗じゃないよ、私。全然全然とか言って。ありがとう。いちごでした。うん。いや、そうなの？諦める？抹茶ぜんざいアイスいいな。あれと迷った、カフェ。ハーゲンダッツのやつ。カフェ、コーヒーなんちゃらだっけ。吉田ー！準備があるからね。うん。めっちゃ好きなんです。それ私です。私か、同姓同名か。ありがとう。同姓同名か。あ。来た。もう。映像も綺麗だよね。つやつや？ありがとう。あ、あれか。確かにつやつやだったね。ひろしがつやつやだった。フェスティバル。It's almost time for the dev panel, but before we begin, I have a question. Who in the crowd is a G-pose enthusiast? I want to see some hands. I want to see some hands. There's more in the back. Very good, very good. I can hear them very loud in the back as well. Very nice. So, in that case, you will be very, very aware of all the love and hard work our devs put into creating the world of Final Fantasy XIV. Now, the dev panel, as I said earlier, will have 3 dev team members talking about all things environmental in Final Fantasy XIV. Please welcome producer and director Naoki Yoshida, background artist Masato Shida, and lead technical artist Tatsuya Okahisa. 入場。正座してみよう。私はあぐらかいてみる。ゲーミングチェアね。最高。おかよいしょ。大丈夫か？壊れそうだ。壊れそうだ。大丈夫ですか？ちょっと待って、ちょっと待って。Alright。よいしょ。はい、では大変お待たせしました。これよりファンフェスいいな、ヨシピーさん好きだわ。ね。意外てない。せっかくだしね。あ、なんか。あ、またね。ヨシピーさん肌ツヤツヤやん。肌ツヤツヤやん、ヨシピーさん。綺麗だね、肌。一言ずつご挨拶、自己紹介がてらお願いします。あ、モモディさん。ファイナルファンタジー14でテクニカルアーティストやっております、岡久達也と申します。よろしくお願いいたします。Yes. Okay, so could I ask for you to introduce yourself, please? Yes, my name is Tatsuya Okahisa. I'm a technical artist. あ、すごい。大丈夫？では、志田さんもお願いします。はい、バックグラウンドアーティストの今一瞬ハリーポッターのお化けに顔吸い取られてなかった？大丈夫？不ジュニアの元気。すごい若い。
見えない。本当にヨシピーさんはもうずっと老けないよ。ちょっとナーバスになってるのでぜひ皆さん温かい感じで、リラックスして聞いていただけると嬉しいです。ナーバスになってるの？ So the two members here are a little bit nervous, so I'd appreciate if you can please be patient and 落ち着かせてる。優しい。今日この開発パネルでは、ファイナルファンタジー14がどういったグラフィックスアップデートを行っていったり、どういったテクノロジーでグラフィックスが出来上がっていくのか、7.0 の少し情報なんかも出つつお届けしていければと思ってます。So in this panel, we'd like to give you a little bit of a glimpse into what type of work goes into the graphics in Final Fantasy 14, and also introducing some of the specific roles as well. あ、ちっちゃくしてるね。大きくするか。リードテクニカルアーティストのちっちゃい音の方がメインで、主にキャラクターがどう作られていってるのか、テクニカじゃないや、グラフィックスアップデートでどんな効果が見られるのか、よりちょっと詳細に、明かしていければと思ってます。ランちゃん頑張ってって言ってる。 Okahisa-kun will be in charge here of introducing a little bit about what a technical artist does and also covering specific examples of his work as well. そして後半は志田さんに代わって今度はバックグラウンド、いろんな映像も出てきますのでぜひご注目ください。And Shida-san will be talking more about what goes into creating background work as well. So I hope you'll be interested and watch that as well. 私はちょっとちっちゃくしよう。私の耳めっちゃ爆音なんだよね。これは下がってないでしょ、みんなは。So without further ado, let's get started. みんな下がってないでしょ、これ。テクニカルアーティストの岡下です。初めての舞台がこ私の耳だけ下げた。とても緊張していて胃がなくなってしまいそうなんですけども、まだなくなったら助けてください。パッドキャットと。 So once again, my name is Tatsuya Okahisa. I'm a technical artist. This is my first stage ever, and it's such a large venue. My stomach is hurting quite a lot from the nervousness, but I would like to have fun. Thank you. カーバンクルかわいいね。身長測ってるの、カーバンクルの。では私の自己紹介からさせていただきます。ゲーム開発歴は今年で10年になります。参加タイトルはファイナルファンタジー14です。Okay, so just a little bit about myself. My career in game development is now about 10 years now, and my title that I've been working on has always been Final Fantasy 14. 申請する直前の2013年、新卒として14チームに加入し、14一筋でここまで開発を続けてまいりました。So I joined the team right before we relaunched as A Realm Reborn. I was straight out of college and joined the Final Fantasy 14 team, and I've been on the team since then. そのため14ないしはユーザーの皆様に育てていただいたと感じております。本日このような場でお話しさせていただける機会を持てて大変嬉しく思っております。 And so Final Fantasy 14, as well as the players out there, were the ones that grew me in my career. And so I'm very happy to have this honor to speak with you on stage. 書いてる通り、岡久君は新卒で2013年入社して、なんとそこからもうひたすら10年間14を支え続けてくれてます。Well, as explained, Okahisa-kun joined the team 10 years ago, just as the timing when the game was relaunching as A Realm Reborn. So his whole career has been devoted to Final Fantasy 14. この子が社長になる。岡下君のちょっと人となりのエピソードを1個だけ紹介したいんですけど。1位になるのかな、い I つか。 want to introduce a funny little anecdote about you, Okahisa-kun. 岡下君ちょっと困った子でして困った子。とにかく仕事が大好きというか、ゲーム作るのが大好きすぎてなかなか家に帰ってくれないんですよね。You're a bit of a troublesome little member of the staff, Okahisa-kun. 素晴らしいね。 You love your job so much 心配だけど。 that you enjoy creating games so much that you just don't go home. 会社側が言うぐらいなんだから。土曜日曜もちょっと隠れて会社に来て、会社の環境上司に似たいろいろやりたい。さんじゃん当時のね、プロジェクトマネージャーたちが、岡久君が帰ってくれない、どうしましょうみたいな。I
remember back in the day, you would even go to the office on Saturday and Sunday, and you would be hiding out in the office doing your work. And I remember the project managers were so worried. They came to me and they were like, いいことだよね。 what should we do about him? 仕事が楽しいって本僕も当にいい似たようなことじゃない。性格なんでね、あんまりこうやりたいっていう子はあんまり止めずに、でも体調だけは気をつけるようにねって言って、生温かく見守ってきた10年でした。Well, you know, I myself am quite similar in that 10 respect. 年見守ってたら So しい I よ。 think it's not a bad thing, just as long as you don't go so far as to work so much that it's detrimental to your health. So I enjoy just watching from the distance and seeing you develop. 吉田が言われてることね。やっていて、裏でそんなことになってとは思ってなかったんですけども、その経験が今に生きてるのかなというふうに思ってます。ね、しんどいよりはいいよ Yeah, ね。 I was just having so much すごいよね。 fun with my job, and so I didn't つけに多い realize んだ。 such a thing was いい happening 会 in the 社だわ。 background. But yeah, I feel that the experience really pays off. じゃあ早速代表的な仕事ちょっとね紹介していってもらいましょう。 Okay, so without further ado, let's see some specific examples of your work. はい、今表示されているスクリーンショットが私のキャラに似てる子いる。仕事の一部になります。同じ髪を So you will see some of the screenshots of the different projects that I've done. グラフィックス関連でアーティストのこれやりたいを実現するために必要な仕組みの整理やレギュレーションの見直しなどを行っていました。So what I do is I listen to the graphics artists, and if there are any specific new things or a desire for them to try out something in the graphics, I would help with them to come up with systems or a way to kind of organize and make that a reality. 例えば赤間同士の詠唱時にオーブと採点が合体するアイディアをゲームで再現するための仕組みを考えたり、For example, when the Red Mage casts their 音楽奏でてるじゃん、 spell, 詩人。し the かも詩 artist 人じゃ wanted ん、 to have ミ an コって。 effect where the orb 私じゃ and ん。 rapier kind of comes together, ゴールド and ソース so 早 I く弾きた tried い to な。 help with coming up with a system that would allow that to be shown in game. 遅延なども考慮しつつモーションがきれいに再生されるような処理の流れを考えたり、 As well as come up すごい with ね。 a way that the graphics would be processed properly so that despite any sort of lags or the delay that it may cause, the ゼルワンの motion パリ would ーン be だ。 properly displayed. 新種族や泳ぎモーション、召喚獣などのメモリのレギュレーションを決めてたりしていました。す And ご lastly, い I would ね。 also come up 本 with 当に the すごい different 人じゃん。 regulations that surround the new races, any action and motion related to swimming, summons, and things like that. 最近だとパンデモニウムの時から本格的に実装されたエフェクト付き装備の実装に関わっております。And then more ありが recently, てえ。 I helped 装 with 備 coming 可 up 愛い with の a 嬉しいよ system ね、こういう光 to 装 allow 備。 for an effect to be 装備っていう displayed か。 in some of the Pandemonium raid gear. まずはアーティストからかっこいい設定画が送られてきます。So これ let us 煉 take 獄 a look at the process that goes 煉獄か into な。 this. First, the artist would send over a very cool-looking design document. そしてエフェクトと防具が一体となった新しいデザインを実装させたいですというオーダーがありまし煉た。獄の And 次 then だ the よね。 request 煉 here 獄かな、こ was れ。 to have the effect kind 煉 of 獄だよね。 together in the あ、 gear, and it's a new design さ that く we やさん want だ、 to こんばん make a は。来てくれ reality. てありがとう。さらにこの装備は後ろのリングのようなエフェクトも防具のデザインの一つなので常にエフェクトは表示させてくださいというオーダーもありました。And on top of that, there was a request すご because いよね、 this このエフ ring ェ in ク the ト。 back かわい was い。 part of the design of the armor. We 耳 want に that ね、 effect to 炎 be がかわいい constantly し。 displayed. 防具にこのような大きなエフェクトがつくことは初めてで、こういった初めてやるような試みの際に仕様をまとめてゲームに落とし込んでいくところを担当しています。So it was a first that we had this kind of effect, a large effect show on a piece of armor. So we had to come up with a way to specify and to design it so that it properly displays in game. 例えばいつも通りキャラやエフェクトのアーティストに実際に実装してもらうとこんな感じです。ほぼ完成に見えますが実はいろいろと問題がありました。So of course, this is what we would be looking ね、輪っか at のや in つ。 our process. 煉 If we 獄だよね、これ。 just put it in あ、 as we 12の would regularly いろ do んな it, とこから the 持ってき character てん and だ the ろう effect ね would。display it on the screen. It 今すぐにや was め pretty complete at this 本 point, but there were some issues. マウン楽しいトを呼びますことだけじゃ。ないよな。 Okay, let's try to summon a mount.
マウントオメガに起乗しました。こちらは大丈夫そうですね。Okay, and we are on board the Omega mount. It 寄っ seems かかる fine 系 right のや now. つとかただ飛は行状態だとはみ出てしまっています。 That said, once あ it takes flight, なるほ you ど may ね see that there's a little bit of protrusion going on. これもこれでかっこいいけどこちらも気持ちよさそうにマウントしていますが、あ確かに Next, we have another mount. Looks very comfy, huh? はみ出してるやっぱりはみ出てしまはっています。み出てるね That said, we see a little protrusion here as well. ごめん笑っちゃったちょっとこちらはどうじわるでしょうか。 Let's look at these. はい、エフェクトだけミニマムがかからず大きなままになってしまいました。 あ So you can ー see when the enfeeblement minimum comes on, the ring stays the same size, so it still stays very large. このように14ではできることが多い分、新しいことを実装するとなると既存の仕様とぶつかってしまうことがよくあります。 So because there's a lot of things that can be done in Final Fantasy XIV, whenever we try something なる new, ほどね it こういう kind の of ちゃん collides とや and ってん sometimes there's a な conflict with 大 existing 変なんだ systems. ねそのためアーティストのイメージをゲーム内で実装するためにはどうしたらよいか、既存の仕様を拡張したり新しい仕様を追加するためのルールをまとめる作業を行っています。 So what I do is to help with the artists 反射すぎない and get their image, 面 what 白か they're ったよねあのベ envisioning ッド in game, シュー and ルすぎて to make sure that it's displaying properly いや within. マジであ And りが so た I いよ would これ have は to write different like new rules or ありがたい expand on some of the existing systems ね and things like that. 本当だよねそれ作るのにもこうやっていろただんなことが難しいあるんだよことはやっていなねくて、例えばマウント時にエフェクトが干渉してしまう問題に対しては、指定部位のエフェクトをオンオフする機能を新たに導入して回避しました。 That said, it's not all too なるほどね complicated. For example, here 気に we なる had も an のわか issue るけど where the 確かに effects kind of interrupted with the mounts. So we would have a grid of which areas we would have turned on and off, and so we were able to mitigate the situation in that way. ドラヒロさ例えばんこんばんはこんな感じのシートを用意して全パターンの組み合わせを調整できるような仕組みをプログラマーさんと協力して実装を行いました。 So I would prepare a てっぺん超えるのかな何時までだっ spreadsheet け and make sure that I am looking at the different patterns of our combinations of how we would have our effects and mounts, and then I would work with the programmer to make sure that it's implemented correctly. 結構力技ですよね。スケールの問題も単純にミニマムがかかっても問題がないように新しい計算方式に全部見直しました。マジですごいわ Hands-on, I think. 本 A 当に lot of manual work ね that バ goes グ into 少ないの it. すごいよね Scaling as well was an issue, so we こうや had って to 修正 review して some くれ of て the んだよな formulas that were utilized in the 本当にすごい calculations. After we had reviewed it, we were able to solve the problem where the enfeeblement will also be reflected on the effects as well. まあだから魔法のようなね仕組みを考えたりっていうところももちろんそうなんですけど、こういうシートを使ってね地道にフラグをこうチェック、こいつの場合は消す、こいつの場合は消すってね地道な努力っていうのも合わせてやってますと。はい。 Yeah, of course, there are these mechanisms involved in this, but this process of using this sheet, and you'd be going one by one, checking, flagging certain points, so delete this one here, delete this one there. It's it requires steady efforts. 単純な実装ですが、ねえすごいよね10年以上データを作り続けた上でこの対応をやると思いのほか大変だったりします。すでに組み上がった過去のデータに影響が出ないようにいろいろ仕様を加味しつつ実装を行っております。 For sure. It seems simple, but over 10 years I've been creating these kinds of data and spreadsheet, and this adjustment is rather a large undertaking sometimes. So we do have to make sure that we're not interfering with some of the existing past data and information. And so we would always try to come up with creative ways to mitigate and implement. また多人数が集まった時いやのそういうことだよねメモリー使用量や負荷などの更新され続けるから問題がないかも確認恐ろしいしてレギュレーションの本当だね再整理を行っています。わあ Of course, because すげえ we have a lot of characters すごい displayed on screen, I also have to be mindful of how much memory we're あ consuming おかん and お making かん sure that the load is not causing any issues. And I would have to look at some of the regulations that surround that as well. こちらはエフェクトがついた状態で100体表示できるかを検証しています。この辺もプログラマーさんと密に連携を取りながら慎重に調整を行っています。 So what you're seeing here on the screen is where we're testing these effect being shown for, let's see, there's over 100 characters with the same effect. I would work together with the programmers to make sure that this is carefully being considered.
こんな感じで新規実装を行う際のレギュレーションや仕様の拡張を行い、安全に新しいルールを追加するサポートを主に行っておりました。So yeah, that's what I've been doing. Whenever we do something new, I would work on how to sort of expand on existing regulations and design specifications so that we can provide safe and new rule and to support some of these new items. 実際のところね、この今のそのエフェクト付き防具の仕事にね、1年1人で当たってるわけじゃなくて、ものすごい数の新仕様を並行しながら動いてるものを短い期間でこう実現していくっていうのが、岡久君のやってきてる仕事になってます。Well, of course, with the example of this gear with this effect on, it's not just the case that you've taken 1 year and doing this all by yourself. You've been going over a process of covering many small things over a period of time, covering multiple factors as well, yeah. では改めてね、テクニカルアーティストってそもそも何なのっていう説明をちょっとしてってもらいましょう。これナイト？ナイトではないか。At this point, we should jump back to the issue. Just what exactly is technical artistry? テクニカルアーティストって何と思われる方がほとんどだと思いますが、ゲーム業界の中でもここ10年くらいにできた新しい業種になります。So yeah, I'm sure there are people who are wondering what exactly is a technical artist. It is a rather new sort of specialty in the game industry. I think it's just recently, or it's been about 10 years since it has been recently established. 特徴としては名前の通りテクニカルなアーティストです。プログラムの知識も持ちつつアセット制作も詳しいプログラマーとアーティストの間のような存在になります。So the biggest characteristic is, as the name states, it's a technical artist. So I would have knowledge of programming as well as knowledge in asset creation as well. So I'm kind of like in between a programmer and an artist. 14では主にアーティストの作業効率を上げるさまざまなサポートを行っております。So in Final Fantasy XIV, I would help with different support systems that would allow for more efficient work for our artists. 昨今のゲーム開発ではアーティストとプログラマーにはそれぞれ高度な専門知識が求められます。Yeah, recently with game development, artists and programmers each would be required to have a high level of very technical knowledge. プログラマーにはクライアントとサーバーなどプログラムの知識が。So for programmers, we would need knowledge on different clients and servers, various programming knowledge. アーティストにはツールを駆使した 2D、3D の制作方法などアートの知識が双方高いレベルで要求されます。And for artists, they would require to utilize tools and to create 2D, 3D artwork. And so both sides would require very high levels of each of these skills. そのためアーティストとプログラマーの間に知識の差が出てきてしまいます。Because of that, sometimes there is a disparity between what the artists and the programmers have knowledge of. 効率的な開発や挑戦的な開発を行うにはアーティストとプログラマーが密にコミュニケーションを取る必要があります。ただ年々ゲーム開発の専門性が上がりコミュニケーションが難しくなってきています。So of course, to be efficient in our development and try to take on new challenges, the artists and the programmers would always have to constantly communicate and have a very tight sort of communication between them. That said, game development has become very specific. There's a lot of specialized needs that are required, and so sometimes communication can get a little difficult. いや見るんだけど配信するかどうかが迷ってる。見るんだけど見るなら配信するか。That's why a technical artist sort of was created to bridge that gap. こうすることでそれぞれの専門分野に集中することができ、安全かつ効率的な開発ができるようになります。So by having a technical artist in between, each section are able to concentrate on their respective professional departments, and then they are able to develop safely as well as very efficiently. 14では先ほどの例のようにグラフィックスのレギュレーションや実装に関わる部分でアーティストのイメージを実現するための整理を行い品質向上のサポートをしております。So in Final Fantasy XIV, just as I explained earlier, a technical artist would help with the different regulations that surround some of the graphic elements that are inside so that we can help the artist kind of realize what they want to do in-game.
この他にも14のテクニカルアーティストはアーティストの開発効率や品質を上げるためのさまざまなサポートを行っています。And in addition to that, the Final Fantasy XIV technical artists would help the artists become more efficient and to be able to improve on their quality of the work. イメージしやすいように制作に例えると、このララフェルが他の開発者、まず配信をやっていいかちょっとアーティストになります。聞いてる。 So if I were to give an example in a crafting situation, let us look at our crafter here. Lalafell is going to be the artist, the other developer. そして私たちテクニカルアーティストがこれです。And then technical artists are these. つまりアーティストがフルに活躍するためのバフのような存在になります。はいはいはい、 In そういう other こ words, と we're ね。 sort of like a buff that we can apply to our crafter, so that the artist can be able to unleash their abilities to their fullest. 皆さんもちろんバフの大切さを分かっていただけると思います。なくてもなんとかなるけど、あるとはるかに効率の良い、特にエンドコンテンツに挑戦するようなケースには必要不可欠な存在です。So I'm sure everybody knows and appreciate how much these buffs are. Of course, you can still craft without these buffs, but having these will allow for a much more effective crafting situation. If you are trying to build crafted gear for end game content, I'm sure it's quite required to have some of these buffs. 実は僕がねゲーム業界に入った頃、当然まだこのテクニカルアーティストっていう職種は存在してませんでした。Well, of course, back when I joined the gaming industry, there wasn't this role, technical artist. 大体本当10年前ぐらいから、もうちょっと前ぐらいから大量のアニメーション、例えばサッカーゲームのように、もう5000とか6000モーションをどうやってこうメモリに収めて、その効率よくそれぞれのサッカー選手のその癖というか動きを再現するかみたいなところから、アニメーションベースでだんだんこうテクニカルにこう寄ってったっていうのがスタートだったように思ってます。So I think it started about 10 years ago, or maybe just a little more. But back at that time, it was used to simplify the process of having many, for example, games that typically have a lot of different animations. So if you were to take a soccer game, for example, it might have 5,000 to 6,000 motions, and those motions would be there to represent those peculiar characteristics that certain soccer players would have. So to cover that all on an animation basis would be a lot of work. いやなので、さっきまさに言ってた通り、プログラマーの知識とアーティスト、実際ものも作ることがあるぐらい、両方の知識を持っていて、かつ最新のテクノロジー大好きっていうのがテクニカルアーティストですね。So, as you mentioned, it kind of combines the expertise of a programmer, so having the knowledge of a programmer, but also knowing what the artists want, and combining that to create something which realizes the vision. OK かな、進めて。はい。もう少し分かりやすい例をお見せしたいと思います。Okay, so I wanted to delve into some more examples. This might be also hopefully easy to follow along. この画像はキャラクターセクションで作成した防具のデータです。Okay, so this is some of the images that the character section created for gear. 防具はこのようなルールで作りましょうと仕様が決まった後、そのルールに基づいてアセットを最大限効率的に作る必要があります。So of course, once the design specification for a particular set of armor or gear has been established, then they would need to create assets based on that and be able to maximize their sort of effectiveness. なるべく1パッチに高品質なものをたくさん提供したいんですけれども、ヒューラン、ララフェル、ルガディンなど体型が大きく違いすぎてどうしてもコストがかかってしまいます。確かにね。Of course, we want to deliver high quality work in a very efficient way, and many of those at that. So that said, we have different races in the game. We've got the Hure, the Lalafell, the Rogadins, and they all have very varying body sizes. So unfortunately, it does take up a little bit of bandwidth to accommodate for all of them. 同じじゃ無理だもんね。形も違うし。一つのデザインの装備だと、装備は1種類、もうとにかくたくさんの装備をパッチごとに実装してくれよって、もちろんその気持ちは分かるんですけど、見て分かる通り、もう3倍とまでは言わないですけど、やっぱりこれだけ体型違うと、
本当にこう一個一個こう作っていかないと本当にクオリティが出ないっていう状態になるので、やっぱそこら辺をどう効率化するかっていうのがすごい重要になってきます。ララベル問題。 So maybe from the perspective of players, when you look at the gear, you think, okay, it's one design, so one piece of gear. But as you can see in the game, there's many different types of shapes of the races. So I wouldn't go so far as to say that it's completely different. But unless we address the shapes one by one, then we wouldn't be able to reach the quality. So we do appreciate that players are always asking us to implement many gear in the game for each patch. It is quite a lot of work, and we need some sort of process to make it more efficient. どっかの休憩でお風呂入るかも。配信はするけど。 So yeah, I would come in here to organize some of the work that goes into production, and we would take note of some of the tasks that would take more time within the workflow. 動画を持ってきたのでご覧ください。So we brought a video to show you, so let us look at that. あ、すごいね。はい、これが普段使っている 3D ツールを拡張して、ヒューランの装備をルーガディンやララフェルなど多種族に変形するような機能を作りました。So right here you are looking at, we are using our 3D tool. So as we expanded on some of the functionalities of this 3D tool so that your equipment can be morphed so that it would fit the Rogaden body type or Lalafell body type. すげえ。ちょっと普段見せるものではないと難しいですけれども。I don't typically show this outside, so I'm a little bit embarrassed. 今のツールをポチってすると、ヒューランで作ったやつが耳の裏計算されて、ルガディンとララフェルにこう変形するっていうね。意味深。そういうツールでしたね。お風呂配信はしない。So simply put, this tool with a simple press of a button, バンになっちゃう。 the data that was there for the Hure 休憩中にお風呂シャワーバーって洗う。 calculations are made, and then the changes are addressed for Rogadin and Lalafell. この後キャラハンの方でブラッシュアップしたものがこちらの今出ている画像になります。 And then you will see that after that calculation has been done, the character team will polish and brush up the figures, as you can see. 先ほどのツールだけではまだまだ製品クオリティではありませんので、キャラハンのブラッシュアップは必須です。 Of course, the tool is very convenient, but that doesn't give us the final product quality. So we do require the character team to help us polish this. ただ、単純作業の部分をツールで簡略化することでアーティストがクリエイティブな部分に時間を割けるように効率面とクオリティ面の向上をサポートしております。ね、ツールはすごいねこれ。あ、マクリネさんこんばんは。来てくれてありがとう。 So that the artists can concentrate more of their time in the creative aspects of production, so that we will have more efficiency and allow for higher quality to be produced. バンになるよね。先ほどのツールである程度機械的にそのボディサイズに合わせたポリゴンの変形っていうのはやるんですけど。 そこからはやっぱりそのままリリースするといろんなところがこう刺さったりねしている状態なので、そこからはアーティスト、今度はキャラクターアーティストたちが本当に細かいところを手で直し、伸びてるテクスチャーを縮めみたいなことをやってって皆さんにお届けするっていう流れになってます。 So as you could see in the previous example, the tool basically goes through a mechanical process to adapt to the body size of the race and changes the polygons accordingly. However, if we were just to release this in the game as is, we would experience various issues. So that's when it's the job of the character artist to jump in and, for example, maybe there are some textures which are elongated here and there, so they would go through the process of shortening them. So they'll be basically in charge of brushing it up so that it is fit for release. このような作業をアーティストのワークフロー全般にわたって行っているのがテクニカルアーティストセクションになります。 Yes, so the technical artist section goes through these different tasks that the artists would go through in their workflow to make sure that we are providing support for all of that. はい、先ほどの基調講演ではグラフィックスアップデートの進捗紹介がありました。
あれらの作業は 6.x と並行した開発を行う必要があるため、テクニカルアーティストセクションの方ではこのような形で作業環境をゴリゴリ拡張して、アーティストが効率よく作業できるための開発環境を提供しております。So you may have seen some of the graphical update progress that we've made, but that is being done at the same time as developing 6.x series as well. So the technical artist section would help with some of the production environment, making sure that we are properly expanding it and making sure that the artists can efficiently work. はい、ということでここからは第一次グラフィックスアップデートのお話をしていきたいと思います。Okay, so I would like to touch upon some of the things that are in the first graphical update. はい、本日はグラフィックスアップデートに関わる方々を代表して皆さんにアップデートの内容を楽しくお伝えできたらと思います。So I am here on behalf of all of the people that are working on this first graphical update so that I can show you some of the updates that we are applying. はい、改めてコンセプトのおさらいです。第一次グラフィックスアップデートでは画面全体の美しさを重視し、総合的な美しさを向上させる方針で進めています。So we are looking here at the key aims of the graphical update. Once again, we are making sure that we are putting emphasis on enhancing the screen-wide aesthetic appeal and making sure that these are being all enhanced. 特に効果が顕著な改善点としてテクスチャーや影の解像度を高解像度化するというものがあります。あと見た目への影響が大きいシェーダーの更新をメインに大小さまざまな要素をアップデートしていきます。And then some of the more significantly visible aspects would be the different textures and shadows and making sure that we are enhancing the resolutions on those, and then the shaders that have a fairly large impact on how a character looks on screen. That is also going to be updated, but yeah, we'll be doing various updates, big and small. しかし、重要なポイントはこれまで築いてきた14のイメージを壊さないことです。That said, a very important point that we keep in mind is that we don't want to destroy any sort of image that the players have built of Final Fantasy XIV in their minds. このイメージを維持するっていうのが一番大変で、各担当者がプレッシャーですと常に言っています。That said, this image is very subjective, so it is quite a challenge for us to making sure that these are being maintained and also being updated as well. So a lot of the people who are working on the teams have told me that, you know, this is a lot of pressure. これはね、僕も直接やりますね。イメージを皆さんのイメージを大事にしていきますって吉田さんが言うたびに心臓がギュッてなるって。Yeah, I do this directly quite a lot. It's mentioned, oh yeah, we'll make great importance on the image, and then everyone kind of feels their heart tense up. はい。はい、コンセプト自体は簡潔でシンプルなものなのですが、実は細かいものを含めると100以上の項目になっております。Of course, we think of the concept being very simple and straightforward, but looking at the different elements that we had to update, there's over 100 different elements that we had to go in. テクスチャーや影の解像度を上げるとメモリの圧迫や計算の処理負荷が上がるため、普段であれば絶対にできない調整になります。So whenever we try to tweak the resolution of the textures or shadows, it does affect the memory that is being consumed, or some of the calculations might take more of a load, and so it's something that we typically cannot touch. 今回はグラフィックスプログラマーが参戦する本格的なアップデートのため、やるなら今しかないという気持ちで各セクション改善案を持ち出したところ、このような大量の項目になってしまいました。And so this time when we were given the opportunity to do such a large undertaking, the graphics programmer were going to be involved in this large update. So we were all in the mindset of this is the only time we can take advantage of this, and so each section brought their proposals forward, and this is what happened. 確かにね。
また現段階でも14はグラフィックスをよく見せるための仕組みがいっぱいありまして、ここからさらに1台のクオリティを上げるためには1個2個の大きな改修を行うだけではとても変わったなっていう感じにはならなかったので、細かいところも含めた総合的なアプローチを取る必要がありました。And of course, even now, we have many systems that are in place that would enhance the graphics and how it looks on screen in Final Fantasy XIV. So for us to step that up even further is not going to be taken care of in just one or two significant changes. So I think it was a good opportunity to look at it from a holistic perspective, making sure that we are looking at some of the minute details as well. はい、全ての項目をご紹介することはできませんが、前回ファンフェスの基調講演でお見せした内容から具体的にどこが良くなっているのかをご紹介していけたらなと思います。Of course, we won't go into every single detail of our over 100 updates. That said, we would like to touch upon some of the elements that we have covered in previous Fan Festival announcements of our graphical update. ね、無理はせんとこ。まず自分の方からはキャラクターのどこがアップデートされているかを紹介いたします。So from me, I would like to show you some of the updates that were made to the character figures. ね、でも直樹の部屋見たい。最初は肌などの質感についてご紹介したいと思います。前回の基調講演でもキャラクターの肌質が良くなったことはお分かりいただけたと思います。So first of all, I would like to touch upon the texture of the skin of these characters. I'm sure you were able to see in the previous keynote that the textures on the characters' skin, the face and their skin has become a lot better. こちらは現在のエレゼン男性です。Okay, what you're looking at now, of course, is our male Elezen. そしてこちらがグラフィックスアップデート後のエレゼンになります。And then this is an after of the same Elezen. どうでしょうか。肌質や血色が良くなっていると思います。I hope you can tell that 肌も滑らかに the なった texture of ね。 the skin, as well as that sort of ね、ミコってどうなるんだろう。makes it look more lively, I guess. The blood flow. でもそれでさ、メインやったらまた違うんじゃない？キャラとかが。比べるとこんな感じです。Here's a comparison. 右側はテクスチャの解像度とポリゴン数の上限を増やしつつシェーダーの更新を行いました。全然違くない？ So on the right side, you see that we have raised the resolution of the polygons, or the textures, pardon me, and then we have increased the number of polygons. Plus, we have updated the shaders. 特にノーマルマップと呼ばれる凹凸表現に使われるテクスチャーの解像度を上げたことで今までに出せなかったディティールを出せるようになりました。さんの SS また楽しみが増えるわ。 Especially here, we've worked on the texture map, the normal map, where it would have that sort of protrusions and ね、馴染んだね。すごいいい感じだね。鼻もなんか綺麗だね。 the surface. よく見たら耳もすごくない？リアル。 resolution of the textures that are utilized in the different bumps and in concave areas, and we were able to bring out a lot of details. 担当者に伺ったところ、肌の角質の表現を入れつつもリアルになりすぎないような調整にこだわったとのことでした。So I asked the person working on this particular aspect, and so what they told me was that they tried to make sure they gave that sort of texture of the skin. 本当だ、服めっちゃいい感じになってる。待って、服全然違うけど。But didn't want to make it too 服全然違う。ノーマルマップの微小な凹凸が入ることでハイライトがより細かく計算され、服全然違う。パッと見の艶やかさが増していると思います。So we tried to tweak the different protrusions and whatnot on the normal maps so that the highlights are more finely calculated, so that the skin feels more dewy. あんちゃんさっきコメント見たよ。今回ね、頑張ってって言ってんの。角質、各種族きめ細やかにやりすぎないように角質がちょっとちゃんと入ってるんで、ぜひね近くで見てもらいたい。Yeah, it was mentioned just right now, the skin flakes almost. We put a lot of hard work into that, so you can almost see the details of each race. So I would like you, but I said don't go too far, but I would like players to definitely check out each race and see the work that we've done on that. 開発パネルでたまに出てくるノーマルマップはこんなテクスチャーです。So let me show you a normal map example here. You might see it in a development panel.
このノーマルマップを貼るとこんな感じになります。So when we place the texture onto this normal map, it looks kind of like this. このノーマルマップっていうのはこの凹凸のデータを貼っておいて、それにライトが当たった時に影の計算をするための内側に貼られているものだと思ってくれれば分かりやすいと思います。So I think a simple way of thinking of normal maps is basically data, all the bumps on the texture surface is made into data, and it's basically calculating when light is cast upon that data. It calculates the shade, so which parts would develop the shade, as it were. ただ単純に凹凸を足すだけだと先ほどのような血色を表現することはできません。Of course, with just this sort of raising and decreasing the emboss and deboss of the surface will not allow for a realistic depiction of skin. 10時半までして、あとは個人的に見ながら寝る準備して、明日もね、お昼から配信するので、その時に話さない。透明感のある肌を目指しました。So in addition to raising the resolution of the textures, we had the programmer built in this subsurface scattering so that the skin feels very youthful. ちょっと学術的になりますよ。ツイッターでいっぱいつぶやくわ。 This is going to be a bit ディスコ化。サブサーフェススキャタリングとは何かというのをざっくりご説明させていただくと、今までのシェーダーはポリゴンの表面に貼られているテクスチャーの色を返すだけのシンプルな計算方法でした。So just a quick explanation on what subsurface scattering is that so the current shaders would only just bounce off the color that is pasted on the surface of a particular polygon. 今回導入したサブサーフェススキャタリングはポリゴンの表面のテクスチャーの色をそのまま返すのではなく、実際の肌と同じように一部の光が肌の中に侵食して拡散反射をする動きを疑似的に再現しています。So with subsurface scattering, the polygon would have this surface, and then of course light would hit it, and then you will see the colors that are reflected simply off of the surface. But also it goes subsurface, so it goes underneath the skin and kind of scatters around the light, so that it gives a more realistic impression. はい、こちらがノーマルマップを高解像度化しただけの画像です。サブサーフェススキャタリングは適用していません。Okay, so we're looking at here now an image where the normal map has a higher resolution. There's no subsurface scattering just yet. あ、なるほどね。商品の開発と、そっか、どんな感じになるか。So you can see the different bumps on the skin right now, but then we still don't see that sort of realistic skin kind of feeling. はい、少し微妙な変化なのでよく見ていてください。It might be subtle, but please take a look. おお、すごい滑らかになった。先ほどの強い陰影が拡散して肌に柔らかさと血色が出たと思います。So once the light kind of scatters inside, like beneath the surface of the skin, you see that it feels a lot more realistic. It's not just a bumpy surface, but then it does feel like real skin. ちょっと説明しようか。Shall I explain a bit? 鼻のあたりの影を見ててほしいんですけど。I want you to look at the shadow cast around the nose. 単純に、シンプルに影が落ちてるところと落ちてないところの境界が結構くっきりなのが分かると思うんですね。I think you'll be able to clearly tell the distinction between the areas where the shadow is clearly falling on the surface and not so much. ところがサブサーフェイススキャタリング使ってちゃんと肌の中での光の拡散というのを重ねていくと。So when subsurface scattering is applied and the light is dispersed beneath the skin, すごくフラットというかナチュラルな陰影に変わった。全然違うね、ビフォーと本当に。全然違うわ。ねえ、SS はかどるね。はい、またバックスキャッタリングという手法もやばいやばい、耳ミミさん一緒に PC に行くか、一緒に。こだわりました。全然違う。ちゃんと。そうだよ、太陽当たったら多分ああなるはずだもんね。すげえ。人間の耳もね、実際皮膚の薄いところは光が透過して、結果が薄く見えたりすると思うんですけど、そういうところまで今回こだわってると。す
So you can also take a real life example. If even in the human ear, there's a very thin part of the skin, and when the light passes through that, it's so thin that you can even see the veins. にゃんこの耳わかる。日向ぼっこの時のね。 As a side note, Lalafell would look like 生々 this. しい。はい、担当者曰くララフェルはリアルさよりも人形っぽい可愛さがね失わめれない点をっちゃ綺麗意識したそうになった。です。なんかつるっ So in と terms し of て the る。 Lalafell, the person who was handling つるっ this としたね。 aspect of it didn't want to make it too 超可愛く realistic. ない？ They wanted to pursue a more 髪の毛全然 doll-like 違う look. そして。はい、あとは渋いキャラクターだとこのような感じになります。 And then some of the 渋いキャ other more stern-looking うわ characters. 凹凸感すげえ。質感が入ることでよりかっこよくなりますね。かっこいいね。 That 目も texture 全 more 然違う。 realistic. I think it gives 本 off 当に an 同じ even なのってぐらい全然 better 違 or う。 even more enhanced kind of look to こ it. れがいいよね。ちなみに今回キャラクターセクションでノーマルマップを含めた肌のテクスチャをすべて作り直しています。 And by the way, this めっちゃいい time ね。 the character section 瞳 went 綺麗だよね。 into the different normal maps as well as the texture ねリアルだよ material ね。 for the skin. 本当だ、 and 屋根 they 全然 have 違う。 revamped it. 色 They ま remade ず it 違うんだ for が。 this time. 今の段階で顔のノーマルマップだけで300枚くらい修正しています。 And just looking at the face parts of these different races, we have about 300 different maps that they had to update. 超時間かあとはかりそう。肌と少し違いますが、ロスガルにはファーシェーダーという別のシェーダーを導入し、毛並みを良くしております。 毛並みがわかる。 Slightly different from skin すげえ。 depiction, but also we have the ねえキャラクリしたい。 race で where きる we のかな have 全キャラ。 we で are きる going か to be サーバー implementing 変え a れ fur ば。 shader. ついにね14チームキャラクターセクション待望のファーシェーダー毛並みを毛をレンダリングするための仕組みがついに14にも入ったのでみんな喜んでました。 Finally, for the Final Fantasy XIV development team, it's been a long time coming. The dev team really wanted to implement 触り a たくな fur るな。 shader, and we finally have it. 以上グミが肌さんののアップデートについてでした。ロスガルだった気 So が that する。 covers the updates that were made to the イクラ character's ちゃんのおで skin. こだね。続いては瞳についてです。はい。 Next are their なんかプルッとし eyes. てたねさっはいき。こちらは現在の瞳です。 Okay, what you are looking at right now is a current character and his これ eyes. 今だね。目元にご注目ください。 If you could take a closer look at his eyes, こちらがグラフィックスアップデート後の瞳やっです。ぱり光入ると you 全 will 然 see 違 that うんだ his ね。 pupils will be updated after the 一体 graphics 感増す update. ねいきなり。比べるとこんな感じです。 Here's a comparison. あ肌全然違くない？待って。今回アップデートではうわ全然違うハイライトの計算を見直しました。 So what we did in the graphical update いい here ね。 is to review the calculations that were made 双 for 子 the だけど双 highlight 子じゃないみたいに in なっ the てるよ eye. 今。以前は固定位置にテクスチャーで丸いハイライトを描いていましたが、ちょっと違うんだ。この方式は違うみたいな狙った絵を作りやすいという利点もありましたが、ね違うね今回アップデートではこの固定ハイライトをやめてもう少し自然になるような調整を行っていあーまあます。ねそれは思 So うね。 previously we would have that highlight kind of シュッとした drawn ね。 into the iris. リアルさが and 綺麗 of course 本当 this に。 allows for us to have an expected like finished product, finished image, but with the graphical update that we will be applying, we wanted to kind of move on from the fixed highlight and then allow for a more natural looking highlight. また違和感のないレベルで実際の眼球に近いような屈折処理も入れております。 And then we've also added a refraction method or formula so that the eyes would look even more realistic. はい、静止画も良いのですが、時間変化での移り変わりもご覧ください。 So yeah, we're looking at a still image right now, but we also prepared a video that shows where the highlight would fall depending on what time of the day it is and where the sun is. めっちゃいいじゃん。うわーすげ瞳のねハイえ。ライトの位置がすん変わっごいていきますね。 So you can see that the position of the highlight is changing now. 左は固定されているのが分かってしまいます。 And so now you can tell that right now it's kind of fixed in that left part. だから実際には今の皆さんがプレイされてる14は瞳にこうハイライトが書いてあるんですけどねずっと同じと So こにあるっ in てこと other か。 words, right now the character that you're playing with in 14 has that highlight drawn into the eye. 今回からはもう一回メインしたくなるよねみんな計これ。算してハイライトがちゃんと、演算処理として描かれるようになってます。
NPC もそうなるって finally, ことだ we've よね。 introduced this method so that the refraction is calculated so that the position changes as time goes on. はい、他にもアウラの目のリングをシェーダーに切り替えるなどの調整も入れています。今まではポリゴンで目のリングを作っていたので、よく見ると角があります。And other updates would be in the 左も好きだけど私 the 結 rings 構 on the outside part 待って of 結構 that 左も好きだぞ pupil 私 iris is going to be switched over to a shader. え Up until this 左も point, 好 we きだけ had ど used polygon, so you can see that it's a little bit. でも右も it め has ちゃく like ち a ゃ綺麗 little. 綺麗になっ It's た more angled. コードが綺麗だねアウラの鱗特徴的な目の交際リングなんですけど、今まではもうテクスチャーでなんとか少ない容量サイズのテクスチャーで描いてたのでちょっとカクカクしてるんですけど、本当だ今回は計算でその綺麗にその丸を後から描くっていう処理に変えたのでかなり綺麗に出るようになったので、なるかも交際のね生像もちょっと調整なんかをしてもらえるとすごくねえ皆さんの本当だ望んだね印象っていうのをまた作れるんじゃないかなと思います。気になってたのじゃあ So yeah, one そ of う the だよねメロディー characteristics さ of ん the aura アウ is ラ this 使ってるも colored んね iris in the eye. And traditional, 見て originally こんな what 馴染 we むよ had was we used a low texture which was drawn in, and because of that, the curve 私 is ミステ actually リア not さが好 really き a だったけどね proper curve, but it's kind of 逆に jagged around the edges. なん But か by changing そ this の to 目 a が死んでる calculation, ってい we've うの been が able 素 to 敵だなと思っ produce てたなんかこ more うさ smooth, round ミステリアスじゃ console, んもうめちゃく and ちゃ then それも we 好きだ have っ a たけ process ど of drawing in later. 全然違くなるね So with this new 左も好き introduction だけど of ね this technique, I think we'll be able to make だけどやっ advancements ぱ more to the kind of そうだよ vision ね that everyone has for their characters. はい、以上が瞳のアップデート目気になってについてでした。た So that was it for the eyes. 続けてキャラクターの髪の毛についてです。 Next is regarding the なん character's かミステ hair. リアスな顔が好こちらがきなのかも現在の髪の毛です。 Okay, so right now we are looking あ at ー the ヤシトラ current ちゃ version. んみそしたてこちらいな感じがグラフィックスなアップデート後になります。 And after the graphical 素 update, 敵髪はテクスチャの解像度を上げることでより滑らかな髪になりました。もう一回 so や for っ the て hair, we have raised the resolution for the texture so that it looks a lot も more う smooth. 目すごっ比べるとこんな感じです。楽しみすぎるうちの子絶対可愛くなるじゃんテクスチャのもっ解像度をと上げてハイライトを調整することでもっと可愛くなるって自然な髪の毛を目指しました。 So by 絶対も adjusting っ the と可愛くなるじゃん highlights, raising the resolution of the textures, we are ねえギャッ able プ見そう to make a more め realistic っちゃ looking 可愛 smooth いじゃん hair. そして髪の毛にはもう一つこだわりの機能を入れています。 One more あこれ element 持っ that て we る have よね implemented 持ってるって in いう the か hair. 私似ていなこれにしてるかも If we could look at the video. ちょっとカクついてるね頭はい、カメラ視点の角度によって色が変わる特殊な設定を行っています。 So you can see that there are different color 本当だ sections within the hair that you can see depending on the position of the あでもそんな camera. カクついてなかったごめんこの嘘です設定で何を行っているかというと髪の毛の流れる方向を指定しています。 So what we're doing with these different colored section is we're defining which direction 男性 the となるん hair だね flows. 画像のような髪の流れが複雑な髪型でもさっき男性ばっかだったけど今女性ばっかになったね。流れに沿った自然なハイライトが入るようになります。 So by having these guidelines in the ね character えいいね model, even if they アイキャ have a ッ very チ綺麗 complicated or やっぱ complex 必要だよ hairstyle like ね this character does, 私もなん it かお will 仕事の allow 時 for the に lighting to 入っ hit てるか入って properly so ない that we かで have 決めたりする natural 時 looking あるよ highlights in the hair. これ目に光入ってないからアイキャッチ入ってないからこ Let us look at れはちょ another っと変 video. かなとかやっぱ一番ぐらい大事だよね。はい、いかがでしょう。ちゃんと髪の流れに沿ってハイライトが動くのを確認できおーます。すごい本当だ。 As you can see, you are able to follow the highlights すごい moving depending on where the light source is. あの設定をリップのグロス全体が単純にハイライトが降りてくる上がってくるっていうだけなんですけど、あるねヘアスタイルがアイキャッチライトも髪の流れに沿っていいハイライトが別々に動いてるかのようにマジでいいねかかってるかのように見えるっていうところがデストライヤーさんこんばんはごめん遅くなっちゃっポイントたこんばこだわりなんでんはデストライヤーさん Yeah, if that setting isn't applied, then basically the kind of you would only see like a fall or a rise in the direction, but by applying this setting, it actually accommodates for the hairstyle so that the shadow is cast down in the different directions, and that's a very kind of strong technique which we used in this case, and we are very particular about these points in our development. 以
以上が紙のアップデートについてでした。Yep. So that was the hair. はい、続いては装備についてのご紹介です。前回の基調講演でナイトの装備の質感が大きく変わって驚かれた方も多いと思いますが、装備はディティールの向上と質感のバリエーションを増やすことに注力しました。Next are updates to the gear. You may have seen the Paladin gear in the previous keynote presentation, and you might have been surprised by how much improvements that were made. So for gear, we tried to focus on trying to improve upon the detail and how that's depicted, as well as allowing for more variation in the texture. 値上げしていいぞってコメントある。シェーダーの素の状態のものを持ってきました。So here we have the shaders that are in its sort of regular 向こうもすごいけどね、今までのも。左が今までのもので、右がグラフィックスアップデート後のシェーダーを適用したものになります。So the graphics on the left shows what we currently have, and then the images on the right shows what will happen if we utilize the shaders after the graphical update. メモリの上限を上げたことで、事前計算した映り込みの解像度を上げたり、色をつけることができるようになりました。So we were able to lift the restrictions of how much memory we're consuming so that we can have pre-calculated reflections and raise the resolution of the reflection, or sometimes we're able to apply color if needs be. 最初のね、演説のね。今回のアップデートでは物理ベースレンダリングと言われる手法を導入し、ハイライトの表現力を上げています。And then in this update, we will be implementing a system that is physics-based rendering, and so we will allow for a better depiction of highlights here as well. はい、夜だとこんな感じになります。ね、変わるんだと思うよ。オズママウント。Here's an example of nighttime lighting. This might help with seeing what the difference would look like. 空の黒さがしっかりと出ているようになったり、ハイライトの表現がより正確に出るようになっております。You can see that the sky looks very dark and it's reflected off of the surface, and then the highlights are also very accurate. ただ、14が目指す表現はフォトリアルを追求するものではないので、物理ベースの手法はあくまで手段の一つとして捉えており、かっこよければ今までと変わらず物理的に正しくないこともやっていくと思います。どこまでいけるのかね、マクロニャさん。さっき PC の話してた。very photorealistic depiction of our graphics. So this physics-based rendering is just a tool that we use in our application. And if there are depictions that we feel is more cool looking, sometimes we might kind of go beyond the boundaries of like real-life physics. 実はこれも嘘ついてるところあるよね。はい、これもすでに嘘をついてます。Well, even right now, there is something which isn't quite realistic. We're kind of 嘘ついてるってどういうこと？ manipulating here and there, as it were to say, aren't we? Exactly. Yes. 単純な本当に物理ベースの計算、現実の光の反射とかっていうのを本当に正確にレンダリングするっていうことはまあ可能だし、まあスペックかければどんどん現実に近づけていけるんですけど、目指してるのって僕らそこじゃなくてファンタジーを感じられる、そのニュアンスなので、あえて計算精度を落としたりとか、ちょっと違った計算を入れることで雰囲気をそれっぽくしたりっていうのをすごい工夫してくれてます。髪がさ、被るとかゆい耳の。わかる？ここがさ、Yeah, so if we were to 設 simply 計だからさ、 apply ピロピロピロってこう当たるとかゆく calculations て。 for a realistic reflection of the light, that is perfectly possible, but that's not exactly what we're aiming for with 14. So we're aiming more for like a, well, we want to have that kind of fantasy feel, that fantasy vibe. There's a certain nuance that we're aiming for. So we don't use the calculations just as they are. Sometimes we might drop the precision of the calculations, or we might change the calculation so that we can achieve what we have in our vision. こちらは今のナイト AF ですが、ここに先ほどの新しいシェーダーを適用してテクスチャーを調整すると、 Yes, so we're looking at the current Paladin artifact gear, and so when we apply the new shader here, はい、こうなります。
This is what it will look ピン like. つけようかな、はい、ここに。映り込みに色がついたことで空の青さが少し乗ったり、地面の色が影響して今までよりも複雑な色合いを出せていると思います。So you can see that some of the reflection is applied here, and you can see some of the color of the sky being reflected, or the ground is also impacting how the armor looks. And so I think we're able to see a much more complex, rich マジ kind で of リアルになる color んだ in ね。 here. ハイライトの表現もより自然になっていると思います。 And I think the highlights are also あ、み quite んなグッドボタン押してくれ natural てる。 looking さっきよ here. り10増えてるわ。あはい、りがとう。他のエリアでも撮影をしてきたので画像をご覧ください。 So we have the same piece of gear shot in a different location. はい、現在のゴールド操作とアマーレンの画像です。はいはいはい。 This is the current gold saucer and Amarang. はい、こちらがこのようになります。 And then this is with the updated わあ、 graphics. 全然違くね。周りの環境の映り込みを取り込んでいるのがお分かりいただけると思います。 As you can see, it reflects a lot of the environmental elements in the piece of gear. まあ今までだとね単なる反射とか岡だったんですけど、久久くんでやってるよね。周岡久りの環境の色をちゃんとくん、反映するようになったみたいな喉そろそろカラカラなんじゃない？すごい大きな変化かなと思います。 Yeah, so far we just had a simple reflection of the light, but by implementing this improvement, we now get the color of the environment also having an impact on the reflection. And I think that's an amazing change that ね、 we've been 楽し able み to だね、 produce. 10日後。はい、さらにより細かいディティールを出せるように今回テクスチャーの構成も大きく変更しました。 And of course, so that we can show more detail, we have greatly updated how the textures are set up as well. こちらは汚れやサビの侵食具合の微妙な濃淡の差などを出す、トップ14特有のテクスチャーになります。 So here you can see some of the dirt and grime, the weathering, rusting, and you see some of the subtle sort of darkness and lightness on the surface. はい、元のテクスチャーがこちらです。もう全然ディティールが違います。やばす You ぎ can る。 see before and after of the different texture maps that we や used ばすぎ here. ない？ I 待 think って。 it's pretty significant. すごくね。これまでメモリとデータ構成の関係で込める情報量を制限している状態でした。メモリの上限アップに伴いテクスチャーの構成を大きく変えて、キャラクターセクションが好きなだけ書き込めるようにした結果がこちらになります。そうなのよ。 So up until this もう一 point, 回 we 3回 did 目 have 行く to か work も。そ around れま some で of the にもう一回行くつもりだけ memory ど、 and 3 data 回目行くかもね、 structure, 私。 limitations, 多分行くと思う。 and so we had to be mindful of how much information we're putting down in a texture map. But now that we have a little bit more capacity in the memory that we're utilizing, we are able to update significantly the data structure of these different texture maps. So the character team were able to put in as much detail as they want. まあでも実際やっぱキャラハンって本当にすごいなと思うのが、ビフォーが今までなので、あれしかない情報量で、逆に今の装備の汚し具合とか、そのいわゆる経年劣化した具合とかっていうのを本当に職人技でどこにどれだけこう汚しを出すか、どこに出せばそれっぽく見えるのかっていうのを本当に一個ずつの装備にやってきたっていうのの積み重ねでもあるんで。そこがすごいよね。そうですね。見た金属のシーンすごい違いだったね。 One part that I particularly want to praise the character team about is, as you can appreciate by looking at the before image, they had such limitations with the data that they could use, but they were able to really implement their knowledge almost as that you could think of them as artisans in their craft. They worked with those limitations, but they were able to implement things such as dirt or degradation of the gear over time, and they worked on those, each piece of gear one by one, just building over time that knowledge and expertise, and I think that's really commendable. ありがとうございます。 Thank you so much. キャラハンめっちゃ喜んでると思う。 I think the whole character team are probably so happy to hear that right now. Thank you so much. はい、このテクスチャー改善により今まで以上に傷や汚れなど細かなディティールが出せるようになりました。 But yeah, with this update, we are able to explore and depict more weathering and the damage that is done to the pieces of armor. いや本当に良かった。本当に良かった。出会えて本当に良かったって思うよ。毎日のように。のリアリティ、汚れや傷のディティールを確認してみてください。
Yeah, so here's a before and すごい、待って、 after す once ごくない again. So yeah, if you 見て、 want to 先の take さ a look at ブルー how のところ much ちょっと reflection is implemented, ちょっ how と it スケルトン impacts な the 感 way じにな the ってんの armor よ。 looks, the realistic highlights, some of the details such as the weathering and the dirt can all be seen in here. 私は今までいろんなゲームをしてきたけど、こんな素晴らしいゲームは、まあ、これ全は先ほど部素晴らしいけど、の物理ベースのマテリアルにテクスチャーで質感をつけてパラメータを調整したものです。すごすぎるよ。 Next, I'd like to talk about some of the variations that we would have in the textures that we're depicting. First, we are looking at the physics-based rendering materials, and then we have added the texture onto those so that we would see like the different varying surfaces, and then adjusted the parameters. テクスチャーやパラメータの調整でいろいろな質感を出せるようになっています。すごい So ね。 being able to adjust these different textures and parameters, we are able to depict various textures. こちらがより正確に表現できるようになったので、ザラザラした質感や鋭くハイライトが入るような素材をうまく表現できるようになりました。Because the specular 明日は are more どうしようか、ミラー accurately 配信ちょっとだけす depicted, る we can see the タレ different イヤみんなと行きたかったけどな。 textures. If it's a rough surface or like a very 始まる前だったら言ってくれる？ sharp みんな。 highlights, タレイヤ。 a very shiny surface where a highlight would come in very sharply. 始まる前に。さらに金属だけでなく石材やプラスチックなど非金属もパラメータを変えることで表現できます。 And in addition to that, not just 16の metallic クオリティ objects, だ。 but we can apply the same kind of parameters to different stone 明 materials 日、お or 昼はね、 plastic 見 materials 柱 that are 行くん not だけど、 metal その後 as か well. な。行く？特に右下の木材の素材は、素材以外はテクスチャーは先ほどのものと同じものを使っていて、ハイライトと映り込みの強さだけが変わっております。 Especially looking at the different objects here, 天国も付き合っ everything てくれ except る for 試合だ the け。 wooden 4 material 層。 that's on the bottom right corner, we've used the same textures as the previous slide, and then we just differentiated the highlights and how the environment is being reflected onto the surface. やったやった。はい、布系の素材も設定できるようになっております。 And then we can also change the parameters on cloth-based materials as well. 2段目のものは特に輪郭部分にふわっと明るいハイライトが入り、布特有の柔らかさを表現できていると思います。また、毛布みたいなものにはファーの機能も組み合わせて作成をしております。 So you can see the second row here. It has a very sort of fluffy kind of ちょっと揺れてるように見えちゃうのは私の目の錯覚なんだろうけど。揺れて見えない。 where the surface is. お昼残念ながらメロディーさんお昼って言っても夕方だけど、ね、お昼は見柱行くからその後。はい、こちらの質感を組み合わせて 7.0 の装備は作られていきます。 So these textures were combined to build the outfit that you see in 7.0. まあ布と革のね表現は本当にめっちゃ良くなってるので、まあこっちもリアルですけどすごいリアルさは上がっていくのでぜひ注目してください。どんな感じ？動いたらどんな感じなんだろうね。すごそうだね。 drastic improvement. Well, here I'm wearing the costume, and this is of course real material, but you can also appreciate a similar appearance in the game. So I hope you look forward to it. はい、こちらはさらに物理ベースとは少し違うのですが、ガラス表現も強化しています。 So slightly off topic, this is not quite physics-based rendering, but we've also enhanced how glass is depicted. まあここはね本当半透明はめちゃめちゃ大変でめちゃめちゃきついんですけど、プログラマーがめちゃめちゃ頑張ってます今回。 Oh yeah, for sure. Semi-transparent materials are super difficult to work with, but the programmers have put in a lot of hard work on this. あ、そっか。ラハ君で来てくれるんだよね。ラハ君で来てって言ったのに。 が向上していると思います。 And then you can see here the scholars' job-specific gear. You can see that the texture depiction of the cloth has really improved. またメガネや小瓶などの表現もいい感じになっています。 Of course, I'm really happy to see how the monocle as well as the little file in the back looks really nice. はい、キャラクターの紹介の最後はモンスターです。まだお見せできるものは少ないのですが画像を持ってきました。
So next, we want to show off some monsters リアルだ features. ね。 We don't have very much to show at this point, but I did bring some images. はい、こちらはマムージャです。そしてマムージャ 7.0 ではこのようになります。 Here's a Mamuja. In 7.0, this is how it's going to look like. はい、透明おからでも解像度と質感が上がったのがわかると思います。すごいもう少し近くで見てみましょう。So yeah, even looking at it from a distance, you can see that the resolution and the texture has been enhanced. But we would also like to take a closer look. はい、初期に作られているため解像度が少し低めですが、こちらがこう変わります。 So of course, this is still in early stages, and so the resolution is a bit low, but it will change to this. はい、注目していただきたい点はやっぱりテクスチャーの高解像度とシェーダー対応による質感の向上です。ちょっと本当にレギュレーションに収まっているのが疑わしいくらい解像度が上がっています。 Of course, we would like to flag that the texture has, of course, been higher resolution, and then the shaders are put in so that the surface looks much better. And I'm すごいね、なんか suspicious ワニの if 肌って we 感 really じ。 fit into the proper ワニ肌って感 regulations じ。 that because the resolution on this is very ワニ肌 high. って感じしない？はい、こちらはポリゴン数のアップはまだ全然違うよねテクスチャーとシェーダー対応のみになっていますので、7.0 以降のモンスターはもう少しクオリティが高くなると思います。こんな変わるんだってぐらい So 変わ for ったね。 this one, we haven't modified 実装 the して number ほ of しい。 polygons that are being かわいいそ utilized. れ We も。 just ちゃん updated と the ね、度 texture 数 as 入 well って as る the よっ different ていうのもいいね。 shaders. But monsters are creatures that are introduced from the new expansion and beyond will have a higher number of polygons. So I believe the quality will be even higher for those. ねえ、ミコっても可愛かった。お目目めっちゃ綺麗だった、ミコって。ミコってて目が魅力的だからさ、すごいいいよね、目が綺麗になるのは。戦ってね、バディチョコボをね犠牲にして逃げたっていう場所ですね、ここね。嫌なシーンだ。This is really nostalgic. It brings back memories. Back at the time of A Realm Reborn, よし逃げって言われてる。a live letter. ヨシピーさんがめっちゃウケる。こ companion chocobo out, and I just の let こい him つ out ね、 to こい die. I just ran つ away. がってことかと思った。はい、懐かしいですね。ヨシピーさんが逃げたのか。はい、以上でキャラのご紹介は終わりになりますが、最後に面白い逆に動画があ怖いか、ったのでごちょっと覧ください。確かに。 So yeah, that covers all よし逃げ。 the updates to the 私も character よし逃げしちゃおう aspect. かな、どっ But か there で。 was one interesting video that I had on me, so I would like to show that to you as well. こちらは見た目というより作業効率改善の一環として作られているもので、顔の、ポリゴンを全部統一化しました。 So as you can see here, this is more about work efficiency rather than updating the look of a character. But, we would take the polygons of the different races and we've kind of standardized the number. これがですね、今まで全てのキャラクターこう種族バラバラなデータを持ってたんですけど、ついに変形で各種族がポリゴンの形を統一することで表現できるようになったというね、すごいね。開発チーム的には凄まじい大歓喜な状態でございました。虫系よりリアルになるね。確かに。 Yeah, up until now we had separate data for each of the races, but by using this new technique, we can basically just standardize the polygons, as it were, and by this technique is just pretty much amazing for the dev team. こうすることでデータ流用の幅が広がり、アセット制作の効率アップにつながります。 So yeah, by having this tool in place, we're able to repurpose some of the data that we have so that it allows for us to be more efficient when we're creating assets. こちらは皆さんが直接ゲームで触れる部分ではありませんが、グラフィックスアップデートでは見た目の改善に加えて開発効率の向上も合わせて行っております。 So this is an element that players may not necessarily see within the game, but in the graphical update, it really helps our designers. In addition to how the characters are depicted, it allows for the developers to work more ありが efficiently. とう。後で見返以そう。上でギャラの紹介は本当に終わりになります。ね、すごかったよね、ミコっ Okay, て I の違い。 think that covers the portions for the characters. 可愛かった。何これ？目がね。これはアルパカのような何かで。Hey, just what is this? アルパカのよう Yes, な。 it is. あ、 It is 可愛い。 kind of like an alpaca. めっちゃ可愛い。
なんかちょっと乗れそうな蔵がついてますね。Oh, it looks like you might be able to mount it. めっちゃ可愛いじゃん。欲しい。シェーダー綺麗ね。はい。Oh, that first shader is pretty, isn't it? はい、というわけでキャラクター紹介は本当に終わりになります。ありがとうございました。So that covers the character portion. Thank you again. ね、マウントかわいい。来るんかもね。実装されるのかも、このマウント。いや大変わかりやすくてありがとうございました。そして志田さん大変お待たせしました。Thanks so much for your explanation. It was so easy to follow. And now, thank you for waiting, Shida-san. It's your turn. さあじゃあいよいよ続いてはバックグラウンド行ってみましょうか。Okay, so without further ado, let's move on to the backgrounds. はい。では改めて自己紹介をさせてください。バックグラウンドアーティストの志田正人と申します。So once again, allow me to introduce myself. I am background artist Masato Shida. 私はですね、ありがとうございます。可愛い。Wake up! 私はですね、今まで環境制作やテクスチャのブラッシュアップを担当してきました。そして現在は背景全体の絵作りに関するクオリティコントロールを主に行っております。So up until this point, my duties included reviewing background, visuals to ensure quality, environmental design, and brushing up the game's texture. But nowadays, I'm handling more of like quality control of the different background elements that goes into the overall game. 志田さんも業界に入ってから、11、12、14ともうファイナルファンタジー一色って感じですよね。ね、すごいね。 So after you entered the industry, Shida-san, you've been involved in FF11, 12, 14. So Final Fantasy is pretty much a core part of your career, isn't it? それを23年やり続けてきましたね。Yes, for sure. It's been about 23 years now. 現状何か環境で困ったことがあると僕が一番頼りにしてこんな感じに志田さんなんとかしてって最後言ってるので、もう志田さんなくしてはちょっと生きていけない体に僕はなっております。So whenever there is some issue we have with the environment, I think of Shida-san, and I'm like, hey, Shida-san, just make it work somehow. I mean, I rely on you so much that I would definitely say that if you weren't there, I wouldn't be able to survive. 非常に光栄です。Oh, thank you. I'm very honored. はい、それではですね、私が今まで制作に関わってきた仕事の一部をここでご紹介したいと思います。Okay, so I'd like to show you some of the work that I have done in the past. はい。コーヒーなんかな。コーヒー好きだもんね、ヨシピーさん。リムサロミンサ。リムサロミンサ。ウルダハ。ウルダ。高知ドラバニア。ドラバニア。ギラバニア辺境地帯。Then Girabania. ラクシュミ戦。ラクシュミ。Lakshmi battle. つくよみ戦。つくよみ battle. レイクランド。レイクランド。レイクランドだって。そしてアムアレーン。アムアレーンだって。こうしたエリアの環境とテクスチャーを制作してきました。すげえ。 I worked on the different environment and the textures for these areas. 難しいとこばっかりね。ねえ。アムアレーンいいね。アムアレーン最初飛べないとき怖かったけど。このリムサロミンサなんですけれども、こちらはイギリスのドーバーやイーストボーンの海岸で見ることができます白い岩壁をモデルにして作っていたんですね。So especially for Limsa Lominsa, I took inspiration from Dover. リムサってこんな形なんだね。全体的に見たら不思議な形だなっていつも思ってたけど。That you can see in some of the coastal areas. 行けそう？時間ありそう？わかんない。Do you have any time to go? 行けそう。ですね。I think I might have time to go sightseeing in Dover. 時間か。今回せっかくイギリスに滞在しているので、ドーバーの白い崖、ホワイトクリフスを実際に見に行って写真を撮ろうと思ったんですよね。
Yeah, because I'm here in London, I would like to travel a little bit to see the White Cliffs in Dover and take pictures. すごいよね。いやもう実際リムサでちょっと志田さんとは実は思い出があったりします。Amazing. But come to think of it, I have a little bit of a memory with you, Shida-san, when it comes to Limsa. これだよ。やばいよね。まあ改めて会社の方でそのRLMリボン全部作り直していいぞっていうゴーサインが出たので、よしじゃあとにかくできるだけ軽い環境でより高品質に動きつつ、どうやって皆さんに快適に遊ぶかっていうのをこういろいろなプランニングし始めた時に。確かサンプルモデルケースとしてこうグリダニアを改造するっていうのに取り掛かったんですね。So it was back at the time when it was decided to remake the original 14, and I got the approval to basically reproduce the game as a Realm Reborn. And back at that time, I had in my mind to kind of reapproach the environment so that they would be more lighter, as it were, so that it would allow for more efficient movement, and therefore it would be easier for the players to navigate. And as a model case, we looked at Gridania, and we went about remodeling Gridania. Gridania じゃない、ごめん、リムサロミンさん。ごめんごめん。My bad. Not Gridania, Limsa Lominsa, of course. で、その時に当然その読み込みを挟まないと街全体が表現できないから、どこでローディングしてその移動させるか、上層と下層を移動させるかみたいなことを自分でこうチェックしてたんですけど。So back at that time, we had to split up the town in separate areas in order to have a kind of loading process in between. You could think of it, for example, maybe Ishgard. So in Ishgard, you have the pillars. ね、難しそう翻訳。シュガルドじゃない。上層と下層。このリムサの上層と下層の話。Upper decks and lower decks. Yeah, the upper decks and lower decks. むずいね。 So between those two, you would have an area in between where you would be loading. で、あまりにもテクスチャーのクオリティと環境が高すぎて、逆にどこをどう歩いてるのか分かんない。翻訳超むずいと思うよあれ。上層下層。じゃあデザイナー全員集まってもらって、そうなんだ。こういうギルドの看板立てるよ。ここからは移動した先に何があるのかが分かるようにしていくよって言って、もう大改造をみんなでこう寄ってたかって始めたのがリムサだったので、すごいね印象残ってるんですよねそこ。But yeah, back at that time, it would be too much stress to navigate, and we were like going through a process of deciding where we would put certain guilds and such. And I think when we went through that process, Limsa Lominsa had really kind of a special part in my memory because of that. その時から大変お世話になっております。Back at that time, you did a great job, and you really helped me through that process. 大変そう翻訳私はですね、はい、こちらですね。すごい上手に伝えてるよね。いろんな場所で写真撮影を行ってきました。But yeah, just moving on. I have taken various photos in the locations that I visit. わ、あの絵めっちゃそっくり見て。良い機会ですので、私が撮影してきました写真の一部をここでお見せしたいと思います。めっちゃそっくり。可愛いこの絵。はい、まずフィンランドを旅行した時に撮影した一枚です。So this is a great opportunity for me to show off some of the photos that I took. I would like to show you an image photo that I took when I was visiting Finland. はい。映像すごすぎてさ。いかがでしょうか。So what do you think? 素晴らしい芝です。まあ皆様はご覧の通りもいかにもフィンランドらしい写真ですよね。Just exude the sort of Finland feeling. 逆系なの。そうね、日本にはない草がありますね。ところどころね、知らない草がありますね。これだよフィンランドって。フィンランドのね、この草がね。素晴らしいですね。フィンランドといえばやっぱこのね、この地面のね、この砂と、そしてですね、この砂利と草の混ざり具合のバランスがね、非常に良いんですよね。But I really like how the pebbles on the ground kind of mix together with the grass. 可愛い。とはいえ、旅の思い出としてこういった写真を撮る人っていうのは
世の中にあんまり多くないと思うんですね。そこでなんで私がこんな写真を撮ったのか、その目的をこれから明らかにしていきたいと思います。Okay, that said, I'm sure a lot of people, when you visit a new place and you want to document your journey, this might not be necessarily what you would remember your trip by, but allow me to explain the purpose of having a photo like this. ミミさんはフィンランドに住んでるからね。ミミさんはフィンランド出身なんで。まずフォトショップでこの写真を開きまして、私の足をね消すことから始めていきましょう。So I take this photo and then I import it into Photoshop and I will begin by removing my feet out of the photo. 後ろのものとか。はい、足消えました。There you go. It's gone. 俺いつも思うんだけどさ、なんでこんなに綺麗に足だけ消えるの？移植しとるんよな。移植です、移植。How can you so cleanly take away the feet? 消しゴムマジックで。フォトショップって便利ですよね。消しゴムマジックで消してやるのさ。全然似てないね。私の名前フワちゃんです。消しゴムマジックで消してやるのさ。正方形に変更します。消してやるのさ。なんか似てなくなっちゃった。はい、そしてこの正方形の画像をコピーして隣に配置してみましょう。フワちゃんですの言い方は似てるでしょ。はい。今ですね、この2つの画像の端が分かりやすく見えてますよね。この境界が分からなくなるようにきれいにつなげていきます。So right now, because it's just placed next to each other, you can see a clear border between the left and right image. So I would like to blend it so that you can't tell where the graphics are placed together. はい、つながりました。And there you go. いつも俺思うんだけど、なんでこんなになんていうの自然につながるのかね。Every single time I think this, but just how on earth do you make, like, does it kind of blend so naturally? マクロネさんやってる移植手術でしょ。アーティスト的にはもう当たり前のようにやってるので説明がちょっと難しいんですけれども、フォトショップって本当便利ですよね。簡単でしょって言ってた。I mean, as an artist, it's quite like second nature at this point. So it's kind of hard to put it into words. But again, I just love Photoshop and its capabilities. フォトショップなら一瞬間。フォトショップ私昔使ってたけど、このように加工して端がきれいにつながる1枚の画像を作成します。Okay, and so I continue to modify this 3種類ぐらいのがあるんだ。 the edges will blend together cleanly and prepare this as our central image. ごめんさらっと言ってるけど、さっきこうつなぎ合わせた右の面とこの左の面がループするようにつけたのを全方向これもうやって4枚つなぎ目がない状態にしてるってことだよね。So you mentioned kind of very like how you do it very easily, but there's kind of like the right side and the left side where the edges are touching, and you are blending that. But and this process is kind of a loop process, but you're applying that on all directions, right? そうですね。上下左右がきれいにつながります。Yep, so we can connect it so that you can add more images to the top, the bottom, left, and right. これはゲームの基本なの？はい、さらに9枚並べてみましょう。Okay, so we will take that same image and we will tile 9 of them now. きれいにつながってますね。Came together pretty nicely. つながりました。これをテクスチャデータとしてゲーム内の地面に貼り付けてみます。And so we will take this image and convert it as a texture data, and then we're going to paste it onto a ground surface in game. ちょっとね、1個言っておきたいんですけど、今これ9枚並べてあるじゃないですか。でも実際に使ってるテクスチャーと呼ばれるデータは1個なので、コピーしておいているだけなので、そのいわゆるメモリって呼ばれるものに対しては1枚のテクスチャーでこれだけ広範囲なエリアをきれいにかつ広く見せていけるっていうことなので、さらっとやってますけど、かなり大事なところです、ゲーム開発において。
want to mention one thing here, but in this example, you can see that there were 9 panels. まあでも確かにパターンは見えちゃうね。 In the game, the actual data is just なんか one 特に編集してる側からしたらさ、すごいわかるよね。 And then, in terms だ of け what ど we refer to as memory, すごい綺麗に the 編集 texture す is るよな。 applied over a 本当 large に area. So although it is quite an easy process, at the same time it's quite 本当 important に素 for 晴 game らしいと思う。 development. さあじゃあゲーム内に貼ったこれね。貼られた。 And so here we have what is applied in the game. すげえ、もう貼られてよる。く馴染んでるように見えませんか？ But yeah, doesn't いい it 感 look じ。 good with the character in there? Does it look very 全 well 然なん done? かまだらに見えるけどな。これで1枚だフィンからか。ランドの地面がゲームのデータになりました。 1枚だ So か the らか。 ground from Finland is now in game. はい、さて、このテクスチャをもう少し大きい地形のモデルデータに貼り付けてみます。 And then now we will place this すげえ。 texture data on a larger surface area. すごい。そして出来上がったのがこちらになります。 And this is the final product. あ、はい、フィールドのラビリンソスの地面ですね。 As you can see, this is あの labyrinthos. 写真からできたの？このエリアはですね、奥に白樺の木が生えていて、ちょっと北欧の雰囲気があります。なのでフィンランドの地面がねよく馴染んで見えているのではないでしょうか。 Yeah, so in this フィン area ランド there's か a らこ lot う of ラブ birch リン trees ソ in ス the の back, 地面って and フィン so ラン it ドの does 地面 have な that の？ sort of northern すげえ。 European feel to it. So I thought すげ that え。 the ground image that I took in ねえ、 Finland デコボコまであ blends る in ように見え very たよ well. ね。さっきのやつ。デコボコあった。すげえ。いやーこれね実際コメントとかでも感動すぎる。さっき上から見てた9枚並べたやつつながりますじゃない。見えるよねむずい。このままでは使わないでしょってコメント出てたんですけど、Yeah, so I was looking at the comments and they were remarking about the 9 panels which we had at first, and they were saying, okay, that's looped, but definitely it wouldn't be, we wouldn't be able to just use that as is, right? でも実際には地形データに沿わせたりオブジェクトと呼ばれる岩を置いたり木を植えたり草をさらにその上にでまぶしていくことで実はループをねどうやって感じさせなくするかっていうのはできたりするわけですよね。なるほどね。テクスチャ同士道を重ねてそのループをうまく目立たなくしたりとかねやるんですよね。すごい。But yeah, what we do is go through a process of applying that terrain in the environment. So we would put rocks here and there. We would have grass. We would have trees. And basically, we would add kind of combined textures, add like maybe a path in the environment. So going through this process, we can basically kind of cover or make the loop not stand out as well. 地面を歩いてる分にはリピートもね、そこまでは気にならないですよね。Yeah, for sure. If you're just walking along the path, it might not seem too obvious that these are being looped. このようにですね、私はその撮影した写真をテクスチャに加工することで、14のさまざまなエリアの地形や建物を作ってきました。So as you can see, I would take some of the photos that I take and modify it so that it'll become a texture data and piece it into some of the areas in terms of the terrain as well as buildings. さて、もう一つ写真をご紹介しましょう。こちらはですね、東京のとある公園を散歩中に撮影した一枚です。Let me show you another photo. This was taken in Tokyo when I was strolling through a park. この時間の経過を感じさせる石畳の割れ具合がね、かっこいいですよね。I really love how some of the stones are kind of deteriorating, and you can see that sort of passage of time and the history behind it. あとこの石畳の目地のラインがまっすぐではなくてちょっと歪んでるっていうところも最高ですよね。And I think it's just so great that these are not in like a perfect grid. There's some sort of warping in certain areas, and some of it is not exactly perpendicular. 皆さん私の話にちゃんとついてこれてますか？Everybody doing okay out there? Are you following along? Maybe.
はい、これもですね、すぐにテクスチャ化しました。Of course, this image also is turned into a texture as subtle. はい。でですね、今度は、この石畳の目地にちょっと雪をまぶしてみました。雪まぶしてる。In addition to これは the texture ど that こ we クル have ザス naturally ど in こ the ですか stones, I 最新 added ど a こ little bit of snow. 最新だったらどこだ雪構成できたのが、イシュガルドの石畳ですね。And 石 that's ガルドだ。 how the cobblestone areas in Ishgard was でも created. クルザス当たってない？石ガルド。すげえ。まあその辺っていうのはね。ありがとうございます。これ東京の公園。東京のとある公園。すげえ。 So that's from a park in Tokyo. こうな Yes, る a んだ。 specific park, a certain park in Tokyo. はい。またこの石畳の写真はですね、ひび割れを消して、ラビリンソスにも実は使用していたんですね。And the photo that I used for this area was repurposed. I removed some of the cracks that are in the ground and utilized it in labyrinthos as well. はい、それがこちら。You can see that here. はい、同じ写真、写真を使いまして、こんな風に別のテクスチャを作ることもあります。そういうこと？ Sometimes we do repurpose the same photo asset to create a different texture. このように、ロンドンでもあちこちを撮影して、今後の背景制作に活用したいと考えています。So I would love to take a lot of photos while I'm here in London so that I can utilize it for production of the environments. はい、ではですね、背景に関するグラフィックアップデートのお話に入る前にですね、まずは背景の制作とはどのようなお仕事なのか、簡単にご説明したいと思います。Of course, we will be talking about the different graphical updates to the backgrounds, but before we do that, I would like to quickly go over what I do in terms of background design. バックグラウンドアーティストは街やフィールド、宇宙、そして謎の魔法空間でプレイヤーが行動するすべての空間を作ります。So a background artist, as written here, create all of the environments player interact with, from towns and landscapes to the boundless sea of stars and worlds beyond the physical realm. 10時半に終わる。各エリアは企画書を元に作成していきます。あ、くだねだ。企画書には大まかな世界設定の説明はあるんですけれども、その地面にはどんな草が生えているのか、また建物の壁のレンガはどんな風に積まれているのか。といったようなそのディティールまで説明されているっていうことはまずないんですね。So whenever we create a new area, we are given specification documents and we kind of come up with a design based on that explanation. That said, of course, they provide some context on what the lore in that particular area is, but they don't go into very minute details like what kind of grass grows in that particular environment or what kind of bricks or what kind of building materials are used, how the bricks are stacked in some of the buildings. So yeah, that kind of information is rarely ever explained to us. ディティールの表現はアーティストの裁量に任されています。そこで私たちは想像力を駆使して情報を肉付けした上でさまざまなエリアを作成していきます。エルピスむずいよね。地図いまだに覚えれない。ウルティマトゥウルティマウルティマトゥーレも大好きだよ私。These different areas. 目指しているのは、ファンタジーとして説得力があり、かつプレイヤーの皆様が感動できる世界の表現です。And what we strive for is something that passes or that is recognized as a fantasy realm, plus the players would appreciate and be moved in these different worlds. 次にですね、私が主に担当してきました環境制作、ライティングについてご説明したいと思います。Next, I would like to explain what I specifically worked on in environmental design, primarily on lighting. 環境制作は光や大気を調整することでゲームの雰囲気を作る、とても重要な仕事です。So as written here, environmental design is vital in creating the atmosphere as the artists control each area's daily lighting cycle and the appearance of its sky. こちらサベネアの空ですね。
こんな風にエリアのイメージに合った、ユニークな空を作成していきます。What you see here, of course, is the sky in Thavnair. So we tried to create the sky that is very appropriate and unique to the area. サベネアも結構ね、空の色をちょっと緑っぽいというか青というかすごい微妙な感じにしたいんで粘りたいって言ったので、確かに海がそうだもんね。だから海がそうだから空もやっぱね共通して緑っぽいのがいいもんね。So I said I want some sort of green in there, some blue in there, and Shida-san was very receptive. いいって作業する？今までログアウトになっちゃった。いろんな空とかこのまま寝ても大丈夫なのかな。一回つけた方がいいのかな。ここが一番好きです本当に。Yeah, out of all the skies that we've produced in 14, there's various types of sky or various vibes. 14合ってるじゃん。私14っていつも言うけど。Sky here is probably my favorite. 14って言うけど。ありがとうございます。私もここは非常に気に入ってますね。Oh, thank you for that. I really love the sky here as well. はい。また、雨や雷、霧などのね自然現象を加えてさまざまな天候を作ります。And also we create different climates as well and weather. So we add different rain, lightning, fog, other natural occurrences. ちなみにですね、ゲーム内の雲も撮影した写真を加工してテクスチャを作成しています。ハウス見に行くねルーさん。And by the way, the clouds that are depicted in the game as well utilize these different photos that I've taken that I've modified as texture data. またダンジョンなど屋内に関しても、ライト配置の調整を行うことで14らしい印象的な空間を作ることに注力しています。And of course, with dungeons as well and indoor situations, what I would do is adjust some of the placement of the lights so that it would stay relevant within the Final Fantasy 14 realms and give that impression of these different areas. わあ、5個指してます。ライティングっていうのはとても面白い仕事なんですけれども、反面、とても難しい仕事でもあるんですね。で何が難しいのかっていうと、そのチーム内で完成のイメージを事前に共有するっていうことが非常に難しいんですね。So of course, lighting is a lot of fun and it's a very interesting work that I do. But at the same time, it is quite challenging at the same time. What's most challenging for me is being able to, or the challenge is to share the image that we envision in our minds amongst our teammates. その制作を始めるときにゲームプランナーはライティングのイメージをアーティストに伝える必要があります。ただその光っていう形が見えないものに対するこだわりを分かりやすく言語化するっていうのはかなり難易度が高い行為なんですね。Whenever we begin production, the game planners or the game designers would convey what kind of lighting they would like in a particular area to the artists, but that issue is lighting is such a difficult concept to convey in words, and so trying to find the right way to explain it to the artist is definitely a challenge. そのためゲームプランナーからのライティングのオーダーは大体こんな感じになります。So whenever there is a request for lighting by one of the game designers, it kind of goes something like this. 気持ちいい感じで。Give it good vibes. 笑っちゃってんじゃん。もう笑っちゃってんじゃん。いい感じのバイブスでね、よろしくねっていうと。just give it good vibes. あとこれも多いですね。気持ち悪い感じでってね。This also comes up often. Give it bad vibes. あと最後にこれ。Oh, and finally. お任せで。お任せでやばい。めちゃくちゃわかりやすいっていうね。I mean, I guess it's easy to understand. 大体4つの単語で仕事の説明が終了するって簡潔ですよね。I mean, isn't it nice that you only need 4 words to convey what you want to tell them what you want them to do? Simple is best. いやでもちょっと笑い話じゃないんですけど、今僕らから見てこのお客様、プレイヤーの皆さんが座ってるところの中間層って赤いライトが灯ってます。
Yeah, but in reality, it's not really a laughing matter. So we can see here we have our players in the audience, and what we can see in the center is a red light, which is dropping on you. この環境って、我々今ここに開発者3人いて、3人ともおそらく同じようなライティングが見えてると思うんですけど、So we have 3 members of the development team here, and I think from each of our perspectives, it all looks the same to us. そうこの皆さんが映っているこの赤い今のライトの状態が僕にとってはクールだな、かっこいいなって感じる人もいれば。But when we see that light, we can see 英 this 語 red わかる light の in よ、 front スピ of ン us, さん。 but な I ん think か some people might perceive it as cool. ちょっと落ち着いていい具合の色だなって感じる人もいる。And some people might perceive it as maybe a calm and kind of relaxed color. なのでゲームデザイナーの発注も一つの気持ちの悪い感じでって言っても多分頭の中に想像している気持ち悪さは本当に人によって違ってるので、もう一旦気持ち悪いと思う志田さんのセンスでやっちゃってくださいみたいなのが多分発注で多いんだと思います。なる So ほどね。 when we take a scenario where we're giving an order for game はいはい design, 聞いてるう maybe ち someone に what they have in their head, they want something to have あ、 something なる that ほどね、 feels 喋るの like 苦手だけどわかるんだ。 uneasy. いや、そうだよね。 and だって途 when they 中 give であ、違 that う違う request とか to 言ってたも Shida-san, んね。 for example, すごい it と思っ would て。 be basically what Shida-san would perceive to be uneasy. 結果ね。気まぐれのサラダ、気まぐれサラダ。And so the end result is do whatever you want. 住んだら行こうかな、ルーさんちか。アーティストにいいね。求められているのは、明日そう細かい明日やり取りを夜しなくて夕方行こうかなも、もう意図をルーさんち組んで、その場所に合った良い雰囲気を作ることなんですね。But I think, yeah, in other words, that means the artists are required to be able to interpret, and without having to have detailed discussion, we are able to create that nice environment, that nice feeling, atmosphere with what dialogue we have. なので、私は今回求められているのはこんな感じかなと、想像しながら日々制作を行っています。以上、背景と環境制作について簡単にご説明させていただきました。So each time a request is made, I would think about, okay, so I think this person wants me to depict an environment in this way, and kind of let my imagination kind of flow 仲がいい、 when I 確かに create 仲 these がいい different ね、みんな。 aspects. So yeah, that みんな kind of 仲いいよね。 sums up what I do in terms of background design as well as elemental designs, environmental designs. スタートがどうしてもゆるもは綺麗だよね、ニュアンスから始まる外からこ空。そ作ってもらった環境に対してのフィードバックは僕はもうとにかくできるだけ具体的にするようにって自分ですごい意識してさせてもらってはいますね。So I think it's precisely because at that starting point, the nuance is there, that when we look at the environment which is created, when I give my feedback, I try to be as specific as possible. So I always try to keep that in mind. 例えばハイデリンのね、マップとかだと、もっとブルーのクリスタルの反射が強く欲しいから、白と青をうまくコントラストつけて、暗さは飛ばしつつ青を強くしたいとか、できるだけその志田さんのここから先はイメージがちゃんとあるならそれに合わせてやるぜっていうのに対してとにかく一生懸命喋るようにするっていうのが結構僕の仕事ではあったりします。So maybe, for example, we could look at the Heidelin, and the Heidelin's blue crystal. Maybe I would want more kind of blue contrast, more blue in there, and I would give the contrast, ask for a contrast between the white and the blue to kind of get closer to what the image that Shida-san has in mind. I think it's also part of my job to be able to go through that process to align with the vision that is there. さあではここからはさらに志田さんに、第一次グラフィックスアップデートの、エンバイロメントのあたりも説明していってもらいましょう。 Okay, so with that in mind, let's take a look at what will happen to the environments with the first graphical update. はい、さてここはですね、背景に関するグラフィックアップデート、今後の変更点についてお話ししたいと思います。はい。
Yes, so I would like to explain what the graphical update will mean for background elements, especially some of the changes that will be made. 以前から、吉田さんの方からお話ある通り、まず草がきれいになりますね。So first of all, I know Yoshida-san has mentioned this already, but grass is going to become much neater. これは SS がはかどる。すげえ。 This is how it will change. これはすげえ。これ SS はかどるぞみんな。SS がはかどります。すべてのエリアがこんな風に変わりますので、楽しみにしていただければと思います。So yeah, all of the areas will implement this change. So I hope you look forward to the results. これはね、エンジンみたいなもんなんで、一気に全エリア変わりますからね。Yeah, so this is something akin to an engine, so it's just like an immediate application to all the areas. はい、また、金属表現が改善されることも以前からお伝えしておりました。8ライトもね、より綺麗な見た目に変わるんですけれども、こちらはぜひ回転しているところを見ていただきたいと思います。So of course, we've also mentioned that metallic surfaces will have an enhanced look as well, and that applies to aetherites as well. Of course, these are going to become much more enhanced. I would love to show you how it looks like as the aetherite turns in this video. Go. There you go. 全然違うじゃん。待って。すげえ。なかなかギラついてますよね。クリスタル感すげえ。でもね、チャーレアン一番好きなんだよな。グラフィッククオリティ高いなって、綺麗みたいな一般の人にも伝わりやすくなるね、こっちの方が。チャーレアンね、デジョン先にしてる。Because the reflections are so clear, I think even for just a regular person, it's easy to see that there is quite an improvement with the graphics updates. スクリーンショットで並べて比べてもこんなに違うもんね。全然違うわ。So you can see such a night and day difference when you compare the screenshots. それもそれで良かったんだけどね、前のも。だけど、やっぱ向上しているのがわかるかと思いますね。For sure, yeah, you can see that the metallic surfaces as well as the crystal portion has been enhanced. 他にもですね、背景に関する変更点がたくさんあるんですけれども、そういうことか。吉田さんが基調講演の中でこんなに変わりましたどやね、こうで紹介するにはちょっと地味な項目が多いんですね。そこで、今回は私の方から、細かな変更点をいくつかご紹介したいと思います。So there are other elements in terms of background that has been changed, that are going to be changed in this graphical update. But I don't think it's appropriate for Yoshida-san to cover these in say keynote presentation. Like, this is the changes that we're going to have. Huzzah! So it's rather subtle. So I would like to explain these from. それ何の曲だっけ？はい、まず私が注目してほしいのは、フォグ、大気の表現が豊かになることです。音気学習そういうことだわ。こちらは霧のオールドシャーレアンですね。So first, I would like to have you look at the fog depiction here. The atmosphere and the air about these certain towns will become a lot more varied and rich in their depiction. For example, this is Old Charlian in the fog. 次に紹介する映画、僕一番めっちゃ気に入ってるんで、ちょっと皆さんよく注目してご覧ください。The next image we're going to show you is actually my favorite one out of all of them, so please pay attention. 楽しみですけど、とっても。すげえ。めっちゃリアルだわ。下にそうだ、霧ってそうだよね。変わります。フォグのより細かい制御が可能になっていますね。特に太陽周辺は光が拡散することで、より綺麗にね見えるようになります。Yeah, as you can see, the fog is a lot more sort of nuanced and has that sort of detailed depiction in there. And if you can see up where the sun is, the light kind of scatters around there, making it much more beautiful, much more realistic. なんかよりこう奥行きと高さが出たんで、朝の霧って感じするね。要はものすごく三次元的な絵作りがね、これすごいしやすくなってるというか、そうやばいやばいやばいってると思うんだけど、めちゃくちゃ気に入ってるんで、まさにリアルな冒険というか、いろんな地域旅してるなっていう感覚になってもらえるんじゃないかなと。実際作ってはいかなきゃいけないんですけどね。
Yeah, I think because of this, there's really a sense of depth and height. So we're really able to incorporate a three-directional approach to the image, the overall image that we want to make. And I think that's all down to the various adjustments which you kindly handle. So I think because of that, we can really get a sense of real adventure. But of course, having said that, it's now going to be the tough job of going forward and creating those environments. はい、そしてこちらはエルピスですね。より光がね、こう柔らかい印象になってるかなと思います。Also, here's Elpis. As you can see, it feels a lot more soft in terms of how the light kind of shines down here. そしてイルメグですね。時間帯によってはこんな風にですね、湖に霧が発生することもあるかもしれません。こんな感じで今はですね、既存のエリアの霧表現を順次調整している最中です。And then here you see Ilmeg. So depending on the time, the lake area has like a fog cast over it, and so you will see the depiction here. So right now we are working through the different areas to enhance how the fog is being displayed. 次に影の表現も変更点があります。この画像ではですね、手前の建物には影が入っているんですけども、中央の奥に見える建物には影が入ってませんね。影の描画っていうのはその処理負荷が高いので、今まではごく近い範囲しか影を表示させることができませんでした。So next, we're going to be making updates to how shadows are being depicted. So right now you can see that there's a lot of drop shadows or cast shadows in the foreground of the image. But then if you go further into the background, you do not see as much details in terms of shadows being cast. The reason being is rendering shadows take a lot more processing power and load. So we were only able to depict shadows in more detail when it's closer to the foreground. 今後はこのように変わります。奥の建物の屋根付近に注目してみてください。And so moving forward, we're going to be updating it to this after picture. If you would pay attention to like the top area of the building in the background towards the roof. わーすげーリアルだ本当だ影できてるわ建物に。描画負荷対策のためにどこまでで影を諦めてたかっていうのが結構一目瞭然ですよね。But yeah, I think it's pretty obvious to see where we gave up on in order to lessen the load for the rendering. So now you can see how different the shadows take. 本当に見比べるとよくわかりますよね。綺麗だね。すごいね。影の描画範囲は約2倍に広がる予定です。より自然な景観になるので、アーティストとしては非常に嬉しい変更になりますね。For sure, yeah. If you look at it and compare it, I think it is pretty clear the difference it makes. And I believe with this update, we're able to double the area that we can start rendering these shadows. And it will allow for a much more natural depiction of the environment. So from an artist perspective, it's we're really happy with that update. はい、こうしたビフォーアフターの画像をね、よりじっくり見たい方は、この開発パネルが、アーカイブになったらね、アーカイブをぜひご覧になってみてください。I'm hoping that this video will be up in the archives if you wanted to compare these before and after images in more detail. So yeah, once it does go up, we would love for you to check it out. いや、家賃じゃないわ。PS5 またアンビエントオクルージョンも改善されます。これはですね、部屋の隅ですとか、家具の設置面などに入る陰影表現のことです。耳がもう聞こえてないかもしれない。Also, we will be improving upon the ambient occlusion. This is where you see the edges of the rooms and then some of the areas where objects are placed on top of a surface. Some of the shadow that drops there and some of the darkening that's happening towards the edges of the room. 今ご覧いただいていますのが従来の状態ですね。Of course, right now you're looking at a before image, so this is what we currently see in game. 14はね、いわゆるグラフィックスのクオリティを高く見せる上でアンビエントオクリュージョンって非常に大事なパラメーターなんですけど、14結構ね効きが弱いんですよね。あえてその処理負荷かけないように下げてたって部分もあるからなんですけど。
Yeah, so talking about 14, we want to have a high graphics quality, but in terms of ambient occlusion, we haven't really enforced it that much because, of course, we want to lower the stress on the system. あったね、そんなシーンも。つゆちゃんとの。But now you can see the after image. おー、すげー。見比べてみるとね、かなり物の設置感が良くなってるかなと思いますね。すごい立体感めっちゃ出るじゃん。You can see that the objects are really realistically placed in a certain area or a certain room. また、ディティールマップという仕様も今回実装されます。カメラをオブジェクトに近づけたときに質感が以前よりもよく見えるようになります。And then with the graphical update, we'll also be implementing what's called a detailed map. This is when if a camera goes near an object, you can see the surface and the texture better than you were able to before. 例えば今見えている正面の壁にカメラを近づけてみます。So for example, we are going to bring the camera closer to the wall that we see here. 現状はこのような見え方ですね。So this is how it is currently. 手前がちょっとボケてますね。As you can see, the foreground is kind of blurry. 今後はこのように変わります。And then moving forward, it will change to. おー、ちょっと反射してる。あ、でも元々か。でもすごい綺麗。ありがとうございます。金じゃないけど奥もすごくない？質感がね、ちょっと鮮明になったのがわかりますよね。微妙な変化ではあるんですけれども、このような実装も追加予定になっています。So yeah, as you can see, you can clearly see the surface in the wall with the after image. It is very subtle. It's a minute sort of change, but we are planning to implement these kinds of enhancements. 今回ご紹介しました項目以外にも変更がまだまだ入る予定です。So yeah, we will continue to add more changes that we have not explained during this panel. そして今はですね、この新しい仕様に合わせて、過去10年間で作成したデータを順次調整している最中です。修正するエリアの数がね、もう数えたら700ぐらいあるんですよね。やばい。で、これ本当作業が終わるのかなってちょっと今ね、すごいね。ゆきさん、こんばんは。So right now we're trying to look at the different data and the assets that we have created over the last 10 years and making the adjustments as we go along. But we need to update about 700 or more than 700 different areas. And so I'm a little apprehensive about will I really be able to finish all of the tasks that are required. 大変ではあるんですけども、でもこのタイミングで過去のエリアを調整できるっていうのは、開発者としてはとても嬉しく思ってるんですね。Of course, it is a very large undertaking, but it's really great that we can revisit some of the previous areas at this time and make adjustments to them. Because as a developer, it's really nice to go back and fix some of the things. やっぱグッドはね、モチベめっちゃ上がるんで、10年も開発を続けていると、10年前の未熟な自分が作ったエリアを見るのがちょっと辛くなってくる時があるんですね。なので、今だったらこう作るんだけどなっていう後悔してるエリアがちょっとあるので、この機会にこっそり直そうと思ってます。そういうのあるんだ。職業病じゃないけどさ、そういうのあるんだね、やっぱり。You will see some of the old work that you've done and kind of be a little embarrassed by just how immature I was when I created the area at the time, and it's a little heart-wrenching sometimes to see my past work. And it's like, oh, I would not do it this way if I were to work on it now. So there are quite a few areas that I want to go back in and kind of sneak in some updates and changes. はい、ただ既存のねエリアの変化も楽しみにしていただきたいんですけれども、今後やはり注目していただきたいのは黄金のレガシーのね新しいエリアになります。
Of course, we will be revisiting the existing areas, and I'm hoping that players will be looking forward to how it's going to change. But of course, we would love to also mention that we are looking forward to the different updates that we're making for the Dawn Trail areas. ロンドン今ね、新しいエリアは、4時ぐらいの数が増えて、画面内の情報量がね、 4時ぐらいじゃないだいぶ増える予定です。夕方の今回はどのエリアも、遠い異国を旅するような気分が味わえると思いますので、その経過をぜひ楽しみにしていただければと思います。In the new areas in the new expansion, we will be able to place more objects on the screen, so you will be able to see a more dense depiction of the areas. And I want to emphasize that with this expansion, you'll be traveling to different lands that you've never been to. And so I hope that everybody will enjoy some of the scenery that you will see in these new places. はい、以上で私の開発パネルを終了させていただきます。ありがとうございました。Okay, that wraps up my section for the development panel. Thank you so much. かわいい。ありがとうございました。はい、2人とも本当に長時間、そしてね皆さんも長時間、いろんなデータご覧いただいて本当にありがとうございました。めっちゃ楽しかった。本当に。 First of all, I'd like to say thank you for the two members of our development team for going over such a long time and showing us examples of data, and of course, thank you to our audience as well for tuning in and staying with us. じゃあ最後に一人ずつ、皆さんにご挨拶をして終わろうかと思います。じゃあ岡久君からお願いします。So to bring the panel to a close, I'd like you to have some closing comments. So we'll start with Okahisa-kun. はい、本日はありがとうございました。非常に楽しくお話できましたが、皆さんいかがだったでしょうか。So yeah, thank you so much again for this opportunity. I had a lot of fun talking about the stuff that I do. What did everybody think? かわいいな。ありがとうございます。Thank you. すごい、もうすごいの一言よ、もうすごすぎた。7.0 に向けてグラフィックスアップデートはより細かな調整や可能な限りギリギリまで各アセットのコンバートを行ってクオリティを上げていきたいと思っております。ボンミスとかもあるしね。For 7.0 and the graphical updates that we'll be applying, we will continue to refine the finer details, and we will continue to work to as long as we can up to the last minute to convert many of these assets. And so I hope that everybody will enjoy what's to come. はい、本日はありがとうございました。Thank you. はい、では塩田さんお願いします。Okay, Shida-san, your turn. はい、今日はお話を聞いてくださいましてどうもありがとうございました。Thank you again for listening to what I had to say. 買わなきゃだね。今回のファンフェスで新しいエリアのスクリーンショットもいくつかご覧いただいたと思います。So with this development panel, we did see some screenshots of the new areas in the expansion. それを見てですね、おやおや、もうだいぶできているのではとね、思われた方もいるかもしれません。You may have seen those images and think, oh, they're pretty far along in the development. しかし、先ほども申し上げた通り、やらなくてはいけないことは山積みなんですね。But there still is a lot to do. ただ皆様にできるだけね楽しんでいただけるように、これからも完成を目指して作り続けたいと思っています。すごい But な。 of course, we 本当 would love for the に。 players to enjoy the content that we bring forward. So 今 we 日2 will 時まで continue や to るら work しい very よ。hard. ですの ELL。で、ファイナルファンタ ELL ジじゃない、ーファンフェ14ス。黄金のレガシー、どうぞご期待ください。 2 And 時 so までやるらしい。 I ask that you support us in the leading up to Final Fantasy 14 Dawn Trail's release. 今日は本当にありがとうございました。 Thank you very much for today. すごかった、本当に。またいろんな形でね、フィリピンのね開発チームのデブパネルいろんな機会にまたお伝えしていければと思います。そうすごかった改めて2人頑張ってくれたので大きな拍手をお願いします。 So once again, moving forward, we will have various formats of dev panels to share further updates. But I'd like to say once again, thank you so much for our members for today's panel. ありがとうございました。 Thank you ス so テージあるの much. かな、見たい。やばいね。よし P さんのお部屋なんだっけ、あれも見たいんだけど本当は。けどちょっと2時過ぎはちょっときついので。
かお風呂入ったりもしたいので見ようとは思うんだけど、お風呂も入りたいので、とりあえずお風呂入りながら見たりしようかなと思って、もう2時にバタンキューできるようにしようかなと思ってます。明日かコスプレは。どうしよう、明日のミラー配信。マジで明日また悩みましょう。With 8 of our very talented content creators. We will start in just a couple minutes after 3 o'clock, so go stretch your legs and be back for the show. We'll see you then. すごいよな、これもトゥルトゥル。ゴールデンヒロシってコメントあるのめっちゃおもろい。ゴールデンヒロシ。はい、ということでちょっと今日はこの辺で終わろうといます。ちょっと2時まではちょっとね、いろいろしながら見たいので、見ながらちょっとなんかいろいろ作業もちょっとだけ残ってるので、それやって、明日もお昼から12時集合で12時半からのコラボ配信見柱を明日やるので、よかったらコラボでやるからコメントね、読めないと思うじゃないですか。読みます。はいよかったら応援しに来ていただけると嬉しいです。明日はココさんとグミさんと私の実のお姉ちゃんパンナちゃんと見柱途中からまたやっていくので、応援しに来てください。で、その後夕方ぐらいに多分タレイヤしようかなと思ってて、そうね、だから PLL まだ迷ってます。どうなるか当日決めようかなと思ってるので、もしするってなったら、よかったらそちらも一緒に盛り上がっていただけると嬉しいです。本当にありがとう、楽しかったです。本当にみんなと見れてすごい良かったです。ありがとうございます。本当によかったです。読みます。みんなからのコメントちゃんと読むから。戦闘中で返せないとかあるかもしれないけど、できるだけ読もうと思うし、見てればいる、絶対に。だからよかったら応援しに来てくださいね。ありがとう。じゃあ皆様のお名前を呼ばせていただき、今日は終わろうと思います。皆さんたくさん集まってくれてありがとうございました。トラネコさんありがとうね。お洋服マリオ、今度また一緒に写真撮りましょう。おソロマリオで。はい。パポさん、マーくんさん、トラネコさん、ブルマロさん、リッケさん、ホーリーさん、スモモさん、ふんわりさん、くにやきさん、ミミさん、シュギャ無常さん、スザクさん、チャルルさん、樋口さん、メロディーさん、コウさん、ルーさん、サゾさん、モナさん、サクヤさん、タイガさん、ヒロミさん、ヒロミさんもありがとうね、ゴールドソース、明日行くね。いちごさんもありがとうございました。みんな呼ばれた？呼ばれてなかったらまた教えてください。はい、ありがとうございました。楽しかった。やっぱ14大好きだなって改めて思いました。私もなんかね、何かしら携われたらいいなと思いながら、夢見て、これからも冒険をしようと思います。ありがとうございました。池畑さんもありがとうね。お疲れ様。みんなありがとうございました。また明日お会いしましょう。はい、じゃあね。みんな風邪ひかないように、夜遅くまで多分みんなも見ると思うんですけど、風邪ひかないようにお気をつけください。あったかい格好で見てください。夜は本当に冷え込むので。はい、ではでは。また明日ね。ほいじゃあね。ありがとう。カメラちゃん。ありがとう。ねえ。関わりたいよね。ありがとう、ホーリーさん。頑張るね。ありがとう。ではでは、おやすみなさい。ありがとうございました。